はい、皆さん、こんばんは。司会が変わりまして、おばが担当させていただきます。よろしくお願いします。では、次のゲームですね。次のゲームは、ファイナルファンタジー7リメイクインターグレード、ハードの、2%となっております。こちら、解説の方は、私が、司会と一緒にやらせていただきます。それではですね、このファイナルファンタジー7リメイクインターグレードってどういうゲームなのっていう感じなんですけども、もともとは、プレイステーションの、ファイナルファンタジー7というゲームがあるんですけども、それの、リメイクとして、発売された、ファイナルファンタジー7リメイクというゲームがあるんですけれども、それが、プレステ5用に、調整されたのが、このインターグレードについて、ファイナルファンタジー7リメイクインターグレードという、タイトルになっております。追加された要素として、ユフィ、仲間の一人であるユフィが主人公のユフィ編、インターミッションというのが追加されているんですが、今回走る、やつでは、ユフィ編はございません。ユフィ編はですね、この来年ですね、AGDQ で、ユフィ編走られるそうなので、そちらを見ていただければなと思っております。そうですね、EST、だいたい5時間15分となっておりますので、奏者さん的にはですね、自己ベは4時間46分。ただ、今回、ビットが設定されていまして、ビットの、説明していきますと、ランゲージ、言語ですね。言語が、日本語、英語、フランス語となっていますが、今、フランス語が勝ってる。フランス語が優勢ですね。英語か日本語だとすごく説明しやすくてよかったんですけども。で、あと他のがですね、グリッチレスチャプター15というのがあるんですけども、このゲーム、ハードだとグリッチをする場所が1箇所しかないんですけれども、そのグリッチが、なしで、そのまま、進むことになるっていうビットなんですけど、これ達成してますね。僕はこれ、説明してみんなに見せたかったんですけど、これは仕方ない。他のところで見ることになるかもしれないですね。結構面白いバグなんですけれども。で、さらに3つ目、ソフトロックザゲーム。多分これはクリア後にフリーズさせて終わりみたいな感じで、ソフトロックかけて終わりっていう流れになるのかなという感じです。これも達成してますね。で、さらに最後が、take the stair って書いてあるんですけど、階段登るって書いていて、セブンやってた人ならわかるかな。シンラビルを、攻略するときにエレベーターか非常階段か選べるんですけど、非常階段を選んで、非常階段を走るっていう。原作 FF7 だと、アイテムとか落ちてて結構お得なんですけれども、リメイクに関してはただ時間がかかるだけのやつですね。なので、それも相まって、自己ベよりかはちょっと10分ぐらいは長くなるかなという感じですね。そうですね。あとはカテゴリーの説明をしようかな。ハード2%なので、ハードっていうのは、クリア後に追加される、難易度で、そのデータで、また1から始めるときにハードを選ぶと、難易度が変わります。クリア後、解放されるので、実質、ニューゲームプラスとなりますね。そうね、ニューゲームプラスということは、最強装備で挑むんですが、それほどぶっ壊れるわけでもない。ハード自体がクリア後想定されているので、かなり難易度が高めの難易度となっておりまして、
まあ、レベルカンストに近い、まあ、40、50ぐらいを想定された敵の強さになっている感じですね。で、まあ、さらに、まあ、ハードモードっていうの、ノーマルと違っていろいろと仕様変更があるんですけども、まず、まあ、敵の強さが変わるというのもそうですけど、敵の挙動も変わったり、あとは、アイテムが使えなくなりますね。アイテムが、全編通して使用禁止になります。なので、困った時にフェニックスのとかエリクサーとか使うことはできない。さらに、仕様がもう一つ変更がありまして、このゲーム、ベンチや宿屋などで休むと HP と MP 全回復するんですけれども、ハードになると、HP だけ回復するようになります。ということはどうなるかというと、MP が回復しません。MP が回復しないということはあまり使いすぎると MP がなくなってしまう。といっても、まあ、チャプターが変わるごとに HP、MP が全回復してくるので、MP 回復手段がほぼほぼなくなってしまうという感じですね。まあ、回復手段自体はいくつかあります。まあ、ちょっとカツカツの戦いになるかなと思ってたんですが、奏者さんを走り見てたら結構余裕があるので、そんなにまあ MP の、カツカツ感はないかなと思います。ただ、実際にはハードをハードやろうってなると、大体まあ、ここの MP 不足に悩まされる感じですね。これをまあ、どうやりくりして、まあ、倒すかっていう感じになります。ちなみに僕は、ハードまで全部クリアしてて、トロフィーも全部取ってるので、なかなか歯応えがあって楽しかったです。まあ、きつくなってくるのは、だいたいまあ、中盤以降かな。で、まあ、終盤になって、もう、かなり忙しくなってくるかなという感じですね。序盤はまあ、序盤はまあ、最悪ご利用しでもなんとかなるかなぐらいの難易度ですけど、でもご利用しでやろうとすると、もう最初のボスで全滅しましたね、僕は。はい、画面が出てきましたね。タイマースタートは、チャプターセレクトをしたときに、チャプターセレクトで、1章か、チャプター1、1章を、選んだ瞬間ですね。Right now, we are hosting for. Wow, excuse me. We are raising money まあ、 for 説明した通り、まあ、グリッチレスになってしまったので、グリッチは、唯一使うグリッチは使われなくなってしまいましたね。なので、基本的に悪いことはしません。Awareness and advocacy. Now, what does that mean? Education and support.Via their 48 state offices and more than 650 affiliates, ちなみに、このゲーム何が強いかって、あれを説明しないといけないのか。まあ、どういうことをしていくのかというと、まあ、いくつか、まあ、強いアイテムがありまして、でもこれは道中で話せばいいかな。まあ、何が強いかっていうと、まあ、魔力を上げて魔法で殴るのが、まあ、大体強いです。物理攻撃力よりも魔法攻撃力の方が上げやすい、設定になっているので、基本的には魔法を使っていくことが多いですね。Intergrade for PS5. あと、まあ、マテリアや、キャラのレベルなどは、まあ、ほぼほぼカンストマックスになって、ほぼというか、まあ、マックス、カンストをしていると思います。
これでシステム、チャプターセレクト、セレク1で、このハードを選んだところからスタートですね。It's really fun to have access to everything, kind of how we can break the game. Yuffie's on deck next time, once I get done with this run. Maybe a little bit of next. So if you guys want to see more remake content, I'm probably going to be sticking with this game for quite a long time. This and the next parts whenever they come out. You guys want to introduce yourself? 説明できるか。 Yeah, ちょっと I'm 緊張してきま Steam した。 Cheese. I run this game as well, primarily on New Game Easy. Yeah, I'm the Nakayemi. I also run this game. I got into speedrunning with this game at the start of lockdown, and I primarily run New Game Plus Easy. ちなみにこのゲーム難易度はノーマルクラシックというのは、クラシックっていうのはコマンド式で戦えるモードですね。I guess we'll start the countdown on hard. I actually have to load this from a save in the chapter. まあ、ノーマルだとまあ、楽しい。あ、始まりますね。楽しいじゃない。はい、グッドラックです。それでは、チャプター1の一番マコール爆破作戦ですね。ムービーはですね、スタートでムービーをカットするっていうのを高速で選んでいます。すごいなんか一瞬でピュンってなっていますが、まあ、スタートした丸って入力してるだけです。高速で。では、戦闘、回避できるものは全部回避します。回避できないやつは戦って倒します。基本的に、戦闘中は、クラウドが前転しています。クラウドの装備ですが、ミスリルセイバー、チェインバングル、怒りの指輪となっています。ミスリルセイバーという武器は、魔力が一番高い、武器で、魔法回復力も高く、魔法特化という武器になっていますね。でチェインバングルというのは防御力の高い、マテリア穴が4つある、武器です。この防具は、すべてのデータで、1個限定で手に入る貴重なアイテムです。これを今、クラウドに装備しています。で、怒りの指輪という、アクセサリーを装備しているんですが、怒りの指輪は、効果は、常時バーサク状態になる。まあ、このゲームのバーサク状態というのは、与えるダメージが 1.3 倍になる代わりに受けるダメージが 1.3 倍になるという、状態上になっていて、これ物理攻撃力が 1.3 倍になるというわけではなくて、与えるダメージ、魔法も含む与えるダメージが 1.3 倍になるという感じになっています。で、今、クラウドは何しているのかというと、戦闘は、ラピッドチェインというこの3回攻撃する、技か、範囲化魔法、範囲化プラス、魔法のマテリアを使った範囲化魔法で今殲滅しています。範囲化プラス0機なので、ブリザード、ブリザラーなどでやっている感じですね。魔力が高いので、だいたい一撃で倒せます。で、あとクイックって、まあ、クイックコマンドか。クイックコマンドって、L1 を押しながら、三角、丸、×、四角と入れると、コマンドを入力せずに技が出せるっていうのがあって、それを使って、技を出していますね。バレットが加わりました。バレット、最初の装備は、バレット、遠距離キャラなんですけども、今、近接武器のアトミックシザーという武器を持っています。アトミックシザー、フォースブレス、神々の黄昏という、まあ、組み合わせで今装備していますね。神々の黄昏というのは、ハードの、当時上コンプの、報酬、まあ実質報酬かな。で、開幕常時、開幕、リミットゲージがマックスになっていて、戦闘中も徐々に、リミットゲージが溜まっていくという、まあこのゲームだと、まあ壊れって言われるアクセサリーですね。これを使っていきます。なので、開幕リミット技を打ったりとかできます。このゲームのリミットは、魔力が強いとはいえ、リミットもめちゃくちゃ強いです。And in that case, it's a good 7 to 10 second save there to get that door to open sooner. The sweeper, as long as you get right on top of it, it's about 10 seconds. で、リミットは2つ選べるんですけども、バレットのリミットはカタストロフィーを選択しています。まあ5時間かかるんですが、基本的には移動時間ですね。移動時間が主となっています。
the weird way that the soft lock didn't lock up. Normally it's super easy to do. You 先 actually have 生 to go out of your way to make sure you バ don't レ do ッ it. トは、Because the 主 thing に is, 使っ if you てい don't るマ move テ in リア that ル、現在使 elevator, っている it'll マ clip テリア below は、 Cloud. You can 属性 activate プラ the ス button to 攻 make 撃、 it イ go カ back ズチ、 up. イ Cloud カ stays ズチ clipped プ to ラ the ス魔 invisible 法 floor 追 below 撃、 him, and the elevator goes 先 up and down 制 as 攻 the 撃、 weight 技、 brings back 達 down. 人というのを入れ What て you い saw ます。 Sid do there was まあ、he was 聞 deliberately いて dash くるのは、 attacking イカ towards ズ the チプラ enemies ス魔 even 法 though 追 the 撃。これは、 movement アビリティの後 tech に、 allowed 魔 you 法 to だっ move たか、魔法 forward の後 quicker に、when you're approaching battles. Yeah, you'll hear us speak 連 about 動させている魔法を movement 打って tech く a れ lot in る。 this これ game がま because あ、ま there's a た lot 聞い of てき walking ますね。 sections. But here's Guard Scorpion. 先制 So 攻撃は、開 this will be a 幕 very、impressive one. ATB ゲージが溜まっている状態で戦える。はい、ボス戦始まりました。ガードアーマー戦ですね。開幕3ダラを打って、HP を削ります。第2形態になりました。このゲーム、形態変化に、形態を移行するたびに、HP がまあ、減ってくると形態を移行していきます。で、リミットを開幕ぶっ破すればいいじゃんってなるんですけど、このゲーム、形態移行するとき、すべてのダメージがゼロになります。なので、リミット技が、大してダメージ与えられないまま不発に終わってしまうことがあるんですね。なので、打つ場所は、決めないと無駄に終わってしまいます。で、ここでテールレーザーを打っていくんですが、打たれる前にサンダラで、形態移行させて、不発に終わらせます。最終形態です。最終形態になりますが、やることは同じ。サンダラで倒します。はい、終わり。終わったら装備を変えます。神々の黄昏と怒りの指輪、バレットは神々の黄昏と怒りの指輪を交換。先制攻撃と ATB バーストを交換。属性と魔法、MP 級使用ティファと交換。クラウダービジョンと ATB ブーストティファと交換。イカズチと炎をエアリスのマテリアで交換。クイックサンダルをファイラーに変更しました。で、制限時間を設定できるんですが、ノーマルだと30分、20分で選べるんですが、ハードは20分固定です。逃げるときも雑魚戦は基本的にラピッドチェインか範囲魔法で、倒していきます。あとは逃げるだけ。一番魔航路。ここはジェシーと一緒に逃げるところですね。現在は、バレットが、指揮しているアバランチという組織で、こういうふうに、魔航路、いわゆる発電所みたいなものといえばいいかな、を爆破させて、星の、この星のエネルギーを、無駄に吸い取ってる悪い施設だから壊すぜみたいな感じですね。そうですね、この辺は特に喋ることないかな。スイーパー戦は、スライディングしながら逃げていますね。これで一番上までスライディングしていきます。スライディングというか前転ですね。敵はこの辺は無視します。で、戦闘中ははしごなどは登れないので、はしごを登る手前まで来たら、敵を全滅させますね。基本的に魔法で、一撃。このボタンを押すには敵を全滅させないといけないので、
50, so you're only about 10 seconds behind. It's faster than yesterday. Yeah, well, yeah, for sure. さあ、次元イベントは終わりました。で、あとは、My run yesterday, Barrett refused to warp up. ここを超えれば、チャプター1が終了。チャプター2の8番街の出会いですね。1番魔航路、爆破に成功したんですが、なんか想定よりも爆破が大きいぞってなってるんですが、それは、爆弾の量を間違えたのではなく、実はシンラが、アバランチはこんな悪いことやってんぜっていうことで、派手に爆破させて、アバランチを悪だと思わせるように操作しています。そうですね。ゲイの細かい部分としては、装備している武器にマテリアが埋め込まれているのが、こうやって目視で見られます。I suppose we should speak about synergy as well, because since we use it a lot in this run, synergy in the PS4 version, absolute trash. Absolutely useless. Yes. まあ、8番街に出て、終電で、アジトに、終電の電車に乗って、まあ、アジトに戻ってくれって言われるので、頑張って終電に乗るところですね。ちなみにまあ装備は、改造というまあシステムがあって、改造でマテリアなすべての武器6個まで開けられるようになってます。なので、あまり、武器による差は、パラメーターとか、あとは改造ボーナスっていうのがあって、それで、いろいろアビリティがついてたりします。かなりね、ハードだと、この今、クラウドが背負っているミスリルセーバーはかなりお世話になりますね。本当に魔法が強い。ということで、2章はこの8番街を駆け抜けていきます。まあ、この章は特にボスなどはいないので、あまり、難しい、場面はないです。あまり、全くないですね。まあ、この辺りはもうひたすら、道を、走っていくだけ。これは全部一番マコール爆破した時に起こった被害なんですが、まあ、えらいことになってますね。街がもう大災害です。で、橋が崩れてしまって、クラウド君頭が痛くなって、セフィロスと出会います。なぜか。で、今、ここセフィロスをかけてるところですね。いやー、セフィロス君はもう、思い出の中でじっとしていてほしい人ですね。セフィロスはどういう人かというと、かつての英雄で、伝説のソルジャーファーストって呼ばれている、まあ、めちゃくちゃ強いソルジャーですね。セフィロスをかけて、路地裏に行きますね。We also have a Shinra Company iron-on patch from Wolf and Wings that is a $5 minimum donation. And a Final Fantasy VII neon poster provided by RPGLB's staff that is a $10 minimum donation. That poster is また、移動になります。この辺りから、神羅の兵士がうろつき始めますね。そうですね。まあ、クラウドが出てる作品、大体まあ、セフィロスがいますね。それぐらいもう、セフィロスはクラウドを追っかけることに執着しているような印象があります。The exploit showcase incentive has been met, but the game after that, Super Mario RPG, you can name the file. Right now, Waluigi is winning at $50, and Dataface is at $33. And there is a $500 incentive for watching the credits at Super Mario RPG. We are currently at $64.
リメイクは、FF7、原作とまた、同じかと思いきや、いろいろとずれている部分があって、ここでエアリストでやります。エアリストでやって、まあ、ただで花あげるよって言われて、あげたら、なんか謎の幽霊みたいなのが現れて、びっくりしてたら、神羅の兵士が追いかけてきて、また、会おうねって言われて、エアリスと別れます。で、まずここで、神羅の兵士と戦闘になるんですが、ここは敵を全滅させないと先に進めないので、敵を全滅させています。基本的には、攻撃と魔法で。この、何兵だったかな。まあ、こいつは、通常攻撃するというキャラで魔法で倒してますね。Yeah. Because Magic Up being just as busted as it is, you end up defaulting to Magic, especially with these single segments with Cloud. Magnify is limited to 3 targets, but it has a really strong and unique interaction with しばらく戦うと、逃げる場所が増えるので、そこから逃げます。そうですね、映像はかなり綺麗です。めちゃくちゃ。止まった。これは本家の方が止まってますね。本家というか、奏者さんの映像が止まっちゃってますね。画像が止まってるよ。大丈夫、大丈夫。見どころさんは今のところはないので、多少見えなくても大丈夫。ここは特に見どころはない。ただ道を走っていくだけなんです。どっかでクラウド君にストップがかかっている。Maybe let me see here. How do I want to do? Okay. Could you not kill me, please, though? That'd be great. Okay, we're just gonna have to get through this. Fire. クラウドがじっとしている。Alright, let me. Alright, let me. Well, this is gonna be fun. Okay. Accidental on purpose, accidental soft lock? そうですね。エアリスが、お花をくれるんですけども、原作だと、まあ、1ギルで買ったり買わなかったりするんですけども、今回は、まあ、ただであげるよっていうのは、ちょっと変更があるんですけど、そこで、なんか幽霊が、おい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 ってなんかちょっかいかけてくるみたいな感じですね。まあ、それは、後々いろいろと聞いてくるんですけども。ちょっと画面が止まった。フリーズしたかなゲーム自体がフリーズしたのかな。多分大丈夫だと思うんだけどな。まあ、ちょっとトラブルっぽいのでお待ちください。なんか話すことあったかな。このゲームですね、周回できるんですけども、実はまあ周回しても、全周回で、合計1個までしか手に入らないとか、個数限定の、マテリアや装備などがあるんですけれども、今、クラウドが装備している防具の、チェインバングルっていうのがあるんですけど、チェインバングルっていうのは、まあ、防御力も高くて、マテリアも防具の中では一番多い、4つ穴がある防具なんですけども、これも1個までしか手に入らなくて、どうしてもマテリアーナ4つ使いたいなっていう場合は、防御力が全くないけど、マテリアーナが4つあるフォースブレスっていう防具を使うことになっています。使うことになりますね。で、まあ、この走りでは、仲間になる、味方4人全員のうち、チェインバングルを持ってないキャラは、そのフォースブレスという防具をつけて、
大体マテリア穴は全員、武器の6個と、防具の4個の、穴を使って、いろいろとやりくりすることになりますね。で、アクセサリーはですね、リミット担当のキャラが、神々の黄昏、先ほど言った、開幕から、リミットゲージがマックスになっている、アクセサリーを装備して、それ以外のキャラはみんな怒りの指輪という、常時、バーサク状態になるアクセサリーをつけています。なので、防具や、アクセサリーはそれで固定されてて、武器は状況によって使い分けていくという感じですね。そうだな、止まってる間どうしようかな。セブンリメイク、リメイクとはあるんですけども、事前にですね、原作のファイナルファンタジー7とか、外伝扱いになってるのかなアドベント・チルドレン、この作品の後のアドベント・チルドレンとか、クライシスコア・ファイナルファンタジー7とか、ダージョブ・ケルベロス、あの辺をやっておくと、実はにやりと来るようなシーンがあったりします。ダージョブ・ケルベロスは、ユフィ編の方がかなりにやりと来るかな。リメイクに関しては、クライシスコアの後にやったら、おおってなるシーンがあったりとかするんですよね、本当に。インターグレードとオリジナル、RTA 的には違いはあるんですか？そうですね。多少なんか読み込みとかは違うかもしれないんですけれども、基本的にほとんど、プレイステ4版と変わりはないと思われます。もしかしたらこれから先いろいろ差が出てくるかもしれないですけど、特に今のところ差があるようには見えないですね。もし、あるようでしたら申し訳ないなっていう感じですけども。ほぼほぼ同じですね。そうですね。分作になってるとは言いますけど、ちゃんと面白い作品になってるので、このままの調子でやってくれればいいなとは思ってますね。RPG 的にはね、このゲーム、最初から、ミッドガル脱出までとなっているんですが、作品としては一つの RPG ぐらいの量にはなっていますね。それよりもこの脱出したとか次どこまでやるんだろうなっていうのはちょっと気になりますね。ミッドガル脱出までやって、次どこまでやるかわからないけど、だいたい3か4ぐらいでいけるよな、ぐらいには感じる。戻ってきた。どこだこれ。終電まで乗ってるな。8番街。これはチャプター2の最後ですね。特に際立った戦闘のところはないので、基本的には走って敵倒して終わりって感じですね。中ボスのブタイとゴンガっていうのもいるんですけども、ファイラー使って、バーストゲージ貯めて強切りして終わりみたいな感じ。はい、再開です。というわけで、終電に乗ったので、バレットと合流しました。
この花に、胸につけてる花はエアリスからもらった花ですね。ちなみにその花の花言葉は再会らしいです。また会える。Since I kind of had to stand there for a minute while I was trying to figure out what was up with the internet. Yeah, normally through that walking section, if you're close to, you're following Biggs through the train. で、バレットが、神羅の社員に絡まれるシーンですね。まあ、スキップされますけど。FF7 やってる、原作の FF7 やってる人は、もしかしたら知ってるかもしれない、神羅課長さん。実は、サブイベント的な、まあ、いろんなところに出てくる人ですね。さあ、戻ったら、チャプター3、セブンスヘブンです。バレットたちのアジト、ある、7番街の街に行きます。チャプター3も特に、やることはほとんどないですね。ただ走って、イベントをこなしていくだけのチャプターになります。そうですね。バレットはかなりいかつい外見でサングラスかけてて、ファンからは蝶野さんに激似なので蝶野って言われてたりしますね。ここはセーブロードで、ティファの位置を調整してるんだったかな。なんか調整してるんですよね。で、まあ、ティファに案内されて、FF7 のヒロインの一人、ティファですね。寝るところがないんで、寝る場所、家を案内するよって言われてるので、ついていきます。まあ、ティファも、装備を紹介すると、最初に、設定って仕込んである装備は、フェザーグラブ、フォースブレス、カムガイの黄昏。となっています。まあ、フェザーグラブは、操作してないときに、力を発揮できるような装備になってますね。技構成は聖剣好き、サンダラ、バックフリップ、オーバードライブで、リミット技はサマーソルト設定しています。まあ、この世界ではね、武器持ってても、なんか傭兵かなって思われるだけね。あんまり傭兵とか、まあ、モンスター退治してくれてる人かなっていう感じにしか思われてないですね。We gotta save those seconds after spending a couple of minutes reconnecting to the internet. So let's do this, Tifo. Let's get this fast. で、ここが、ティファの部屋だよって紹介してくれてるんですけど、クラウド君はもう自分が、もう宿泊する予定のところに目の前に行っちゃう。ちょっとシュールです。で、ここが、まあ、クラウドの家やで、ティファの家の隣。で、なんかお隣さんから声がするぞっていうなんか騒音トラブルがあるので、隣の家に行きます。隣の家に行くと、腕に入れ墨のある男が出てきて、ティファが慌ててやってきて、こういう人なんですよっていう感じで教えてくれますね。で、朝になったら、大家さんに声をかけられて、まあ、ティファと仲良くするんだよって言われます。If you get really greedy with this item store here and try and hop into めっちゃはしょった。 outside of the store, not only will she slow down and start walking instead of jogging, she'll go around the outside and try and come in through the wall, then she'll come back in through the door, and usually she'll go one step further and try and go up the stairs in the back for some reason. So I'm going to move a little bit ahead of her, but I'm going to stop at a particular point to keep her moving forward at full speed and wait till she starts get to the point where she would walk normally and then follow in behind her.
フィルター交換かな。フィルター交換の手伝いしてくれてるので、フィルター交換しに行きます。ここは、アイテム屋さんかな。まあ、給料をもらえないから、これの代金で勘弁してくれって言われる感じですね。But there's still some pretty talented runners that help teach me a lot. Aqua, Mishizuri, and even Mr. 次は大家さんのところに行って、フィルター交換しに行きますね。そうですね、水のろ過設備のフィルター交換かな。It's really nice to have that moment where you kind of look up to somebody in the community and you get to interact with them because you have a shared interest. It's probably one of the neatest things about speedrunning is that interaction. で、次が最後の武器屋さんですね。To jog, which will let us get far enough away to run. So, whoop, whoop. Now I can warp her into the store if I wait a little bit out here, wait for her to finish, and run on in. There we go. We get the slow one, but that's fine. で、武器屋さん行くと、このフィルター効かねえぞ、オラって言われるんですけど、クラウドが、なんか問題でもって。で、まあ、しぶしぶお金もらうっていう。That's a good indicator of like how far Cloud needs to be so he doesn't walk over the cutscene line. Because what I'm assuming whatever it is, it just gets activated when she finishes talking. So as long as you make sure to walk over. で、やること終わったんで、初心者の館で、行きますね。まあ、そこバレットじゃねえ、ビックスとウェッジがいて、ちょっとなんかモンスター退治してくんねって言われるんで、モンスター退治しに行きますね。Like this area right here, we have something called Fast Boulevard that Strife should be been kind enough to show me a really nice setup for. He doesn't get to do as many runs because he doesn't have as much time, but he's got some top tier strats. で、まあ、あれですね、ここに行って、モンスター退治します。まあ、モンスターは適当に魔法打ちながら、少しでも目的地に行くために、クラウドに攻撃してもらって、あとは移動はティファでスライディングし続けるという感じですね。クラウドが攻撃している間にティファがひたすら移動する。ティファがいる戦闘は大体こんな感じになります。The parry materia is, but that's what causes this. Normally, the characters will just dodge roll with the circle. で、モンスター退治終わったので、報告に行きますね。ちなみに移動スピードは、ティファのスライディングが一番速くて、その次にクラウドのローリングが2番目に速いですね。このゲーム戦闘シームレスなんですけども、最後にプレイヤーのいたところで戦闘が終わるので、それでできるだけ目的地に近いところにいようって感じです。で、報告したら街の評価上がるでって言われて、まあ、何でもやって、それで評判上げればいいんじゃないって言われて、まあ、ミッションを一つクリアすることになるんですけども、ここで、まあ、ここからイベントを、進める条件として、一つミッションをクリアする必要があるんですけども、横にいるチャドリー君の、クエストっていうのが、まあ、話しかけるだけで、周回していれば話しかけるだけでクリアできるクエストなので、そのミッションをクリア扱いにすると、メインストーリーが進みます。で、メインストーリーが進みます。なんか止まったぞ。大丈夫かな？はい。メインストーリーが進んだら、セブンスヘブンの、前に行くと、なんか騒ぎが起こっているので、止まっちゃうなぁ。大丈夫か。なんだって見に行ったら、なんか近所の、ジョニー君がなんか信頼の兵に連れてかれたぞっていうんで、
まあ、ジョニー、アバランチのこと知ってるので、なんか口が軽いから、助けに行かないとバレるぞって言われたので、助けに行きます。やべえ、もう、なんかジョニー、すぐ話しちゃいそうだな。ジョニーは口の軽い男で有名らしいですね。Yeah, that was. Internet's been strange today, so yeah. I'm telling you, it's Shinra. This is marathon luck if I've ever seen it. なんか、So yeah, coming up here is kind of the next kind of mini fight. お前の社員証使われてたぞって言われてて。社員証だっけな ?ID、お前の ID 使われてたぞって言われて。なんだ、ジェシーになんかやられたのかなって。お前のジェシーで、お前の ID で開くわけねえだろって言われてます。So clearly not as nice a guy as we all once thought, but he's convinced not to. まあ、なんかやばそうなので、助けに行くんですけど。で、まあ、新羅兵と戦闘、範囲ブリザラで一掃して終わりです。ジョニーを助けたら、次どこだっけな。セブンスヘブンに戻って、and how bad he got shafted by the devs, man. No matter what you do, it's really hard to make him a strong asset. Unfortunately, most of the time, he's either like a good group enemy clear for free, or まだ仕事残ってるけど仕事終わりって感じ。セブンスヘブンに戻ります。I really hate having to even say that because his character is so well done. I feel pretty strongly for ちょっと話しかけるだけのちょっと話しかけるだけの依頼やって仕事終わりにした男ですね。いろいろとまあモンスター退治とか本当はあったりするんですけど、でまあカクテルとかは別にカクテル何にするって言われて、まあどっちでも同じです。バレットが帰ってきてこれから会議するけどお前別にアバランチじゃないから待ってなって言われて暇を潰すんですけどもダーツをやって一回やって戻ると進みます。このダーツ面白いですよ。ダーツやってクリアするとクラウドがね小さくガッツポーズするの好きですね。で、クラウドを置いてけぼりで宴会始まっちゃって、お前はなんか、もう帰っていいぞって言われて、仕方ないので帰ります。で、帰ろうとすると、なんか家の前で怪しい男がなんかバレットお前バレットとか知らねえかって言われるので、知ってるからついていくよってことで、この怪しい男についていきますね。Unity limit or synchronized, whatever. Yeah, okay. That's what I forgot which one it was. なかなか早く歩けないんですけどね。I'd rather it be a materia. Because then some of these weapons like are way more powerful than others. That's probably what makes こうした方が確かになんかちょっと早いような気がする。なかなか追いつけなかったイメージがあるのに。Offer a lot more stats. So we're just going to slash these guys and Blizzard Magnify. We might get a one shot on everything. Nice. Oh yeah, nice. There we go. Okay, the game's being good, the internet's being bad. で、まあなんか知らん空き地に行って、じゃあ話してやるよってやるんですけど、まあ教えるわけないですよねっていう。どうもなんか信頼に目つけられてんぞっていう。まあもうやることやったんで、家に帰って帰りますね。するとジェシーがいてちょっと夜付き合ってくんねって言われるので、ジェシーに付き合います。これで、チャプター3が終了。チャプター4ですが、真夜中の失踪、バイクのミニゲームがあるんですが、このミニゲーム、
クリア後だとスキップできます。バイクゲームはやらないです。But the hoodlum fight, kind of have to take it in a really slow way. We want to like stun lock them so the ice will hit all of them. As we mentioned earlier, like ice and wind has a really interesting interaction. では、ジェシーの実家に向かうところですね。If the magnified targets are all killed at once, you stop getting duplications. So fire is actually pretty weak with magnify early on. 何をするのかっていうと、ジェシーがまた魔航路の爆破をするので、爆弾が足りないから、神羅の騎士から持ってくりゃいいんだっていうので、その作戦のための準備ですね。Right now, we're just going to abuse ice because a lot of the things will just get staggered. The reason Ice Magnify not only has that super good interaction because of Multiply, but it also has an additional interaction with a material called ATB Stagger. で、何をするのかというと、ジェシーの、父親は、神羅の社員だったので、その神羅の、社員のお父さんの ID を使って、神羅の基地に潜入する作戦ですね。で、どうやってその、ID を手に入れるかっていうのが、ジェシーと、ビックスとウェッジで、上がり込んで、一緒にパーティーをやって、お母さんの注意をそらしているうちに、間に、クラウドが家の中に入って、お父さんの ID を取って戻ってくるっていう作戦ですね。ランプがついたら、合図で、ランプがついたら家の裏に回って、ジェシーの家に入ります。Refocus requires a full limit bar to eat a full limit bar to get the stagger. So, yeah. ここは何やってもバレないので、やることやるだけですね。お父さんは、倒れ、働いてたんですけど、工場で、魔法中毒になってしまって寝たきりになっている感じですね。作業時のところに ID カードが入っているので、ID カードを抜き取ります。ここ調べると、ジェシーが何をやっていたのかというのが、ちょっと分かってしますね。もともと何をやってたか。Although he worked in a reactor, apparently that same ID will also let us break into a security, a military base. Yeah, the security is great, but their internet hacking. で、作戦、さらにこの近くにある、神羅の基地に潜入することになります。There's one more in the elevator in Chapter 9 that'll save us quite a bit of time. But yeah, the annex is both very safe and extremely hard. A couple of misinputs can lead to disasters, so I'll leave it to you guys. But for the most part, I'm just going to be abusing magnifies duplication to get multiple hits and staggers. You can only get one ATB stagger per like ice cube, so magnify makes it so that ということで、ジェシーが、基地に潜入する裏で、クラウドたちは兵士を引きつけててくれって言われるので、神羅の基地のど真ん中で、暴れることになりますね。What's up, gamers? G's in the chat if you love gaming. Big gaming. セーブロードしてるのは、おそらくセリフを飛ばしているんでしょう。セリフが言い切るよりもセーブロードした方が早いんですよね。セーブロード早いのいいですね。Here's to a good cause, some amazing people, and some absolutely fantastic speedruns. Thank you to all involved, and hats off to Nami for the great work they do. Do I have time for one more? Sure, sure. で、ここが、神羅の基地ですね。ただ、なんか神羅の基地、なぜか、人気がいません。人気がありません。なんか先に誰か入ってきてるぞって言ってますね。まあでも、仕事やらないといけないので、なんかいるけど、やってきます。やりに行きます。
do my best. So please know it's not to offend anybody or anything like that. It's just my brain like grabbing a random. 作戦はクラウドが一人で突っ込んで暴れて、その裏で、Let's spam some ice here and ビックスとウェッジ freeze が This 周りを掃除してくれるみたいですね。さあ、ここから戦闘。まず、少しゲージを稼ぎます。バーストゲージを稼ぎますね。で、バーストゲージが溜まったら、ビジョンという ATB ゲージを3本にするやつを使っていくんですが、使いましたね。使って、ATB ゲージを3本にします。あとはもう兵士がいったら、範囲かブリザラで、一層いろいろ出てきますが、だいたいそれで終わりです。で、ここの難所だと、もう出待ちしてますね。はい、出てくる場所も分かってるので、出待ちして、上からミサイルランチャー撃ってくるんですけども、ビックスとウェッジが、落としてくれるので、攻撃しなくても問題ないです。アイテム拾ってもアイテム使えないんでね。で、ちょっとめんどくさいかな。めんどくさい、ワンワン戦なんですけど、範囲かブリザラで大丈夫です。この中でちょっとめんどくさいのがスイーパーみたいなんですけども、直線で並んでるところにブリザラを当てた後に波攻撃を当てますかね。やんないか。波攻撃やんないで、ブリザラだけで倒しましたね。波攻撃とか使ってもいいんですけど。で、そしたら今度はバイクゲームの時に出てきたローチェっていう、ソルジャーサードが出てきて戦闘になるんですが、ファイラとディスオーダーでひたすら押し込むだけで終わります。foil to Cloud and kind of like showing how like insanely powerful he is. Like over the top. ファイラ。弱点は炎ですね。適当にファイラやって、殴るだけで終わりです。はい、終わり。こいつまた会おうぜみたいなこと言ってね、多分続編でも出てくるんだろうなって感じですね。この、謎のリーゼント兄ちゃんは、この作品は、ここまで、出番はここまでですね。ローチはこのゲームの新キャラですね。It's a really silly description, but I call it the Venn diagram of なんかバイクに乗って暴れる謎のソルジャーサードみたいなぐらいしか情報はないです。But rather it being sort of Jesse's movement here every time. It's just the shuffle. Flat hands on the fence. Just, sure, whatever. But yeah. If we can set things up right, we can get things to get multi-hit by ice. That's actually what I did with the sweeper. If I take a slash like that and roll to the side, there's a pretty good chance that sweeper will back up before he shoots me. こうやって思い返すと、このゲームでいきなり出てきたポットで乗りキャラっていうとこいつぐらいかな。If I'm unlucky and they don't back up, I can just use a blade burst as a backup. Blade burst hits really, really hard because Cloud's magic is super high. Normally it's a risky use move because it takes a little bit time to やることやったんで帰りますということで、下に帰ります。スラム街はこの、街の地下にあります。But the problem is you can get knocked out of Blade Burst pretty easily. So there's some places where you could use it そっか。あいつらもいいキャラか、一応。But there's a pretty decent chance you'll get hit by the silence. そうですね。なんか出てくる幽霊みたいなやつも一応いいキャラっちゃいいキャラかな。But it will come up a lot more later. It's a really good backup move in certain scenarios. It's really important to explain about the keep and the interrupt. There's a hidden stat for both your characters and the enemies. We call it keep and interrupt. Basically, it tells the game whether you're going to be interrupted or the enemy is going to be interrupted. で、こっからどうやって降りるんだって感じなんですけど、パラシュートを用意しているので、パラシュートで降りて帰宅ですね。Gained iframes in Intergrade, which is fantastic. It used to be really YOLO to throw out a limit. High risk, high reward. Now it's a safe move in a lot of situations.
ウェッジと一緒に降りてきたので、アバランチのメンバーの、お家を紹介してもらいながら家に帰って寝ます。バイクは置いてきた。バイクは置いてきた。この戦いにはついてこられそうにないからね。Planet's protection is just off the table. Removing physical damage is nice, but you're こ better こは off ジェ just シーの hitting 家 something really, だった really かな。 hard ジェ instead. シーだっけ But I'm actually going to use Goddardumrung here, and the どっ limit ちだっけな。 is going to be こっ somersault. ちがジェ This シー first か。 fight こ with っちが the ジェシ four ーだ。さっ whispers き here, の if は you ビッ kill クスの 3 家 or だ。 4 of them all at once, you can stop a second wave of 2 from spawning. And the problem isn't that the second wave spawns, it で、 just takes forever to spawn, and it takes forever to be targetable. Yeah, So there's just a few, waste. Go ahead. I was just saying, there's a few fights. 7番街でなんか回ってるとなんか猫屋敷みたいなのがあるんですけど、猫屋敷がウェッジの家です。The second wave won't load if you kill the first wave fast enough. So it's a nice little time save that we try to take advantage of. Yeah, there's one, you there's might one as well. coming up 猫 shortly. 好きに悪いやつはいない。 Mobs A through うん B, で、ジェシーの家に行って、 E and F, if you can get it right. Yep. So I'm gonna fling somersault in the B because 明日の夜、お家に行ってくんねって誘われるんですけど、まあ、どっち選んでも、変わらないです。And because of some of the quirks, it's just easier to throw it at B, and it'll usually hit A and C. やることやったので、帰宅。Clean up D. His fire like kills it about 98% of the time. You can hit a damage range, and there's not much you can do about it. For those of you who've played OG and you know the storyline and how we've been kind of running up till now, this is the specters. All I can describe here is で、朝まで寝まして、なんか起きたら幽霊に襲われたので、外に出てみると、エアリスと出会った時に出てきた幽霊がなんかうようよいて襲われます。この辺はブリザラと、ティファのサマーソルトで一掃していますね。で、この幽霊くん、謎の幽霊くんが当選簿してくるので、うまくかいくぐりながら、セブンスヘブンまで行きます。なんで暴れてんのかなっていうのは、ストーリーの話を忘れてたね。原作だと、この後、2000ギルで次の5番マコールを爆破する、依頼もクラウドを受けるんですけれども、なぜかリメイクの方だと、クラウド来なくていいぞってバレットに言われて、5番マコール参加しないことになっていたんですね。そしたら、なんか、幽霊出てきたって感じです。で、未知なる魔物、虚無なる魔物ですが、ブリザラで、未知なる魔物を倒すとバーストするので、バーストしたらティファのオーバードライブと、クラウドのファイラーで一気に、HP 削って戦闘終了。で、その際に、ジェシーが怪我をしてしまったので、ジェシーの代わりにクラウドもじゃあ5番マコール爆破作戦についてきてくれってバレットに頼まれるので行きます。まあ、さっきの幽霊はね、ファンからは原作中って言われてるのは、まあ、後々なんでそういう風に言われてるのかだんだん分かってくるんですけど、まあ、結果的にね、幽霊のせいで、また5番マコール行かない、クラウドはマコール行かないことになってたんですけど、無理やり行くことになってしまった。なんでっていうのは、まあ、この後のイベントでまあ大体わかりますね。5番マコールに行かないと起こらないことがあるってことですね。So this is the beginning of the kind of major chapter expansions for what was like 1 or 2 screens in OG. さあ、第5章、迷宮の犬。本来は5番マコールまでは、ID カードで、電車の中通っていけば行けるはずなんですけども、最初の、センサーはくぐることができたんですけども、なぜか、臨時でさらに別のスキャンが貼られていてバレます。Mithril, Knuckle, Tifa, and EKG Cannon Barrett. EKG is extremely strong.
because it has really high magic stat, so it's like one of the ways to boost damage. なぜかバレットはね、死んだ社長ですね。死んだ課長さんとなんか話してるんですね。It's not the same, so you end up losing out on a little bit. But if you can keep his MP at max, you can get that 20% boost I was talking about from having full MP. And since he's triggering synergy over and over again, he's not spending any ATB or MP. So Steel Pincers works out, and the reason the バレたので、電車が緊急措置で切り離されちゃうので、切り離される前に敵を撃破してます。まあ、出てくる敵そんなに強くないので殴ってるだけで倒せます、ね。The last hit is what you get most of the ATB off, so it's really hard to recover the ATB out of it. It recharges really, really quick. で、まあ、降りて、5番マコールまで行くことになります。戦闘は、抜けられるところは基本的に回避して進んでいきます、ね。An enemy that's not like stun locked by the run animation will get caught on it. But that physical damage will boost いつ見てもスタイルいいですね。本当。3D になっても全然めちゃくちゃ映えます。Also, cutscenes like this are pretty funny where you can hear him shooting, but he doesn't have his gun, so he's just guarding all the time. まあ、ずっとこうやってスライディングしてるんですけど。I split the difference. Some people go hard and で、向こうでバレットが戦っているので助けに行きます。I find that splitting the difference with feathered gloves is actually really strong because it keeps her physical damage up, which is her best stat, obviously. But it still gives her enough magic to, in some cases even, outpace Barrett's damage. But, ところどころ、犬の落書きが書いてあって、犬の向いている方向に行けば目的地に行けるよっていう目印がついてるんですね。戦闘始まったら、ティファでひたすらスライディング。敵全滅した瞬間には先に進んでいると。It's been eons since I've done this game. We all need to do a casual playthrough again to remember what we're missing out on. Oh, I'm probably gonna, if I do a new game. まあこの線路上はほぼほぼ逃げられる戦闘なので逃げてますね。Maybe all cutscenes or skipping some of the other things. So right here, I have to go out of my way to manage my camera angle so I don't get that. That was just I couldn't do anything. これどうだっけな、むしろ戦闘入ってスライディングした方が普通に走るより速いかもしれない。That's one piece of movement tech we didn't mention, the camera angles. There's a lot of points in the game that the game wants you to look at something. And if you move your camera to where the game is going to point you, Cloud won't. あれですね、この犬が向いてる方向が目的地。It's easy to do outside of combat, but in combat when you're parrying is a nightmare. Yeah, it's pretty difficult because you gotta do because you basically have to mash R1 in circle and try to move the thumbstick at the same time. Yeah, the right thumbstick. Which thumb are you doing it with? The right one that's mashing circle or the left one that's controlling your directions? Right. Yeah. グラシクライクという虫のモンスターがいて、こいつを倒さないと進めないので、弱点氷なので、ブリザラで撃破していきます。Yeah, spells can interact with the environment and do stupid stuff like that where it doesn't hit the target. This game's kind of weird. やることなくなったら、ティファは遠くで魔法を打つ。で、中ボス戦クイーンシュトライクという虫の女王みたいなので上から降ってくるので、ブリザラを打った後にティファでサマーソルトで終わり。I completely messed up that movement, so it threw me off. Do I want? Yeah, I'll grab this just in case. Still got through it. Shouldn't need it. Yeah, I mean a lot of these early このクモの巣のせいで敵を倒さないと進めないっていうギミックになってます、ね。The game can be pretty lenient if you set your route up that way, so you get away. で、このシンラって書かれている箱を壊すと、MP が回復できます。これ MP 回復できる手段の一つですね。
クイーンストライク倒したら、ティファの、バレットに神々の黄昏を移動して、ティファは ATB ブーストとクラウドのビジョンを交換。クラウドは、霊気を炎に変更した後、エアリスのイカズチと交換。範囲か、サンダーにします。で、クイックコマンドを、クラウド、ブリザード、ブリザラをサンダガに変更しています。Yeah. You can also have double MP up and stuff. リーダーを、ここでリーダーをティファにしていますね。I accidentally switched to Cloud. The upside to being with Tifa is, starting with Tifa is you get better movement. You don't have to like switch to her manually every time. The downside is it flip-flops your shortcuts and like who's on L2, who's on R2. So the best way to like mitigate that is to just write it down. これでもうそろそろ、チャプター5も終わりですね。Cloud does get a damage buff at full MP, but it's not. Even if I somehow saved his MP going into Sentinel, or not Sentinel, but Crab Warden, he's still gonna roast the legs with a Thundaga. The front ones are weak to magic. The back ones are weak to physical. So I'm gonna have him break the front legs while I take Tifa around the back. 弱点の説明してなかったな。FF7 リメイクはですね、だいたい敵の種別で弱点判別できるようになってます。基本的に、人間は炎弱点、魔物は氷弱点、機械は雷弱点、空を飛んでいる敵は風が弱点になっています、ね。Normally you'd want to hit the generator in the front to progress the phase, but I want to break both of the other legs to get the same effect. 例外はあります。ただ、ほとんどの敵は大体その弱点が通りますね。We all wish that Assess gave you a little bit more information, but okay. Well, I screwed myself. Nice. I screwed myself over there by killing the turret, which is surprising actually, because I didn't see the first one hit. 倒してもらうのを待ってます。倒しきれてないので、クラウドに切り替えてサンダーで倒しましたね。Well, that's not the 20% damage makes the magnified thunder up very strong, and if you hit hard enough, you end up in a確か本当だったらやってる間に倒してくれるんですけど、今回倒しきれてなかったみたいで。Some of the fights I do silly stuff like that. I'm trying to speed it up, but if the target Catastrophe is hitting is dead before it pops off, Catastrophe just holds Barret in the air and does absolutely nothing. Lesson number 1, don't kill the Catastrophe target before Catastrophe hits it, or else you're going to sit there and be like, oh, that's neat, Barret, I'm glad you can fly. さて、ここまでで、一番奥に行くとボス戦、ダストドーザー戦ですね。原作だと、ちょっと強い雑魚ぐらいだったかな。なんかボスに昇格した雑魚だったような気がします。ダストドーザー戦ですが、サンダガとサンダーで、ご利用ししながら、ティファで足を破壊しに行きます。バーストしたら聖剣好きを当てて、バーストの、聖剣好きの効果はバーストしたときに、バーストの倍率を 20%、倍率を上げることができるので、それでダメージをアップさせてますね。で、形態変化して、第3形態、これ第2形態だね。仲間を呼びます。仲間を呼んだら、やることまだ変わらないかな。サンダラで、攻撃しつつ足を破壊しますね。足破壊してバーストしたらまたさっきと同じように聖剣好きで倍率を上げて、サンダラでダメージを上げて第3形態に移行させます。第3形態になったら、バレットで、カタストロフィーを開幕打って、あとは、サンダーとサンダガで、ご利用しつつ、殴る終わりです。A lot of bosses in this game have kind of weak spots that we intentionally want to target. The damage multiplier on those. 本当はね、このボスはレールサンダーってレールの上を電気流したりする技があるんですけど、やる前に倒せますね。That's just how you can burn through phases incredibly quickly. So we repeat that strat across several bosses. Yeah, I believe it's 1.5 to 2 times normal damage on a weak spot, especially if it's already weak to an element. So まだこの辺はね、敵
当に魔法を打ってリミット技を打つだけで終わるので楽ですね。So the damage is just pretty much incredible. Yeah. The Thunder Magnify. Yep. I think you got it. Yeah, you got it. ボス戦がきつくなるのはチャプター9からかな。Oh no, you didn't get it. That's disappointing. さあ、第6章セラムの太陽。5番魔航路の道中を、進んでいくだけの、チャプターになりますが、基本的に、目的地に行くだけなので、特に話すことはないですね。敵を倒して、目的地に行くだけ。In the slowest way possible too, so it punishes you pretty severely. Yep. So like a lot of the time, you'll see me either like rubbing my face on a ladder trying to get up it. ここは何かというと、でっかい電気みたいなのがついてるんですけど、この電気っていうのがスラム街の太陽の代わりになっている。スラム太陽って言われていて、この、ライトが、電力めっちゃ使うらしくって、この電気がついてる間はエレベーターが動かないというなんかよくわからない構造になっています。The game has a lot of helicopter camera angle when you're trying to climb that ladder, and the fountain is. どういうことなの？There's a lot of stupid camera angles. This is gonna be another one of those annoying camera angles, actually. しょうがないのでね、太陽代わりになっている電気を消して、エレベーターを動かす電力供給をしているところですね。No. Look, I know you're playing the game, but I know better than you, so please look at this. Yeah, it's almost like with this type of movement, you need like an extra finger on your hands. この扉をね、電気1個落とさないと動かないですね。で、まあこの辺りモンスターがもういるっていう、モンスターの巣になっているっていうね。多分人来てないですね、ここあんまり。Yeah, so chapter 6 is just time loss central. There's really not a lot of optimizations here. It's just whether the game decides to take you out of この flee early 下は or 5番 not. 街だったかな。So the first hour is pretty consistent unless your stream dies, and then you get a bunch of weird RNG, and it's usually about an hour here, but I have no idea what we're on right now. Fortunately or unfortunately, I can just blame the stairs later for everything and not care about it. ここからまあ5番魔航路に直接行くのがまあこの章の目的ですね。Oh, really? I don't believe that. そこはスルーできるのがスルー。It's a time attack. Don't worry about it. It's been pretty solid run so far, so I don't think it's too far off the mark. I'm pretty surprised actually. That's got me stoked. So hopefully we can burn through the rest of this. ここのなんかめっちゃ風吹いてるところを歩くのすごい怖いんですけど、実際バレットはねめちゃくちゃ怖がってますね。多分この作品のバレット高所恐怖症の節がありますね。So the early game is pretty consistent. Once you get to a こういうところを渡ってるときと結構バレットがね怖くないって言ってたりとかします。But it's very hard to like break an hour. 飛行機だけは勘弁。また別の人です。確かにあの人もガタイいい人だ。The furthest I think I've ever seen the first hour is I've gotten to the cutscene for the elevator on the other side, or lift. I mean, it's an elevator though. Like, wait, does the elevator have to go up and down, or is it side to side? Whatever. The moving platform that takes us over to the end of the chapter. Gantry? No, moving gantry? Walkway? I'm over here having like a personal crisis trying to figure out what to call a moving platform. Verbally, so I'm just like, you know, horizontal maybe elevator.
There we go, Okay. horizontal elevator. It sounds perfect, 10 out of 10. So it's gonna look like I'm not skipping here immediately, but actually a lot of these, like, ちなみに、 right こ here こ when you hit the grade, that's 警備 the ロボットとかも time 配 you 置 can し do てあ it. るんですけど、 The 電 reason 力 you 供 don't 給 see され me てないの opening, で you 動いて don't ない see で the す skip ね。 menu and you just see the skip. You can actually 側 buffer 警 the 備です。 down input, tap the menu to open it, hold down, で、 and it'll この buffer エレ down ベー as タ soon ー as を、 possible. 動 Then you か just す hit と、 X after, so 5番マコロに行けるんですが、電力が供給されてないので、周りのこの電気を、3つ落とさないと、確か動かないって言われたので、3つほど落としに行きます。Square in their infinite wisdom, and this is how we also know that the game had kind of different coders. The positive and negative answers for just moving on with your game are not always in the same place, so you do need to be careful of that at times. Speaking of they things, actually intended that, to be honest with you. I think they intended just to that. mess with you. Yeah, for sure. yeah, speaking of things being moved around, the で、 controls for 電 these 気を落とす crane と、 or the platform 電 movement 力供給 and さ the れ controls for て the な hand くて cranes in 動いてな chapter かっ 9 are た actually 警備ロボッ inversed ト to が the way 動き出し intended. ますと。I only noticed it because like my autism would literally just activate and I'd be holding it the wrong direction. And then I'm like, why am I not getting the right movement? So I actually started switching to a style where I would just flick both control sticks the way I wanted it to move. So I これ just で double 2つ目 dip です on ね。 both of them so I don't miss. But it's like, wait. What's going on here? I'm not happy about this. I'm very confused. And I never even noticed that until you said anything, so now I'm gonna notice it forever. A lot of the, My OCD is now そう got で an す issue ね。 with 開 that. 始 So 1 thank 時 you. 間ぐらいは、だいたいまあ移 you know, 動 there's a lot of things you can blame other runs for. Durand or Doug pointed out く to me なっ in てくる chapter のは、もう 8, ちょっ you と can 後 get ですね。 snatched up by the Gorgers in one of the segments, and I'm like, what are you talking about? That hasn't happened to me. The literal next run, I got feasted by the Gorgers, and I'm like, I hate you so much. Why did you have to curse me? It's pretty much an accepted rule that Ah, that if ここは倒さないと somebody いけない mentions から something 倒してま before す you're ね。 doing a run, you've never experienced it before. Next run, you're definitely gonna experience it. Yeah, and the run after that, and the run after that. So now I just な throw a かな triple か slash. ここの Oh, did you know you can soft 電 copy this? 力 I've 関 never 係 had の that 構 happen 造 before. ちょっと欠 Or 陥 you だと could 思うんで just すけ like ど、 run around a control for like 20 minutes. もうちょっとなんとかならなかったんですかね。 Yeah, I don't know why the interactions are so tiny. Oh, did we, Swoogie? Oh, baby. We're gonna do a little bit of a movement tech here, and then we're gonna give a little bit of coolness factor. Hopefully that won't mess me over. Yeah. As So a what we're little doing, so what we're doing in that fight is we're skipping the Terpsichore's loading in, so we can flee from them later. So if you kill the turns fast enough, the Terpsichore's won't load in. ああ、そっか。 So 仮 what we're 想 gonna の do is 設 be 計 able だ to か flee away ら、 from this fight. あれか、シンラがまあいちいちそんなに気にしてられっかって適当に作った可能性ありますね。 They will spawn in, so that's where parry is great for moving across battle areas as quick as possible. Yep. So we get to flee away from here. So we get a lot 現 of に optimized movement. 特別 Next なん couple of か segments are シ pretty ンラの slow, 社 and 員 I が see it in chat that we hit 常にいるわけ 850K. で You もない guys みたい are ですし。 fantastic. All right. You know. Good job. で、 I 3 was つ、 dying to 電 be 気を part 落 of と this したので、 part こ of れ quest で、 for 目 Glory 的 and の our エレベーターを Intergrade. 動かせるようになりますね。 The long-term goal was to be, you know, running in one of these marathons, but I didn't have a game until Remake. And it's so humbling to not only be able to run, but also be able to offer donation incentives. 多分、下の人たちなんか急に夜になったからびっくりしてると Even 思 if い it's ますけ not ど。 solely on my work or my run, I am so grateful that you guys 多分、この help out so 後、 much for なんで Nami. 切れてんだって It メン means テ a しに lot 行った to 人たち so が many モン of スター us. に襲われて大変そうです It's ね。 almost enough to bring me to tears. I'm a little misty over here, being a little bit of a crybaby. 10K is not that far away, so we definitely go for that. Oh boy, yeah. I thought the stairs versus elevator was going to be like a didn't matter, so I just made it an incentive. Maybe こ I れ should have で、 made you guys bid for it and まあ、チャ determine プ the ター fate of 6 my は run 大体終 rather わり than で just す。 determine whether it's a stairs world record or a elevator 絶 world 対だっ record. てエ You ンジニア know? とか連れてっ But たらモンスターに押され we'll ますよ、 take こ the れ。 stairs like a champion and make this the fastest stair run that exists on hard. Come on, man. Everybody likes stairs. Oh, I don't like cardio, man. I'll stick to my I'm trying to treadmill. think- I'm trying to think how many runs I've commentated that have actually not そうなん taken ですよね。 stairs, シ 'cause ン I ラ、 think I've commentated now 8 or 割と 9, 社員さんは Remake 苦労 runs. しかしてない And で I す。 think we've only taken the elevator この once, チャ which プ was タ the ー中 run でも yesterday for you, so ムービーで、ムービーは見えてないですけども、しょっちゅう敵側のハイレッカーって軍事担当の人が兵士になんか命令出してるんですけど、めちゃくちゃパワハラを受けてて、かわいそうだな。
悪い話をすると殴られるので、すごい兵隊さんがビクビクしながら喋ってるのすごいかわいそう。So that hitting that hour mark pretty consistently on the vents is hard to not do, to be honest, unless you like fire off a lot of the wrong spells. まあ、ということで、この作戦、極秘に行われているはずなんですけども、実は、神羅には、バレバレ抜けになっていて、わざと5番街に生かされている感じですね。ついでにあれ、ハイデッカーさんは、ハイデッカーの軍事力を評価してもらうためにわざと兵器の性能を見せつけようとしている感じです。はい、5番マコールにつきましたので、チャプター7、5番マコールの罠。There's a lot of places where I'm like, I'll burn all my NP right here to end this. 実際やったら絶対落ちるけどね。ここに配置されているのがこのショーのボスのエアバスター。まだ、製造というかメンテナンス中なので動きません。こんなの動いたらひとたまりもねえぞってバレットが言ってるとこですね。Anonymous donates $25. Big gaming, let's go. 今のうちに壊しておけば、それはそう。Big gaming. A. Smith says, I love this game and watching it get burned through so quick is awesome. Good luck on the rest of the run. Thank you so much for that. Pie Tin Cat donates $25 and says, thanks to the runners and the readers. Big gaming. Wow. Seems like people want to... Big ups, big gaming. Uh-oh. I don't like that. Do I have time for one more? Sure. It's fine. Keep going. Right. DFL4 Life says, kick some Shinra butt. Thanks so much for that $20 donation. このスイーパー戦がちょっとめんどくさいですが、サンダーで雷属性で撃退していますね。So I really appreciate the interaction. スイーパーがね、ちょっと強いんですよね、ここ。RPG community is fantastic. ちょっとでかいロボが。で、順調に、最深部に来て、ここに爆弾を設置することが成功して、ここなんだっけ？セフィロスでできたんだっけ？忘れた。爆弾を設置して、じゃあ帰ろっかって帰るところで、帰ろうとしたら、はしご、さっきまで降りてきたはしごが上がっちゃって、実は神羅の罠でしたっていうことで、逃げます。Normally, this fight could go a little bit quicker if I abuse self-destruct here or fire magnify. You may have seen some of the shock troopers dodging. 全部あれでした。神羅の手のひらの上でしたってことですね。そう、はしご間に合ってるんですけど、間に合わないです。So one of them will just be like, fire, what's that? And it'll hit the wall, and then you're like, haha, yay! I'm so happy. 兵器の実験台になってもらうって言われるので、兵器と戦うことになるんですね。The thing is, it's like you may have seen Barrett's just kind of hanging in the air. このショーのギミックとしては、このエアバスター、メンテしていて、このエアバスターに搭載されている兵器を、カードキーを使って、外すことで弱体化をさせることができます。There's a few spots where you could go other ways with it, but that's probably one of the worst ones because it makes that time stat that fight ただ、RTA では、弱体化させるのはこの最初の1個だけで、しかもこれお金になるアイテムもらえるだけなので、特に弱体化しないですね。まあ、普通にプレイする場合は、これで武器とかを、搬入させて弱体化させて戦うのがセオリーになっていますね。
MP pool. まあ、こんな平気でしょっていうことで。For ね。Airbuster, it's going to speed up the fight, the first phase pretty significantly, and will add to the damage in phase 2. That might have been too soon. Hopefully, I don't get punished for that. So let's. 皆さんどうかしましたかね。Okay, we're good. So yeah, that fight takes so long. The catastrophe is not really a time loss. It actually allows me to like set up synergy so that when Barrett gets out of catastrophe, the Omni Strike I did to punch the guy on the computer that didn't kill because he had HP ここ一部の兵士は会話終わるまで死なないので、 the computer about the ちょっ same と遅延行 time 為してきま Barrett すね。 gets down and fires off the synergy. It's a little こ cute, こも本 like, 当はカ haha, ード very キー funny. 使って弱体化できるんですけ You ど、 probably could do it a little bit more optimally, but there's 弱体化しないで let's see 進み here. ま We're gonna す。 actually Thunder, Catastrophe, Triple. おすすめは、Ooh, nice. He just 普 went 通 down に the 走れ triple ばおす difficulty. すめは、Triple まあ、ビ triple ッグ is ボンバーって kind of a 威 win 力の loss 高い there. 必殺技を This 打つ chapter 回 is a 数 lot が of like little micromanagements. I'm trying to manage 減 my るの MP と、 as much as AI、possible. なんか AI チップ、敵の強度がちょっと弱くなる This chapter's also AI got チッ some プってなるん amazing ですけど、 character AI チッ points. プを You 弱 just くする get people who と戦いやすくな complain り about ますね。 being on TV and stuff like that. It's just This chapter was the start of me liking Barrett. I think お in す new すめは game, AI it's 全部 not 抜く。 his stats are bad, but it doesn't show ビ up ッグボンバ quite ー as は awful. 最悪、 Once you get to New Game 一 Plus, 撃 it で starts 死ん showing だら up ちょっ really と怖か bad ったんですけど、別 because に his 一撃で weapons 死ぬよう don't な火力でもない compensate, ので、 which most of the characters do. They have strong enough weapons that they can kind of be flip-flopped one way or the other. Cloud's the most flexible character. Tifa is very heavily melee focused, but she's got enough magic through Mithril Knuckles or Feather. Ooh, Kidoki. Ooh, nice That's grenade to the interesting. face. That guy was trying 同じよう too な hard. 流れで、 And I とにか can く attest 一 that, 番上まで行きます and。I can attest that Barrett's stats on new game are not that much, probably worse than new game. Oh, that's rough to hear, actually. ちなみにその Yeah, 抜いた Barrett's 兵 stats 器 are は、 just 後 so で bad. They wanted him to be a tank, but the 拾いに problem 行く is こともでき Provoke ますね。 and like any of the other tanking commands doesn't like retarget to Barrett. The best you can do is activate Lifesaver, which will kill, or not kill, but he'll like tank some of the damage, even though he doesn't have to be in front. It's kind of weird how it functions. It's pretty decent. Yeah, there used to be a strat for Specimen, was the lifesaver. Ooh, we got the camera bug. That's nice. Hey, It's been a while since I got that. Yeah, if you interact with that quickly enough, you can bug out the camera. So this fight right here, I'm going to actually wait a little bit to trigger Catastrophe, because the camera does not like you locking on too soon. There's a lot of fights here where the camera kind of does its own thing. So we're going to just, I'm going to show you how uppercut parries work. This guy さ has あ、 HP エア lock, バ so スター see what の my ATB is. 配備されてい So る this と is ころに what 戻って uppercut これま normally した。 looks like without any intervention. この戦 And 闘 this は is what it looks like if I parry cancel it. And see kind 適 of 当 how に fast I 倒 build してもら ATB ってま here. す。この兵 I 士 can が also do that with other moves. 会話が終わるまで死なないので、別に時間かかっても大丈夫です。 So, cross down circle is the HP lock. 会話が終わるまで、ハイデッカーのなんか Parry 話が、長い話が終わるまでこいつは死にません。 The animation canceling has been one of the best upgrades to ひたすら殴られる because 兵士さん。 super fast, especially with Tifa. And 会話が終わった瞬間、やられると。これが終わったら、エアバスター運ばれるので装備調整。バレットの武器をハートビートにして、ハートビートは、バレットの、武器の中で一番魔力が高い武器です。で、神々の黄昏を、ティファと交換して、魔法追撃と範囲化のマテリアを、バレットの魔法追撃と、クラウドの範囲化を交換しています。Okay, good. I actually decided to heal there, not because I need everybody at max for the boss fight, but actually because I wanted to lag her behind so she'd warp up to the party. She usually warps to the front if I do that. I did burn through one Thundera doing that, but it's fine. There's also another MP. この後、チャプター7のラスト、ボス戦がありますね。But they also give Mako shards, which is pretty much your only way to recover MP outside of abusing MP absorb.
その前にちょっとしたミニゲームが原作でもあるミニゲームですね。ここロックがかかってるんですが、隣の部屋でロックが解除できるので、ロックを解除しに行きます。ここは謎の原作リスペクト。このレバー4つ同時に、動かさないと開かない扉ですね。で、3人で息を合わせて同時に動かすことで、扉を開けることができます。せーの、ドン。一発成功ですね。さっきエアバスターから抜き出した装備を回収するには、ここでミニゲームをやる必要があります。やらないですけどね。じゃあ、この T 字のところに来たらエアバスター戦です。エアバスターは、雷弱点かな。開幕、ティファがバックフリップをやって、あとはサンダガでバーストを稼ぎます。この戦闘ひたすらにプログラムで浮いてるハイデッカーがなんか煽ってくるんですよね。なんか技打ってくるんですが、ひたすら、殴ってバーストさせて、形態変化。第2形態にこう空を飛びます。空を飛んだら、バレットで、ぶっ放すを使ったり、サンダーガを連発するだけで終わりです。みんなでサンダーガ打って終わり。Some of these I actually don't. Timings in French right now, so how would you know? I was going off the subtitling. Is what I was assuming. So, ビームなどなかった。はい、終わり。倒すと、クラウドが、エアバスターが爆発したときに、クラウドが、巻き込まれて、下に落ちてしまいます。で、下に落ちて、エアリスと、再開することになりますね。チャプター8、再開の花、装備変更して、クラウドの魔法追撃とエアリスの封じるを交換。武器をアイアンブレードに変更。アイアンブレードのマテリア属性を0機にして、敵の技、アイアンブレードのマテリア属性プラス0機、敵の技プラス HP 吸収、消滅プラス耐性というのがついています。これが後で聞いていきます。チェーンバングルをフォースブレス交換。クイックコマンドをディスオーダー、呪縛、波攻撃、ラビッドチェーンに変更して、準備完了。レノ戦です。レノ戦は開幕、呪縛します。レノの声優さんはね、藤原啓治さんですね。もうこの声聞くだけでちょっとうるっとしちゃう。開幕、呪縛。はい、これで半分削りました。第2形態に行こう。消滅プラス耐性で呪縛、即死効果があるんで、自分、HP を0にして、ダメージを与える効果なんですが、消滅プラス耐性で呪縛の即死を防げて、HP 吸収で、与えたダメージ分回復、っていううまいコンボがあるんですね。で、第2形態移行したら、即強撃を打って勝利です。2パンですね。エアジスの装備、クラウドのマジカルとエアジスの炎を交換。クラウドのマジカル2つ目とエアジスの回復を交換。炎とティファの ATB 連携を交換。エアジスの HP アップとバレットの範囲化を交換。バレットの HP アップとティファのビジョンを交換。バレットのビジョンを耐性に変更。ティファの先制攻撃とエアジスの炎を交換。っていうのを高速でやっています。Red will throw in a little bit in some fights. I can actually make some use of his AI. ここから25分ぐらいだいたい移動の時間ですね。Sometimes his cure will come in clutch. More often than not, that is 100% Red's best move. Here we see monkey bars. We hope you like it, folks. You'll be seeing more of these later.
そうですね、謎の幽霊さんが助けてくれましたね。ここでエアリスが、連れ去られてしまうと、未来が、おかしなことになっちゃうので、エアリスを助けてくれていますね。樽を落とすミニゲームはなかった。ここサスケですね。of a little bit of a slow period, and then we'll have another small period once we get to town. So, go で、エアリス助けられたので、屋上から帰ります。Alright, we've got one $25 donation from Dellen saying, "Keep it going, gamers. Awesome work, everyone." Thank you so much for that $25 donation. 屋根裏まで行くと、親鸞の兵士は諦めて帰りますね。Chat. $10 donation chain. You can win some great prizes. YOLO donation. 樽落としに未来を変える力はなかったんでしょう。I've had a look at some of the prizes and I would love some of them. I have a massive fan of ここでボロボロになって帰るレノさん眺められます。Yeah, so if you can donate, that'd be appreciated. But for me, I'm just glad you guys are here hanging out with me and watching me try and play this game competently. I feel more incompetent than I do feel competent sometimes, but I hope you guys are enjoying it. So Iron Blade has a really unique interaction with enemy skill because of the self-destruct. エアリスの自宅まで送ってくれって言われるので、エアリスの自宅まで送っていきます。なんかエアリスがいろいろ言ってますが、It does have a really decent damage output, but its ticks over 60 seconds. So it's not really good for a lot of things outside of solo VR boss fights. The Vice boss fight, it really shows out in. 大体話の内容としては、お前なんでタークス、タークスとかいうやつに追いかけられてなんでThose videos are so awesome. I really wanted to learn some of them, but unfortunately, I've had 強い so から many かな marathons みたい back to な。 back. I Yes, couldn't get around to learning it because those fights are pretty brutal. 痛いですよ A lot of ね。 it's unfortunately not speedrun viable, but I mean it's super cool to see those time attacks. So we got E skill on. 帰り We're 道 not って going to use the は ledge door because I そう believe で it す also ね。 takes 2 ATB. And since it takes 正 60 面から seconds 出 to られ get なく all なった the から、 damage, I have plenty of other ways to use that 2 ATB a lot more efficiently. 上から無理やり降り We てき did てるだ add けな on んでね。 Ice Elemental. Basically, all my weapons are Elemental Ice, Buster Sword, Iron Blade, and Hard Edge. Buster Sword's going to see some use in こ a こは couple boss fights 待っ because て it て先に進め perfectly なく fits な my るので、 needs for those fights. エアリス And 動い I て can くるのを preset 待 the たなきゃいけない materia, so it と saves ころ me です some ね。 time menuing. Iron Blade has a very unique interaction with self-destruct, like I was getting to earlier, because it has both reprieve and a added benefit of the reprieve is also a trade-off as well. So what I did is I removed my chain bangle ここ from の Force ね、 Bracelet. こ That の would ショーの that ミッショ drops ン my で、defense from 50-50エアリス physical が to 後々 magical ス to キルドレスが決まるの 99, で、 but still gives me the same ト materia ロフィー slots. コンプをする人 This は is ここを3 important 周しな because きゃいけないんです self-damage ね。 is going to be really a determinative factor on how strong self-destruct is. And Fury Ring has been giving everybody Berserk. The only other accessory I use is Goddard Dummerung. You could use the Whistlewind Scarf or whatever it is to flatten out your ATB so you get consistently higher counts, but having Berserk it ends up just being way more important because there's no way to like self-inflict it. There you go. That's exactly what happens when you walk into stuff too ここ当たるのとか long. めっちゃ怖いで But す you ね。 can't really Berserk yourself outside of like doing some shenanigans, reflecting it off a boss, or like corrupting your この人 target たち somehow. 渡っちゃうんですけ So ど。 just using Fury Ring and Berserk is better. You can give, yeah, you can give Cloud Berserk when he's in Punisher by holding square. The little down stab will inflict a short-term Berserk. So basically buffs his damage by 30%. Berserk is a risk reward where you end up taking 30% more damage, but it actually has a 実 strong 際まあ落 interaction ち with そうになって self-destruct る。 because of the way I have it set up. So E skill plus HP absorb. I use reprieve to come back immediately with 1 hit point, and then HP absorb lets me siphon my output damage and この間 basically get 特に myself 話す back ことない up. ので、エアリスの装備ですね。エアリスの装備は、ミスリルロッド、フォースブレス、怒りの指輪となっていて、
まあ、ミスリルロッド、エアリスずっとこの武器使っていくんですけど、魔法特化で、HP 満タンで、魔力が 20% アップするという効果があります。これがね、かなり強力で、エアリスは、まあ、火力を出すのであれば、常に MP-MAX を、維持していきたいところですね。典型的な、まあ、魔法アタッカー。Even if spell staggers multiple enemies, it can only get 350 for each copy of a spell. So with Magnify, you can end up gaining a limit in one shot, but in most cases you won't. So there's actually a cutscene you can skip right here, and this is the only one that, say it with me, triangle skips. この、ハードの仕様をもう一度説明しますと、敵がまあ、周回した後ぐらい、レベル40、50ぐらいを想定した強さになっていて、アイテムはすべて使用禁止、メニュー画面開いてのアイテムの使用もすべて禁止、ベンチや宿屋などで休んでも HP は回復するけど MP は回復しない。という環境の中で、エアリスは MP をだいたいほぼ最大の状態をキープすることになりますね。Hey, there's a lot of things that people learn that are like, yeah, we've been doing that for months, and we're like, wow, I've never noticed that before. Yeah, I have a tendency to like when I see something cool, そうですね。サハリンが結構めんどくさいですね。So I have to like keep a little bit of a tunnel focus and keep myself from watching what other people do, because then I end up adding in a lot of swag that just kind of breaks my route. Yeah, there's so many tiny movement optimizations in this that. If we're being real, there's a lot of documents and guides for various different strats for bosses. そう、エアリスの特徴として、他のキャラはあまり MP の回復手段がないんですけど、エアリスはアスピルっていう魔法を吸収する魔法を持っているので、それを使って MP を回収することができますね。あともう他の MP の回収手段としては、シンラと書かれた箱を壊してたまに出てくる魔法エネルギーを吸収して MP を回復するか、あとは、任意の魔法に魔法吸収のマテリアをつけて、魔法と一緒にMP を吸収するか。っていう風な感じで、MP をうまくなくさないようにやりくりしないと最悪積んじゃうぐらいの難易度になってますね。まあ序盤はね、そんなにMP が切れることはないんですけど、次の章ですね。次の章あたりから、適当にやってると本当に MP なくなるんですよね。Who's one of the staff for Quest or Limit Break. He's like, oh, it's on the 9th. And I'm like, not putting two together. I'm like, why is that significant? I don't, huh? And I'd already committed to this quite a while ago. I'm actually like super happy that Quest for Glory let me in here so I could try and do good. Apparently, I'm actually playing well today. So, hey, big ups. But, yeah. それがまあ、ハードの難しいところで、このゲームトロコンした人はそのもうハードを突破できた猛者ですね。そうですね、トロフィーの中にハードで全てのチャプターをクリアするっていうのがあるので、トロコンしてる人はこれやってるってことになりますね。One community. Yeah, if we're being honest, it didn't take much arm wringing for me. So yeah. Well, it gave me an excuse to book the day off. I just said I was doing charity work, and my work let me have it. Yep. A true statement, though. Pas de problème. Mais n'oublie pas ma récompense. But normally, まあ平気で使ってますけど、神々の黄昏というアクセサリーがあるんですけど、あれの入手条件も、当時上をすべて
クリアした後に出てくる一番最後の闘技場のミッション。それに出てくる、ボス、召喚獣 ×4 と、最後に出てくる裏ボスのクラウドクラッド0号機っていうのがあるんですけど、それを倒すと手に入るアイテムですね。それのね、出てくるシバ、デブチョコボ、リヴァイアさん、バハムートって出てくるんですけども、そのバハムートがめちゃくちゃ強くてね、取るの苦戦しましたね。今、5番街に着きまして、5番街のところで5番マコールの取材をしていますね。ここに出てきたのが、通称キャハハさんって呼ばれる、スカーレット、シンラの、兵器開発部門の人ですね。Do I have time for one more? Yeah, keep going, yeah, bro. This plenty of feels time. All right, like, all we've got a right. break. Another $10 donation from Rai saying, I love the big game Final Fantasy 一 VII 言で言う and I love と、 big やばいお gaming. 姉さんです。 And again, I don't really understand そう this ですね。 new ハイ name デッ we've カー created, が、 big gaming, ガハハって but 呼ばれてて、こ I love の it. スカーレットさんが Let's キャ keep ハハ those って呼ば big れてて、 gaming donations coming. 今回出てこないんですけど、某ケットシーさんはガハハとキャハハって呼んでます。The run is very kind to us. It gives us bathroom breaks and で、Alright, 5番マコール then I'll の、 tell you more マコール about を NAMI, 爆破の the 際の、 National Alliance 映像を on しっ Mental かり撮られている Illness. と。Did you know that 1 in 5 Americans lives with a mental health condition? なんだっけな、ス And カーレッ fewer トさ than ん、 50% of adults 年齢 living 設 with 定が these なんか conditions will リメイ receive クで生え treatment て、 each year. 40 Many factors contribute to 歳 this, っていうのが判 including 明したんですっ stigma, けね。 lack of access, and lack of knowledge and resources. And remember, mental health is physical health. You'd go to the シンラ doctor の警備 for 大 a 丈夫なん broken ですか arm みたい or なこと言われ cold. て蹴られるっていう。 You can also go to the doctor for mental health. And it is okay to not be okay right now. You can find NAMI on Facebook at NAMI, N-A-M-I, or ま Twitter あ、あれですね。ガハハさんと同じくあんまり性 and 格はよろし Instagram く the ない。 same at NAMI Communicate. Or you can go to okaytotalk.org. そうですね。まあ原作でティファと殴り合いになるときに、この豊島女って言われたりしてましたね。Taking a little bit of a snack break, so I'll be quiet for a few moments here. Okay. Yeah, no worries. Then I'll tell you more about the prizes, if Go that's for it. all right. Yeah, Sounds go perfect. ahead. This Yeah, is go right ahead. 100% for the next, like, 10 minutes. Okay. All right. So right now, through the end of the Shadow Run, 性格のいいシンラの excuse 上 me, 司。 the end of the そんな Shadow の、 Run そんな run, の、 we've got リ 3 ーブさん以外にいるって Final いう。 Fantasy VII related prizes. For $5 minimum donation from Krista Fay, we have a Final Fantasy VII Avalanche art print. And I did mention this at the start of the run, but I took one look at this and I went to their shop on Etsy and I bought it. So you could maybe win this poster yourself for a $5 minimum donation. We also have a Shinra Company iron-on patch from Wolf and Wings. That is another $5 minimum donation. And a Final Fantasy VII neon poster. この It 辺 is は the まだま logo だ、 for Final Fantasy VII, kind of looking 本 like 当に a ボス戦まで neon やることは sign ほ that ぼ was ほぼない provided の by the で、 RPG ひた LD すら歩いて staff, るだけですね。 and that is a $10 minimum donation. Do I still have a little time? Yeah, keep going. Okay. All right. Then I will tell you more about our bid incentives. All right. So, で、ティファは、 more big gaming. Name the お医 file 者さ for ん the からも Super 薬草 Mario を RPG. あげ We've たり got とか、 Waluigi at $50. いろいろ薬草の Dataface と at かを分けてあげ $33 たり and と Big かしてます Gamer at してるので、まあ、 $10. お医者さんとかからも So よ if く you 声をか want けられたりして to ま keep すね。 this weird big gamer thing going, you can donate to that. Or I'm actually で、まあ、 I'm 個人 actually に partial to Waluigi here. So Yeah, I was gonna say, ついた say promote Waluigi too. yeah, I'm partial to なんだっ Waluigi. け、お花のアートを作るので、お花をいくつかください。積んできてもらえないかって言われるので、
エアリスの家に帰ってから、お花を摘みに、物理に行きますね。ここね、そう、なんかいいシーンなんですけどね、椅子とか結構いろいろ蹴っちゃったりとかするんで、いろいろ言いながら椅子ぶっ飛ばしてったりしちゃうんですよね。I owe him a lot for what he's done for me over the years. So. I remember we once got Wody, his name put in a Golden Sun run that was coming up after his remake run. Just because we wanted to keep his name going. So that was some of the silly things the community's achieved in the past. So if we can get Will's name in, that would be fantastic. まあ休憩などなど Very much appreciate it. And side note in there, 教えて like く shout だ out to さ Woody い。 too, because he's one of the first runners I've seen, and so he got me into speed running, even if he didn't know it. So shout outs to him. 本当にしばらく移動時間なので。There's so many people that I can thank. It's almost like an impossible list to memorize and go through. There's so many people I've interacted with that a lot of the people from the Mega Man X community were really integral, but RPG community, I don't even think I could actually like write a list without, even if I like didn't like space it out or line it out. ここは、イベント進む条件が1回、2回に行って降りてくるのが条件なので、1回、2回に行って降りて進めました。で、お花を摘む手伝いをしてくれってやるので、お花摘みに行きます。トイレのことではないです。お花摘みに行きます。I'm sure we could talk about the wonderful work that Nami do and all of the different people we would love to thank. But what we've actually been doing here is we are working our way. We've met Aerith's mum and we're now going to try and help some kids. 3種類のお花から選べるんですが、適当で大丈夫です。ちなみに組み合わせによって、3種類のフラワーアートが見られたりとかしますので、ぜひ気になったらいろいろ組み合わせてみてくださいね。猫じゃらし3本のパターンと、全部白いののパターンと、白いの1個と他いろいろのパターンだったかな。白い花かわいいよね。全部これでいいんじゃないかな。I changed it between run. White gives us Moogle. 2 out of 3 of anyone will give us the image. Yellow gives us Chocobo, and the last one's probably a little bit harder to guess. The green foxtails actually give us the Cactuar. I used to say Tonberry, but God, I don't want to see Tonberries at all in this entire run. They give me nightmares. Now that I've been now that I've been retargeted to commentary, I just get that switch off that ADHD and switch back in. So I did gloss over a little bit over SD, so I'll go over it here again instead of breaking into 16 different segments. Iron Blade has reprieve はい、 and お使 trade い終わったんですが、しばらくやることはないので、歩いてると子供が声かけてきて、子供が集会をやっていて、そこの奥で、迷子になっちゃったから探してきてくれって言われるので探しに行きます。I think it's second just to Mithril Saber. So we end up in a situation where we have a pretty good balanced sword. So the elemental, since it goes through a calculation where it calculates both magic and physical damage into it, it ends up being pretty decent bonus damage. Enemy skill is paired with HP absorb to take advantage of the self-destruct's high damage output. But normally self-destruct on E skill will inflict instant death, which actually gives us no benefit. But if I add subversion warding into the mix, I now evade instant death 100% of the time since it's fully maxed out for me, which will turn off instant death and instead deal a ton of self-damage. Because I'm at base HP, I get a lot more limit per HP loss because it's based on percentage rather than numbers. So I turned off the HP bonus on Iron Blade. I've added in no HP ups. で、子供たちは奥の方に行ったっきり戻ってこないって言われるので、奥に行きます。To further limit his defense so he takes more damage.
And Fury Ring inflicting Berserk actually is beneficial because it boosts my damage out by 30 and also boosts my damage taken by 30. 普通に魔物いますからね。So right here, these were rats can activate Call to Arms. So you need to get rid of all of them at once so they don't spawn another wave of 2 to 3 rats that take forever to activate. まあ出てくるのはヘッジホッグパイとネズミだけなので、それほど強くはないです。You would think Magnify would work, but it's kind of a dicey proposition for Magnify to clean them up like that. So we're just going to use Sorcerer Storm, and hopefully we'll get that kind of pattern. Unless one of them is like extremely passive and doesn't close in, Sorcerer Storm always works. So Disorder here is going to trigger a Synergy. So even though I didn't make contact, Aerith ここも橋を降りれないんですよね。we're going to do something similar here. あ、違う。So the Synergy arrow there is wasted, but that one got retargeted. さあ、ここの橋は降りれないので倒しました、ね。We're going to wait a little bit here. Thundera. I need to wait because these smoggers will hit HP lock. この辺自爆とサンダラで突破しました。無理やり。自爆しても HP 吸収して、本当は、回復しないと、即死耐性ついてると HP1 で残るんですけども、まあ、吸収の効果はすごいねっていう。たくさんの敵を巻き込んで自爆すると、こんな感じでもうすぐ HP マックス近くまで回復できると。あと、この自爆の、いいところはですね、リミットゲージの溜まる仕組みっていうのが、相手をバーストさせることと、敵からダメージを受けるっていう、2つの条件があるんですけども、自爆を使うと、1までダメージ、残り HP1 枚ダメージが入るので、一発でリミットゲージが溜まるという特徴があります。これが、後々効いてきます。ATB boost would have made ATB assist not activate. ATB assist activates when you do 2 commands back to back, or at the other. かなりね、この戦法対応するので。But for the most part, you can do up to 見どころの一つですね。Square combo in between the 2 commands, and still trigger it. ATB assist is pretty strong. It's more important when you have a multi-person party, though, because it only gives 600. So it's a little bit less impactful when you have only one additional party member. But Aerith's damage is so high that 600 is massive in speeding up her damage output. Self-destruct obviously has huge 突然自爆するソルジャーをお楽しみくださいという。戻ってくると、腕に入れ墨のある男が、出てくるんだったかな。で、腕に入れ墨のある男が出てきて、クラウド頭痛くなって、急にいつもの、思い出の中でじっとしていてほしい人が出てきて、敵かかりそうになるんですけども、我に返ると入れ墨の男だったっていうムービーが流れます。Unfortunately and hard, they just don't have enough to stand up to you. これで、ようやく、エアリスの家に帰宅して、やっと来ます、ボス戦ですね。長かったですね。いや、25分間の、お散歩終わりました。So we're just gonna abuse synergy again. He's weak to wind, so he goes down pretty quick. チャプター8のボス戦。千葉市領事さん、ルード戦です。はい、エアロガをエアリスにエアロガを打ってもらって、打ち終わった後に、クラウドで自爆。自爆すると第2形態に移行して、ルードが、サングラスが壊れます。サングラスが壊れたら、なぜかスペアのサングラス持ってるので、このシーン好き。いくつスペア持ってんの千葉市領事さん、千葉市が入る。
when you remove the 携帯が変わったら表示によってエアリスはエアロガを打ち終了。 throw in the extra 350 HP and get a limit like 98% of the time, I'd say. I'm probably one of the few people that's like went through and I actually created like a little spreadsheet after testing it a few times on specific なんか enemies. ね、ルードさん、ところどころ出てくるたびに小ネタが光るんですよね。Not routed around self-destruct. I believe in the PS4 version, I'd say it's a little bit more powerful. ちなみに原作ではレノとルード戦ここではやらないです。And then get a limit. The problem is their limits な aren't invincible. 突然生えたボス戦ですね。 I これで、 Oh, you deserve that. エアリスのお母さんに、もう、これ以上関わらないでくれって言われるので、帰るんですが、ここ依頼ラボ、あ、蹴っちゃった。蹴っちゃうとエアリスがやってくるので、やり直し。これは30秒ぐらいロスですね。ここ依頼ラボですね。物を蹴ってしまうとエアリスがやってきます。If you're on your casual run, I don't believe any casual runner who tells me they didn't bump into 物を蹴るとエアリスがやってくるので、蹴らないように移動しないといけない。Yeah, there's also a few sillier members of the community who choose to run in them. And there's only one who runs エアリスにバレないように家を出て、7番街に戻るところですね。Well, yeah. The second time I intended not to run, but I was being silly and holding down the L3 because I was so frustrated with bonking into that stupid briefcase like a dum-dum. I was like, why? Why did I do that? And then Cloud started running and I'm like, oh God, no, please not again. Stop, hold on. Wait, calm down. Calm down. Yeah, I can only run that first section. I'm not brave enough to run that whole. これでまあ5番街の外まで出たらチャプター8終了です。Because apparently in a city that's designed like で、 a ここで、 pizza in a circle and two ああ sectors, she's worried that Cloud will get lost trying to get from 5 back to 7. Because we partly we don't まあ know the だ way いたい we're ここ going. から、Yeah, we don't know how numbers work. 20分ぐらいは移動時間ですね。 That's why when we're looking at the Roman numerals on the まあ、外出たらエアリスが待ってたので、結局一緒に7番街まで帰ることになります。What's the significance here? Anybody who plays Final Fantasy 序 games should be 盤、 able to 中盤ぐらいまでね、ちょっと歩き続けるだけになって退屈かもしれないですけど、ここから先が、まあ、ボス戦が強くなってくるので、戦略が面白くなってくるところです。In Roman numerals. And I just kind of knew it was Final Fantasy VII, and I never really looked at the case or anything, so my brain 近 didn't 道がある really よっ connect ていう to の it. で、 So whenever I 近 picked 道の up 方を Red, 通 I り was ます like, ね。 Red XII? 陥没 That's 道 such a 路という、ま stupid あ、 name. 原作でもあった場 And 所 what で I す would ね。 do is I would delete the two I's and I referred to them as Red X for like 20 years until my brain like finally caught up and was like, dude, it's Red 13. あ、ここで出てきたちょっとなんか強い雑魚敵がね、後々、あんなことになろうとはっていうね、感じなんですけどね。I hate to add to your embarrassing stories, but 13 is X, I. There's 3 I's. There's 3 I's in there. I wasn't gonna say anything, but yeah, come on, it's too funny not to at this moment. If he's going to bring up the silly stories, then we're going to add to them. That's what it's about. Final Fantasy 13's cursed, so maybe that's it. It's stuck in the back of my head. And you get 3 curses as well. Yeah. Maybe it was 装備 Red 変えましたね。 X 何だったかな。 that could have been the way it was going. Yeah, so this is like I mentioned earlier, for whatever reason, まあ、ロボットアームを操作して、エアリスを上に運んで、はしごを下ろします。Catwalks their inputs are reversed. Another one of these things I never noticed until he said something, so I was like, oh, okay. これ操作してるときに、毎回エアリス潰しちゃわないかすごい不安になるんですよね。It's 5, but you gotta count the full 5. Oh, okay, I did it a little bit too soon. That makes sense. Yeah, right, yep. So yeah, I'm somehow. ああ、高さが足りないのガタガタしてる。エアリス絶対気持ち悪くなりますよ、これ。Don't feel bad. This fight right here, Disorder has a really strong interaction with Synergy, but it's actually kind of has a quirk to it where if you just Disorder back to back, you'll actually not trigger the second Synergy because the game doesn't have enough time to quay up the first one.
unless the で、ロボットアーム使うとロボットが実は埋まってて戦闘になりますね。発攻撃と魔法で撃破しました。More often, 90-95% of the time tends to cause a roll on the character. So you can't really reliably say, okay, I'll be fine with this. これ僕がカンペ作ってた時のね、小ネタなんですけどね、発攻撃って、英語で書くとブレイドバーストって言うんですけど、僕それで書き起こした時にブレイドバーストが、これブレイバーなんだなって思ってて、ブレイドバースでブレイバーっていうのがめっちゃかっこいいな思ってたんですけども、発攻撃でした。で、途中でそれに気がついて、これブレイバーじゃねえ、発攻撃だわって言って、全部書き直したっていうね、エピソードがあります。モーションがね、似てるんですよ、ブレイバーと発攻撃。It's animation, but it pushes out. Deadly Dodge like sucks in. Deadly Dodge is something some runners use in New Game Plus and New Game Plus Hard because it. ちなみにブレイバーは英語でブレイバーですね。Together for one shots and stuff with like large AOE or large explosions like ice and fire. Good note about the stances too. A little background on that. The stances, it's actually a little lore behind it. The operator stance is supposed to be based on Zack's FF7 の、そうなんですよ。技名がですね、日本語と全然違って横持ちの技とかでも、調べるのがちょっと大変でした。ティファがよく使う技で、スターシャワーっていうのは英語の技があるんですね。これとかもオーバードライブって技で。技名が全然違うの面白かったです。But yeah, some of the like direct translations are pretty cool, honestly. 本当に技名、日本語と英語で同じなのブレイバーぐらい。Like chain strike, I think, or rapid strike, which is pretty cool. But focus thrust is like burst slash or something. Yeah, they call staggered. I think カタストロフィーとかもそうか。Yeah. ただまあ、強切りとかもクロススラッシュか。強切りはクロススラッシュだし。Beat, what is this? You know, what's this split? And then I'm like, Genova beat? What am I getting beat? あれですね、よくネタにされる超級武神破産なんて英語だとオムニスラッシュですし。Because of like the way the story plays out and stuff, it's an interesting way to translate it. Not necessarily correct, but well, they do have to translate for the more Western crowds. I think they're more conscious of that now than they were. 伝えたいですよね。そのなんかオムニスラッシュとかいう技、日本語だと超級武神破産ってめっちゃかっこいい名前なんだけど。Not Fury, Berserk. Right. You could have called it the Zerk Ring, or you could have 野生の高木渉さんですね。特に強くはないです。Fury is technically different than Berserk. Very much so. Yeah. At least in this version, it's very much different. Fury is actually like actively super bad, and Sadness is nowhere near as good because it really hampers your limit gain and doesn't give you very much defense. And also, they're only triggerable by items, so in hard, they're literally impossible to activate. There we go. Sadness in the original game gives you a defense boost, and then in this game, I don't think it does that. I think it actually causes more damage. Yeah. So the translations. ATB ブーストして発攻撃打って、エアリスはサンダー打って。The issue I have more so is I'm okay with the names of stuff. はい、もう一回ロボットアーム。これで確かロボットアーム最 I do like the literal translations, but I do like the conversions over. The ones I have an issue with is it very much feels like the translators didn't understand the game mechanics, which isn't really surprising because they don't often get to play the game. So some of the descriptions of combat mechanics and stuff are not very well translated because you know, they didn't get a chance to know, oh, Star Shower buffs the next move by 70%, you know, or that, you know, overpowered functions in this way, so they say, oh, it increases stagger when that's not what it does something completely different. The community translations of the Ultimania have been critical, though, to getting the game to where it is now. There's a lot of damage values that we wouldn't know otherwise. A lot of the hidden もう一回切り替え、エアリスを乗っけて、Because like we said before, the assess materia will give you information like proportional damage,
which you really don't understand what that's supposed to mean unless it's explained to you. But the Ultimanium really breaks it all down, and the translations have been a huge help. I have sat with Google Translate on my phone. さっき置いたコンテナの上に一度エアリスを置きまして、Shoutouts to Coda. She definitely made figuring out the base values and stuff 奥 from the 側の Ultimania アー translation ム and で paying エア for リ it スを乗 herself っけて very much helped us in speeding up the process of routing things. Obviously, at some point we had to test stuff, but it gave us enough base knowledge to kind of understand what we were looking at. And then we, 最後に from there, 最初 we の could catch the コンテナが乗っ suss た out と the ころに differences 下ろ with しておしま the い。 PS5 version because there definitely are a lot of changes, and some of them are just not. There's no way to tell because there's no Ultimania for it, unfortunately. Yeah, it definitely gave us a head start on understanding the mechanics as well. Yeah, knowing that like all the spells have the same base した。 damage value, and that like tier 2 and tier 3 spells have the same stagger value regardless, is super important. And that's not something the game really tells you. It may not have told us exactly what we needed to do, but it did kind of tell us what you need to not do, which is another way. It just kind of narrowed our focus for where we should try. Oh, the guy survived. Oh boy. I have no idea why the thunder whiffed there. I'm very confused. ここを待ち構えていますが、波攻撃と、魔法で倒しました。ちょっと強い。倒しました。はい。これで、7番街に手前まで着きました。And the HP absorb, it'll basically keep his HP high enough that it's usually not an issue. これでなんかエアリスがハイタッチしちゃってるんですけど、このなんかハイタッチしようとする挙動でバグらせて壁抜けとかできたりするんですよね、確か。やらないですけど。そんななんかネタがあったような気がします。ハイタッチバグって言われたら。超級武神破断、英語にすればスーパーアルティメットサムライゴッドチャンピオンスラッシュ。いや、いいじゃん。いいじゃん。文字数が入らないか。文字数確かに入らないわ。で、7番街に手前についたら、なぜかティファが、馬車で運ばれていって、ウォールマーケットというところの方に運ばれていきます。ここでティファのドレスが決まるんですけども、3章で、本当はミッションすべてクリアして、サブイベントでどんな服が好きってクラウドに聞かれたときに、こういうのがいい、こういうのが好きだっていうと、ドレスが決まるんですけど、それをこなしてない場合は、デフォルトの、原作でも着てた青いドレスになりますね。青いドレスも綺麗で、めちゃくちゃ可愛いんですけど、他にもね、チャイナドレス風のとか、和服風とかのドレスもあって、どれもなかなか綺麗でいいです。ぜひ気になったらやってみてください。で、まあ、コルネオというなんか、ここのボスに、ところに行ったので、殴り込みに行きます。殴り込みに行くんですが、ここに、門番でいる人に、男はダメだぜって、許可がないとダメだぜって言われます。ここに出てくるレズリーっていう兄ちゃんがいるんですけど、このレズリーっていうのは、小説版のキャラらしくて、小説、FF7 の小説読んでた人だったら、もしかしたら知ってるのかな。Yeah, MP management is pretty tight though. Like I said earlier, I've opted for MP up and a stagger on Cloud's Mithril Blade, and I've done the same for Aerith. You only have 3 stagger materia floating around, so there's not a ton of them. でも
ここ入るには、女の子は、コルネオの、趣味嗜好を知っている3人から、推薦状をもらわないとダメだぜって言われるので、その3人に会いに行きます。Doing that, obviously, is going to make your MP pretty tight because you're losing out on quite a significant margin. I believe it pushes Tifa or Aerith from なんか突然のジョニー 150 to が。190 with that extra MP up, and Cloud goes from ジョニーはティファをなんかここにいるっていうのを知ってたので助けに来てるんですけどね。でその 3人の推薦人のうちの1人の、アニアンっていう男、アニアンって人に会いに行こうとしたら、めちゃくちゃ予約がいっぱいで、会うことできないよって言われたので追い返されます。まあ次は、さっきのチョコボ屋さん、話しかけたチョコボ屋さんにいる、チョコボ屋のサムっていうやつが、その3人のうちの1人なので話しかけます。で、まあ、コインを投げて表か裏か当てられたらいいぜって言うので、まあ、どれ選んでも結果は同じなんですけども、どちらにせよ当たらないので追い返されます。まあ、そのコイン、秘密があって、表か裏かよくわからない、どっちかわからない両方表のコインみたいなコインです。で、3人目が、テモミヤのマダム。どれか選ぶと、手もみしてくれるんですけども、その選択肢どれ選んでも面白いです。僕が好きなのは、ほどほど、真ん中のほどほどが好きかな。一番高いやつだとなんかめちゃくちゃ気持ちよくなってるクラウドさんとか見られて面白いです。一番上のただ、一番安いやつやるとめちゃくちゃ痛そうなクラウドさんが見られますね。真ん中のやつはなんか手をワキワキ、ずっとなんかワキワキってつぶやいてるなんか可愛いクラウドさんが見られます。エアジスの声優さん、英語版の声優さんめっちゃ喜んでたんです。で、まあ、別にドレス見繕ってもいいけど100万かかるよ。100万かかるけど、かからない方法はあって、闘技場で優勝したら別にドレス見繕ってもいいよって言われるんですけど、ぶっちゃけ100万ギルだったら持ってんじゃねえかってツッコミはあるんですが、まあ、やらないといけないのでやります。More often than not, if you use it in the right time, it'll 多分100万ギルぐらい持ってると思うんだよな。このデータ。Spam stuff and get them staggered really quick. And like its ATB game is super good. It's a really quick burst of ATB damage and possibly pressure. お金で解決はできないので、まあ、闘技場に行きますね。The only downside is it has damage reduction, but only on the move it counters. So a lot of the enemies, which is kind of で、まあ、一人でやるつもりだったんですけど、エアリスもやるっていうので、謎のなんかカップルで必要のなんか浮かれヤンキーみたいな扱いされるんですけど。浮かれカップルみたいな、なんか。闘技場にだってカップルで応募しちゃいましたって来たやつが言ったら、そりゃなんかみんな笑いますな。あ、ジョニーに会いに行った。別に、これジョニーに会わないと始まらないんだっけな。In hard mode, during your casual playthrough, in fact, even during your normal playthrough, your first time through, this fight's kind of a skill check. まあ、この闘技場、人対人だったらよかったんですけどね、まあ、こんななんか裏社会の闇みたいなところで、そんなフェアな戦いが見られるわけもなく、1戦目は、モンスター、まあ自爆しないな、ラビットチェインで倒してますね。figure out the mechanics and it's not very well spelled out. 試合終了。There's a couple of fights where I feel like the mechanics or what they intend you to do in the fight is very obtuse and not even well. で、この辺りでなんかこの浮かれカップルめっちゃ強いんだけど言われ始めます、ね。まあまあでも最初はまぐれでしょ。And they just expect you to sit there and have this super long fight and wait for the timer to push you through.
I had one or two runs where I've had to do the timer because my strat broke and I was like, I don't know how to こ make こ this の次のイベン work. トは一定時間待たないと始まらないので、一定時間待って、アナウンスが始まったら、話しかけます。I just got lucky half the time in my casual playthrough. 2回戦は、ちゃんとした、人が相手なんですけども、人の数が多すぎる。ある程度、まとめたら、敵のど真ん中で自爆して、まとめて倒します。残ったやつは魔法で撃破。おしまい。All we're gonna give is don't know why I took so long to skip that, but さっき陥没道路で出会った野生の高木渡さんがまた仲間を連れてやってきてますね。こんな自爆するゲームあるFF10 の縛った時に決まりぐらいですよ。こんな爆発する。決勝戦。決勝戦ぐらい人だろうと。ロボでした。ロボ2体。決勝は、自爆して、強切りと雷魔法でゴリ押し。試合終了。Hella hard, if you will. Let me see. What am I thinking here? 人間いねえじゃねえか。この通り上人間いねえじゃねえかっていうやつなんですけど、まあ、これで、3人目のね、推薦人のアニアンさんがね、ちょっと目をつけています。で、ボス戦の前に装備変更、クラウドの武器をバスターソードに変更、エアリスのイカズチを炎に変更、エアリスのイカズチ2つ目をバレットの風と交換、バレットの技達人をクラウドの回復と交換、クラウドのクイックコマンドを自爆からバーサクに、波攻撃をサンダラに変更、エアリスのクイックをサンダラから聖なる魔法陣、エアロガからエアロガをエアロラ、サンダラ、ファイラ、イノセンスフォースをファイヤに変更しました。ここからボス戦、ここ難所です、ヘルハウス戦。開幕、トンベリを呼ぶことがあるんですが、トンベリは呼ぶ前に、バーサクで、バーサクを敵にかけます。バーサクの効果は、敵の攻撃力が、敵のダメージが 1.3 倍になる代わりに、受けるダメージも 1.3 倍になるという特徴があるので、これ敵にも通用します。第一形態、窓の色を確認して、赤は炎、白は氷、青は雷、緑は風となっているので、炎、氷、雷と風、それぞれ反対の属性をぶつけることでダメージを与えることができます。このギミックが分かりづらい。この、ぐるぐるパンチできたら、カウンターしますね。ダメージ、ヒート値が溜まったら魔法で押して、毒をかけて、毒かけてるかな。ちなみにこれが噂の陥没道路で出てきたちょっと強い雑魚敵がボス戦に昇格している。毒かけてますね。毒のスリップダメージがこのヘルハウスには有効です。最終形態、クレイジードロップという技をしてきて、カウントダウンの後に突っ込んできます。カウントが0になったら、突っ込んでくるので、その瞬間の、窓の色を確認。色を確認して、これは白かな。白だったらファイヤーを当てると、バーストするので、そこに畳みかけて終わり。Honestly, I think lightning is a little bit better. 鮮やかですね。Because in my setup, Aerith has wind, so she can do a ton of damage. これで、because wind takes a while to チャプター explode, 9は it allows 終わりです。 Tempest a little bit of time to sit there and get to its second part where it starts popping off for a lot of damage. So I end up double dipping in で、 that 優 case. 勝 And した because の her で、 magic is so high, Tempest hits like a エア truck. リスのドレスアッ Plus, it プ gives a を ton of し HP, に、 so I can さっ usually きの手も follow 皆 up さ with んに行き fire or ます。 fire. I did switch to Aerith for a bit. There's a quirk with Synergy
where it will react with a tier 1 spell to any command your controlled character is using. But with my setup there, I actually cannot allow her to use those synergy commands there. The reason being that second and third phases, the one where he like stood up into the god mode and I kind of like stood around, there's a very particular reason I did that. Because Hell House phase 2 wants to rush you down. で、お色々、ドレスアップしてる間、依頼でも受けてきなって言われるんですけど、別に依頼受けなくて大丈夫です。エアリスに会いに行こうとすると、ジョニーに呼び止められてて、ティファが大変なことになってるっていうので、ジョニーと一緒に、コルネオの館まで行きます。But what I did is an very old strat that I lucked into, where I max out stagger, don't do enough damage, and then the boss will slowly transition into phase 3 without emptying out the stagger bar. So I follow up with some commands the moment I get phase 3 and stagger immediately. で、途中でジョニーにエアリス呼んで、エアリスのとこ行ってきてくれないかって言われるので、クラウド一人で、コルネオの館に突っ込んでいきますが、追い返されます。Which was basically what killed phase 3. Bio isn't super important. どうしたって男は入れねえよって言われる。The God mode doesn't reduce the poison ticks. You might as well go for it if you can make room for the poison. It was found pretty funny that a house could be poisoned. で、仕方ないので戻りますね。That's funny. That dress cost $1 million gil. No. I think we already established that Madam M pocketed す all る the と money、because エアリスがやってきて、ドレスを見せてくれるんですが、このエアリスのドレス、何で決まるかというと、エアリスが仲間になった章のミッションの、クリアした、ミッションの数で、どんどん豪華になっていくんですが、1本クリアしてないので、一番、安っぽそうな、ドレスになっています。I mean, that dress was probably found in the Lost and Found in the Honeybee Inn. So. Oh yeah. So yeah, I crimp it up so that I can instantly stagger phase 2, so I don't have to deal with the God mode or breaking any of the limbs like it wants you to. Luckily, なんかエアリスが考えがあるというふうに言われてて、ミツバチの館、最初に言ったアニアンのいたところですね、に行くことになります。Burst him down. It is a bit slower, but the problem is between phase 1 and 2, there's a 30-second cutscene, so resetting once you get into phase 2 is awful. And what's worse is sometimes you know the fight's not going to work because you don't have the right ATB values or you're on Aerith to start with. だって、特にあれですね、RTA 的な面白いところはないんですけれども、絵面が面白いシーンが来るので、注目ですね。アニアンさんアニアンに、クラウドが気に入られたらしいので、招待を受けて、奥に会いに行きます。This is perfect. Converting it from a brothel to more of a kind of, a nightclub style thing or a cabaret and all those things. They're so well done. はい、ここからダンスタイムです。ここ飛ばせないので、奏者さんは休憩しているはず。ノリノリで踊るクラウドさんをお楽しみください。ダンスは、何もしなくても大丈夫です。So yeah, right now is a good time for a whole bunch of donations and telling us why we're here because we've got a good couple of minutes of this now. Yeah, this goes on for about 2 to 3 minutes, so you got some time. Okie dokie. First, I'll start with our donations. Nerdly has donated $25 and says, "Let's go." ちなみに一緒に踊ってるのが、推薦人の一人のアニアンですね。Pardon me, has donated $15 saying, "Never." なんかすごい嫌々やってたような気がするんですけど、めっちゃこのノリノリで踊ってるのが面白いんですよね。You should inquire if your company has such a program. That is good advice. Thank you so much for that, Rocket Racer. Now, I did want to go into a bit of our incentives for the next few games. Super Mario RPG, we have a $500 goal to watch the credits. 完全にダンスです。We are currently at $109. So, if you want to watch those beautiful credits, get those donations in. Also, after Super Mario RPG Axe Battler, A Legend of Golden Axe,
We have a $300 incentive goal for show the opening and ending text. Our total right now is そうですね、 actually 音ゲーを zero. して報 So 酬 if は you もらえる want ん to で see すけ that ども、 opening ま and あ、 ending 周回 text, 税なんでね、 please もう get 特 your に必要ないの donations で in. 放置してますね。And we've got a few incentives for Dragon Warrior Randomizer. I actually am very interested in the Shuffle the Music in the Game incentive. That is a $250 goal. We are currently at $0. So once again, please いや、 get エアリ those スはね、 donations 弾いてるど in. ころかね、めちゃくちゃHow much time す do ご I いすご have? いってね、 Oh, another minute. 褒めてくれるんですね。 Alright! So let me get back into why we are here today. We are raising money for NAMI, the National Alliance on Mental Illness. It is the nation's largest そう grassroots なんですよね。 mental アドリ health ブのはずなんですけど organization. ね、めっちゃなんかスムーズに踊るんですよね。 Education and support, awareness, and で、 advocacy. バット28、 NAMI 一回も押してないの participates でね。 in nationwide awareness opportunities like Mental Health Month, Suicide Prevention Month, and Mental Illness で、まあ、 Awareness そう Week. すると、その後にショーで、クラウドが女装するイベントが始まります。クラウドの衣装は、このショーのミッションのクリアによって、2つルートがあって、まあ、1つもクリアしてないので、この黒いドレスになりますね。 About our event, please use the hashtag Q4GH&H2. まあ、話しかけるとね、 And together for MH. 顔背けられたりやめろって言われたりするんですけど。 Number 4. Right, talk to Chadley, and I'll chuck in $10. Sure, why not? What do we got here, buddy? Love that little dude. まあ、これでアニャンの推薦もらったので、ここから、装備を、あれ装備変えなかったっけな、ここで。 Get to enjoy a little bit of that French there. Poor little boy's experiencing an emotional response. あ、チャドリーに話しかけてる。そう、チャドリーがね、なんか知らないけどね、めちゃくちゃクラウドさんドストライクらしくってね、めちゃくちゃ慌てふためくんですよね。僕今ドキドキしてますね。装備変えないのかな？アップス戦前に変えるのかな？確かここの後で装備を変えなきゃいけないんですけど。So we did go over the God or Dumrung early. Some of you may be wondering why I'm not using like 2 or 3 of them. これでね、まあ、これでいいでしょって言うんですけど、まあ、レイズリーさんは、なんかまあ、感づいてるんですけど、お前って言われるんですけど、まあ、そうしてくれます。あ、チャドリー君は気づいてない。Time of effects and the superstar belts, as well as the 2 God or Dumrungs from. Give me a second here. I actually need to shut up and pay attention. The items. Basically, the community has decided not to use them since they're not totally free and accessible to everyone. So even though they are free now, we just sort of. で、まあ、部屋に呼ばれたので、入ったら眠らされてしまいまして、3人とも、地下の、牢獄に連れて行かれます、ね。牢獄っていうか、お仕置き部屋かな。いや、こういう装備変えるんだ。クラウドの装備、武器をね、ミスリルセーバーに変更して、ティファの武器メタルナックルに変更。メタルナックルは物理特化の、ティファの武器です。ティファの炎とイカズチを入れ替え、属性プラス炎にします。ティファの、別の炎、エアリスの風と交換。エアリスの範囲化とバレットの MP 吸収を、交換。クラウドのクイックをサンダラからファイラ、ラビッドチェーンをファイヤ。ティファのクイックをバックフリップからサマーソルトに、サンダラもサマーソルトに。という、変更を、高速でやっています。この後は、多分FF7 やってる人だと、まあ、よく知ってる例のイベントですね。ただ、ムービーはカットされてしまうんですが、そうですね、コルネオにね、骨太の女子じゃって、選ばれる、クラウドが選ばれるシーンですね。FF7 だと骨太の女子なんですけども、リメイクだと強気な女子に変わってて、で、強気な女子になっちゃったのかって思ったら、英語版だとね、骨太の女子なんですよね。ちなみに、どのドレス選んでも、クラウドが選ばれます。
Sometimes these guys don't like to group up together, and then that'll happen. ティファじゃねえのっていう。まあ You can use fire because it has a bigger hitbox, but fire will normally hit. So it's like a risk versus reward. Fire it takes a little bit longer to cast, a little bit more MP intensive. So if you've wasted too much MP in the previous chapter, it can punish you pretty hard. So we're gonna. So here comes Abzu and. あ、そうです。リメイクは、どんな組み合わせであっても必ずクラウド確定。で、まあ、ボコろうとしたら、地下に落とされてしまって、地下水路に落とされてますね。ここ、なんか抜け出せたものはいないらしいですけど、アプス戦です。アプス戦、第2形態に移行するまでエアリスは聖なる魔法陣をかけてて、その中でひたすら、ファイヤーなどで炎属性の攻撃を与えていきます。バーサク入れてますね。バーサク入れて、ダメージを上げていますね。80%、ハードの場合、80% 切ると第2形態に移行しますが、大興奮したら、ティファはサマーソルトを当てて、みんなでファイラーやって、あ、やべ。地下に潜ってしまった。ちょっと遅延行為されましたが、まあ、ファイラーで押し切って勝利。Yeah, sometimes this game will punish you for going too fast. で、下水津波っていうね、めちゃくちゃ強い技を使ってくるんですけども、使う前に倒していました。装備変更、ティファの風と、エアリスの炎を交換。エアリスの MP 吸収とバレットの配下を交換。バレットの回復とエアリスの技達人を交換。エアリスのピックを、ファイヤーからファイラー。ファイラーをエアロ。エアロラを、範囲化にして、聖なる魔法陣をケアルガにしました。Somersault is pretty versatile and usually takes out some thicker enemies like the TMNT turtles really quick. ここから、クリアまでは、ひたすらボスを倒して、進むだけなんですが、ここのサハリンガマの呪いっていうカエルにするやつがあって、ちょっと食らうとめんどくさい。あと、ちょっと硬い。基本的に、状態異常の治療は、する手段を入れていないので、状態異常かかってしまうとちょっとめんどくさいですね。Yeah, here's a big showcase of the parry movement and running away, how fast we can get through those fights. サハリンにはね、炎弱点なんですけど、だいたいまあ2発ぐらいは耐えるんですよね。治療系のアイテムはまずアイテムが使えないので、魔法に頼るしかないんですけども、魔法入れるマテリアのスロットの余裕もないので、基本的には治療は入っていませんね。なので、かかったらもう、それ以外の手段でご行すしかないですね。It can melt bosses, but if you miss input or the AI decides to move off Arcane Ward, you're in a bad spot. The thing with Arcane Ward is it's really powerful in combo with Synergy and MP Absorb, because it allows you to cast duplicate spells. Normally, ここは Arcane 結 Ward 構逃げられる戦闘というか、まあ、移動が主になってくるので、戦闘が始まったら、まあ、ティファで移動しながら、クラウドとエアリスの魔法で倒すという感じになりますね。この章は、まあ、チャプター10、焦りの水路は、最初のアプス戦以外はボス戦もないので、それほど、アプス戦さえやってしまえば、ザコを倒すだけで終わりますね。まあ弱点はサハリンが炎で、それ以外が氷だったかな。まあ、サハリン以外のやつは適当な魔法を打つだけで倒せますね。カエルになっても強い、カエルになって困るのは、アビリティが使えなくなることなので、魔法が打てなくなるのはかなり痛いですね。Because it's way too hard to hit the damage threshold because you're losing out on 20% like after the second spell. The bluegills, fun. Oh boy, I respect the bluegills. Don't do it. Always respect the bluegill. Oh, that was close. They actually aimed for you there. So if you notice those little bubbles will put you to sleep, and that's just why we say respect the bluegills, because
そうですね。結局、このセブンリメイク強いのは、この、魔法担当のキャラって、マジカルっていうマテリアを2つつけて、魔法攻撃力 50% まで上げたりとかして、魔力を高めて魔法で殴るっていう手法を使ってるんですけど、マジカルのマテリアっていうのが、そんな強力なマテリアながら、すべての周回で合計2個までしか手に入らないので、このマジカルのマテリアのやりくりが結構大変になってくるんですよね。なので、終盤、魔法担当がちょくちょく入れ替わる戦闘になってくると、マジカルの入れ替えがすごいことになります。2個しかないからね。I also have Synergy Fire here, so I can get out enough damage on the turtles to do some cool stuff like this. で、まあ、ちょくちょく範囲魔法を打ってるんですけど、範囲化のマテリアっていうのも、すべての周回で合計1個までしか手に入らないので、範囲化もいろいろと、使い回されることになりますね。そうなんですよね。原作だとマテリアってレベルがマックスになると分裂してくれるんですけど、分裂っていうシステムが今回マテリアはなくって、どれだけ強くしてもマテリアは増えないんですよね。あと聞いてくるのが属性のマテリアかな。属性のマテリアはですね、2個までしか手に入らないです。ほとんど使わない魔法系のマテリアとかはいくらでも買ったりとか拾ったりとかできるんですけども、特殊なマテリアだけは個数制限がついてたりとかしますね。あと、風のマテリアもチャドリーから買うっていう手段で3個までしか買えないかな。4大属性みたいになってるんですけど、風だけは3つまでしか手に入らない。炎、霊気、風地は、4つ以上買えます。先制攻撃が2つだったかな、あと。そうですね。適当にご了承しようとすると、特にハードはきつくなってしまうので、今はあんまり使ってないですけど、ガード強化のマテリアっていうのは結構有用で、使わない、自分で動かさないキャラに、装備させておくと、控えにいる間って何もやってないと、ガードをしてくれるので、ガード強化のマテリアっていうのは、ガードをしている途中で、ガードをすると ATB ゲージが上がりやすくなるっていう特徴があるので、それで ATB を稼ぐっていう手法がよく使われますね。あれは、それを知ってると結構ATB が不足しないで済みやすくなったりします。あとまあ、ハードの道中、RTA だとね、なんかすごいいろいろと考えてやるんですけども、できるだけ本当 MP を減らさないようにやりたいって考えると、大体まあクラウドで、範囲下の、弱点属性の魔法を一時付け替えて、氷弱点だったらブリザード、炎弱点だったらファイヤーやってればそんなにMP が消費することはないですね。あと気をつけるのは回復ぐらいかな。Took together all the memes and made an animation of the remake, and he nailed perfectly our feelings for so ここ、下水を水位を下げたいんですが、下げようとしても動かない。1箇所、動かない場所があるので、ティファとエアリスで、動かしに行きます。ここちょっとしたミニゲームなんですけど、一発でいけるかなここのレバーを動かして、ティファが、ポンプを、上下させて、この、メーターが見えるんですけど、赤い部分を大きくさせます。で、時間が、経ったら、この黒い棒のメーターが動くので、それをその赤い部分に合わせるっていうやつをやらないといけない。あ、これはどっちだ？失敗？成功してる。ギリギリ成功。これの見押しがね、難しくって、
これを一発でいけるかどうか。 Alright, there's two. 失敗。あー、失敗したー。 I'm definitely gonna miss the third one because it looks like I'm being た a だ、 ding だ ding んだん here. 赤い部分は、大きくなっていきます。1, 2, 3, 4. Are you OK、ギリギリセーフ。3回目がめちゃくちゃ早い。 Marathon meme. これを成功させるのが大変。 You didn't get 1-on-1 again, but that was good. That'll do. 1 and 2 were Five very or less. merciful. I really didn't deserve that, honestly. いっ So た。 the first one, あ、 the 行 first きま one し for た the ね。 most 成 part 功 you 成 can 功。 react. As long as you get a reasonably large これ red 3 area, 回 you や can る just と、 flick while you're クリア inside ですね。 that. The next one you want to flick at like ワンミスで済んでよかったです before ね。 the red area because of its speed. こ And こ then the 難しいんで last すよ、 one す you ごく。 want to what are you doing, game? Okay, that works too. Yeah, see, I played a lot of Guitar Hero and like timing-based games, so. あとは、ここラスト、Yeah, I played a lot of it 雑 too, 魚 but I 戦が still あっ managed to て just not be good at 脱 this at 出 all. 下水の If you 脱 got 出 game, 成 that'd be 功して great. 次のチャプターですね。 Yep, we're gonna move every direction but the one I want. That's cool. All right. At least さあ some assault 次 kill. のチャプターがです Didn't ね get sleep. むずいんですよね。 That's whatever. 次のチャプターがねきついんですよ。 That's And yeah, that was good. all right. What I kind of wondering what are こ we の looking ヘル at ハ right ウス here? 以降のボスがかなり普通に戦うと、きついボスの連続になってきますね。アプスとかはそんなでもないですけど。 Okay. この、はしごに手を伸ばしたら、チャプター11、亡霊のいたずら。 I could have got sub 230 if I hadn't have missed one of the pumps. 列車墓場に来ましたね。ここからも基本です。 The pump's pretty punishing. There's a couple of different like small か little な things り、 that 普 kind 通 of に戦うと強いボスが続きますね、 tons こ of こから time. は。 The Sephiroth despawn, or rather the spawn of あ Sephiroth. それを、どのように最適化していくかがポ Some イ of ント these です。 fights, enemies spawn early, and if you're not ready for it, you can end up losing time pretty quickly because it'll put them in spots where they're hard to target. However, if you leave your game on standby, I think there's definitely a memory leak issue with this game. You can keep that ちなみ early に、 spawn この、チ active. ャプター11、ボス So you 2 can 体い very ます often が、 use it. ど But ち the らの first ボ time ス you see も、 it, そ you're こ not そこ ready for 強 it めの usually. ボスになっていますね。 Chapters 4, 12, and 適当に 17やる have と全滅 enemies, 必 and 須 they の all ボス seem で to す be。on the same value. Thank you, look out for the luck. Appreciate it. So if you get one early spawn, you know you're going to get it everywhere else. But yeah, this chapter is probably my favorite two-screen expansion of all of Remake. There was, you know, like the tiny little bits for we were in the train graveyard. まあ、列車 The way 墓 they've 場、 expanded it here, I まあ think, you 原 know, 作の方でも、 feeling and moods ゴーストがよく to, 出て you く know, る part one of Final Fantasy 場所ですね。 that you just didn't get anywhere else in this game. There's a lot of it's, you know, very happy-go-lucky or explosions, whereas this just got that slightly この slower 辺の down, 雑魚敵はどうだったかな。 feeling. It reminds me 法 more of the 則は変わらずに、 GI ゴー cave, ストは which you 人 probably get, you 扱い know, で later parts, こ but の弱 that's kind 点 of the で、 feeling I got モン getting スターは from こういう the 弱点で Untitled よかった where か we're な。 trying to pay homage to the various different kind of feelings that you got throughout the first game, but try and get them all into part one. If they're gonna, the pacing I'm seeing right here, I'm guessing the bare minimum is we'll get the coast to this. ここのまあ、ゴ Hopefully ー we スト get も雑魚敵なんですけど closer to も、 Cosmo ちょっ Canyon と or at 強い the んです very よね。 least into like Gold 攻 Saucer 撃力が and 高め the のモンスターですね。 Desert Coral Prison and stuff. 素早く倒さないと、 All the way to the, 結構 main HP story, 削られちゃいます。 element at the Yeah. 回復入れてたっけ？ Yeah, I mean, if you think about it, because 回 I mean, 復は入れてる I've played か。 the エア OG リスに、 like, エアリスだけ at 回 least 復持 once っ a てるん year. で、最悪まあ And, エアリ like, スが回復はしてくれる。 there's really not a whole lot going on in there. There's story points, but you can see them breaking them down and putting them into chapters. I think the biggest part, what's really going to extend that part 2, is going to be the open world if they implement it. ここのね、ボスがアイテム使えないっていうのがね、結構響いてくるんですよね。 I did that in the worst way possible. Do you want to arrow rush? Get the two behind the train, but I left one of them alive. I should have just nuked them both. That fight always gives me trouble. I need to practice that. Yeah. But my theory for the coming up parts is Aerith will not die where we expect her to, but will again later on in the game to kind of correct timelines or something, so to speak. I think that's the way it's going to be played, so that she's in the game much longer.
I heard a really interesting theory from a random viewer that kind of popped in and was like, "Oh, I solved the game." I'm like, "Okay, let's hear it." And he's like, "Oh, well, he's not going to kill Aerith." I'm like, "All right, what's your argument?" He's like, "Oh, well, Sephiroth knows that it's going to screw up his plan, so why would he kill her? Because she'll be able to activate Holy." And I'm で、 like, 列車の "That 倉庫で is すね。もう legitimately 幽 a 霊 very が good point. If he knows everything 落 that's 書き going し on, て why would he kill her? Because she's more harmed 誘っ and てき dead て than ると。 alive." The only problem with that is that Aerith did, she was successful. It was just Sephiroth was, the summon of the meteor was blocking it. All the black materia was blocking the holy. So they had to kill Sephiroth in order for Holy to get out and, you know, save him from で、 the 奥に meteor. 進むと、なんか子供の幽霊がいて、エアリスが声をかけようとするんですけども、逃げられちゃって、ゴーストが襲いかかってきます。ゴーストが襲いかかっていったせいで、前を塞がれてしまって、回り道をしなきゃいけなくなります。で、入り口も、閉ざされてしまって、閉じ込められてしまいます。We still have some more whisper fights coming up. No, we haven't. で、出られないので、まあ先に進むしかないと。They're very poorly kind of hinted at how to deal with them in the game, but ティファの、 magic is the way that you're 筋力でも開けられ the ない。 game doesn't really tell you that, and で、 just そうする basically と、 gives you a pity 突 timer 然 so you can get out of the fight ライト casually. が開いて、謎のな Normally ん you か end ア up ナウン wasting ス a が lot 流 of れ始め resources in て、 there because it's just not really easy to まあ figure out 誘 what's 導 going され on. ていくんですね。 The trick with them is you use magic damage to pressure them, and then you follow up and stagger them with a spell to stagger and kill, which will make the boss Enigmatic Whisper weak. And then you can stagger で、 that one as 進もう well と if する needed. と、前 But we の got Ghoul 車 coming 両 up がレ here. ッ I カ kind ー of do a で really 持ち上げられて dumb しまって strat. 先に進めなくなります。こ I'm の not レ gonna ッカーを use どうにかしなきゃいけない。I'm going to use a limit with Tifa somersault to push enough damage immediately. And I'm actually going to abuse self-destruct here. ただし、まあ、そのレッカーを操作しようとすると、幽霊が邪魔してて、動かすことができないので、まあ、どうにかしなきゃいけない。ということで、ここのダンジョンを攻略していきます。I'm going to be able to steal a bunch of MP or not spend any here. So let me show it off. Because they're an afraid animation that goes instantaneously. ここのね、神羅ボックスとかなんか手形がついてて、ちょっとホラー入ってますね。で、エアリスがなんか幽霊につけて、戦闘になります。ファイガーで倒しましたね。ここを倒すのに苦戦するとめっちゃダメージが痛い。The game doesn't recognize that Synergy is free, so it detects that I spent MP on fire, but I didn't at all. So we're going to actually get a little bit extra back here too, 141. So I'm actually going to go back to nearly full MP. 箱壊してるのは、MP 回復手段があれを壊すときに出てくるんですね。MP 回復してる感じですね。Yeah, this chapter's kind of full of ghosts, and for anybody who's ever played any one of the way Final Fantasies and well, any of the mainline ones, you'll be used to like there'll always be as a rule some sort of dead or undead character. 装備を like アイアンブレード GI にして tribe います and the ね。OG, the ghosts here, the best way to damage them is actually to クラウドの ATB ブーストとエアリスのマジカルを交換しています。まあ、アイアンブレードにしたっていうことは、まあ、前に使ったアイアンブレードの戦略を見たらわかるかもしれません。敵の技、HP 吸収、消滅、耐性。さあ、ここの基盤を操作するとグローガイスト戦です。グローガイストはアンデッドです。開幕、ティファがサマーソルト、ヒート状態になったら、クラウドは自爆をします。エアリスは、キャルガを、グローガイストに当てることで、ダメージを与えることができます。あ、第2形態いったね。第2形態になりました。HP55% ですね。第2形態は、自爆で溜まったリミットゲージを使って開幕、強切りをします。強切りを当てたら、エアリスでケアルガを2回当てて、撃破。
OK。But yeah, that was very smooth. That was very clean fight because, like I said, as soon as he starts throwing furniture and your characters get hit, he can bounce you. ノーマルとかだったら、エリクサを投げることで9999の固定ダメージとか与えられるので、すごく楽勝。The furniture, like I said, is だっ kind た of り hit し or ます。 miss. But I've had that fight ruined in the back end a few times when I went for Kiriga and he グローガイスを倒したことによって、ここのレバーを動かして、Synergy for whatever reason doesn't activate in レッ that カーを下 fight. ろすことができます I don't ね。 know if it's like a programming さあ、 or ただ whatever, こ but の it チャプ never タ goes ー、 off. これだ So け that's で why 終 I わり have で to はない actually で use す。 cures. Fire synergy probably would be enough to burst through if I そうで did, すね、 you アイ know, テム make 禁 sure 止 to trigger がこ off こでも効 synergy いてく and る。エリクサー self-destruct. が使えないので And ダメージ Cross 源が Slash probably could speed up the fight a little 減 bit. ってしまってるんですね。But since it doesn't activate for whatever reason, regardless of whether it's like wind, lightning, fire, ice, none of them will activate. Because you could say maybe fire doesn't activate because there's so much furniture, but wind さあ、 and ここ lightning から will ボ spawn ス on the 戦ま target. で Neither は of those ひたす activate らザ either. クを倒して The 先 fight's に進 really む weird. It's 感 one じ of に the なり few ま ones す。 where synergy just literally shut off. I'm assuming they must have had an issue with the fight, is my best guess. And then what they did is they turned it off in there before until they figured it out, and then forgot to come back to it. Oh, nice call to arms. 大体まあこの辺で、まあ時間的には半分は超えてますね。転写台を動かしている最中に、雑魚敵がラッシュで出てくるので、敵を倒していっていますが、まあその辺も、適当に倒して、その辺はまあ適当で大丈夫ですね。魔法と、技でうまいこと敵を倒して先に進みます。In the original remake, they are terrible because things like blizzard and wind didn't stick well to enemies. So your best choice was either sleep, self-destruct and hope it works, or just switch to Aerith and ping them a bunch because they are weak to magic and her attacks are. 次のボスがですね、こいつ初めてハードでやったとき、MP じゃないな、かなり強かったですね。通常プレイだとめちゃくちゃ強いボスですね。Even though her magic is insanely high, so she'll get a lot of extra damage out of it. Most of the time, you don't want her flinging normal spells. You want her あれを flinging ま actual あ ATB RTA でどれだけ鮮やかに決めていくか。How much left in the train graveyard? One fight, so it's gonna be like a couple of minutes at most, as long as I don't throw Eligor super hard. This fight can be really stupid, but that's mainly because I'm bad at it. But then again, everybody's bad at this fight, so I really can't be too hard on myself. Yeah, these drakes can not be very fun. But it looks like they're not going to fly out of bounds, so... ここは電車を動かして、マップを進んでいく感じですね。In the original release and remake, before Intergrade came out, if you cast wind would appear in a certain spot, so the drakes would just go, oh, that's nice. もう、目的地まで移動しながら敵を倒す。That's cute. I'm gonna be over here though. Alright, let's do a little bit of menuing here. We're actually gonna see a return of Buster Sword that actually works out perfectly for this fight. So this, that, this. まだかな、もうちょいだね。ここで装備変える。バスター、武器をクラウドをバスターソードに変えて、イカズチを風に変更。マジカルをティファの HP アップと交換。ティファの属性を風と入れ替え。ティファの炎を消滅に変更。ティファのマジカルをエアディスの ATB ブーストと交換。エアディスの炎とバレットの霊気を交換。バレットの技殺人とエアディスの回復を交換。クラウドのクイックをファイヤーからエアロがファイヤーを波攻撃に。エアディスのクイックをファイラからアスピル、エアロからブリザラ、ケアルガから聖なる魔法陣に変更しました。この先ボス戦です。ボスのエリゴル戦、弱点は氷となっています。エアディスは聖なる魔法陣を失敗したか。何か失敗しましたね。エアディスは、聖なる魔法陣をかけて、クラウドはバーサクをエリゴルにかけます。
サマーソルトと、攻撃属性の攻撃で第2形態になる 70% まで削ります。第2形態に移行しました。第2形態、空飛んでいるときはエアロも効きます。風が弱点になりますね。ノーマルではエリゴル、自身にリフレクをかけるだけなんですが、ハードの場合、味方全体にも、リフレクをかけてくるので、回復魔法などをすると跳ね返されてしまいます。まず開幕デバリアでエリゴルのリフレクを解除して、リフレクが切れたら飛んでいるエリゴルは、風も弱点になるので、エアロラなどで削っていき、HP40% まで削ります。ここから第3形態に移行して、エアリスは、エアリスを使ってブリザラを連発して撃破。攻撃なども使ってダメージを稼いでいますね。これでエリゴルは撃破です。そうかな、そうですね、ストライクロッド、ちなみに、こいつ、リメイクでもストライクロッド盗めますね。雑魚敵だったはここの列車破壊で出る雑魚敵ですね。さあ、チャプター12、アバランチの死闘。ここまで来ると、いつもの幽霊さんが邪魔してくるので、まず雑魚を波攻撃で撃破して、本体が出てきたら本体をブリザラ使ってバーストまで持っていきます。バーストしたら、ティファがサマーソルトをしておしまい。ここから、しばらくエアリスの、出番がなくなるので装備を変更していくと思います。ここで装備変更をして、クラウドの武器をミスリルセーバーに変更、イカズチを炎に変更、フージルを、エアリスの配下と交換、エアリスのマジカルを、ティファの耐性と交換、ティファのマジカルをクラウドの技殺人と交換、クラウドの ATB 連携とエアリスのマジカルを交換、エアリスの ATB 連携とティファの消滅を交換、ティファの ATB ブーストをエアリスの空ジルと交換、エアリスの ATB ブーストをクラウドの HP アップと交換、バレットの MP 吸収をエアリスの魔法追撃と交換、エアリスの風とバレットのイカズチを交換、ティファのイカズチをエアリスの先制攻撃と交換、クラウドのクイックをディスオーダーからファイラーの範囲下、バーサクをファイラーに単体、エアロガをファイガの範囲下に、バレットのクイックをサンダガからエアロガに、ティファのクイックをサマーソルトからストップ、リミットをドルフィンブローに変更しました。この辺からね、マテリアルの入れ替えがどんどん激しくなってきますね。道中は、炎弱点の兵士と、空飛んでる、ロボットのみたいなので、まあ、炎で、このファイラで、燃やしていきますね。ここでビックスがね、もう死にかけてて、力尽きちゃった。ビックス。ちなみにウェッジはなぜか生きてました。生きてたので、ウェッジはエアリスと今一緒に、バレットの娘のマリンを助けに行きました。原作だと、ここに来た時点でウェッジが上から降ってきて死んじゃうんですけども、なぜかウェッジは生きていると。Or you can go to their website, oktotalk.org. Yeah, so hard is a default new game plus, so we basically start out with everything. そうです。原作からしたら、なんでこいつ生きてんだってなるんですけどね、これがね、また効いてくるんですよね。Gives enough of a pushback to try and make things hard for you. That エアリスパートですね。ウェッジがなぜか生きているので、一緒に避難誘導ですね。していきますが、シンラーの兵士がね、当選簿しているので、ウェッジ君が必死に訴えかけて、兵士がね、開けて、本当は止めなきゃいけないんですけども、みんなここから逃げろって言って、めちゃくちゃいいシーンですね。
but it allows for a variety in routing, and I think most every hard runner has a completely different way to で、tackle. セブンスヘブンまで行こうとするんですけれども、格好性じゃないけどヘリコプターが落ちてきて、道を塞がれてしまいます。Let's see how your surf goes, yeah. なので、回り道をすることになりまして、別の道から通っていきますね。確か、原作は7番街の人ほとんど、避難間に合わなくって、みんな死んじゃったと思うんですけれども、リメイクだと、なんと7番街の住民、ほとんど避難に成功しているんですね。This whole section here with Aerith walking around, I understand why they've added it in, and it's fine casually. で、まだ、マリンちゃんが、いないということなので、マリンを助けに行きます。Especially in the speedrun now, it really just kills the pacing of the climbing of the pillar. Yeah, it gives me a nice little break to make sure I'm, topped off on my water, get a little bit of sip in there, maybe take a bite out of a snack. Also, gives me a second to refocus. If I tend to tilt a little bit. I mean, most people do, but if I get a lot of small mistakes, if I get a lot of small mistakes back to back, セブンスヘブン前到着。マリンは、バーのカウンターの後ろにいるので、そこで話しかけます。refocus and gather my stuff and not really be like ここで、マリンを助けると、タークスの、スオンさんが待ち構えてて、マリンの身柄、マリンを助けることと引き換えに、シンラに連れて行かれてしまいますね。そこから、場面は変わって、ティファとクラウドが、ひたすら、7番街プレートの上へと進んでいきます。回避できるバトルは、こういう風にスライディングして回避していきます。will normally slow Cloud down enough so that he's in one of those stairwells, and that's where a fleeing state ここを乗り越えるのに敵を倒さなきゃいけなかったので、今敵倒しましたね。みんな悪魔女いるね。You know, it's pretty consistent, and it looks super cool when you actually get it right. So it's really awesome. Normally, さあ、この上に来たら、原作通りのあいつと再戦。It is nice, but it's not something I need. The problem is I need elemental 再戦が待っていますよ。For the boss fight, so I don't want to have to go out of my way to take it off somebody else, put it back on. ここをくぐらないといけないので、敵を倒す必要があります。ここからレノがヘリで銃撃してきます。Tank enough damage, plus use Iron Blade with magic ups that we can basically get a level 2 limit out of it. I could go with Cross Slash here, but the Ascension will be good because Reno likes to move a lot. 大丈夫。ティファはかなり頑丈なので、ね。ヘリはどっちだっけな、炎弱点だったかな。そんなに強くはないので魔法で倒せますね。But having 2 limits turns the final phase into more so a menu boss than a actual ドルフィンブローで。So I fire this guy to kill the turrets, which spawns the Helitroopers. And then I juggle him with Dolphin Flurry. ここを通るのには敵を全滅させないといけない。アクションしないといけないところは基本的に敵を全滅しないと進めませんね。Yeah, and the juggling with the Dolphin Flurry, この辺も本当魔法が強いことがわかる。being able to dodge because Tifa can sometimes poke and cause a dodge animation. Then I can just split a fire gut the flying dinguses and put them down instantaneously. So we're just gonna put Iron Blade on here, and that's it. That's all we need for Reno and Rude, honestly. Also, rip Jesse. Yep. I mean, they're definitely they're definitely not in the final ここでジェシーがYeah. 致命傷を受けて倒れているので見とります。
さあ、ここから先、ボス戦です。さあ、ボス戦の前に装備、アイアンブレードに、クラウドの武器をアイアンブレードに変更しました。あと、リミットをクライムハザードにしてますね。アイアンブレードにしたということは、そういうことです。レノ戦、まずストップをかけます。ストップをかけたらみんなでタコ殴りにします。ある程度削ると、レノが撤退して、ルードが、ヘリに乗ってくぐってくるので、having access to stop in some of these fights can lead to a safe backup. That'll make your life a lot easier, so there's no reason to not go that direction. まさかの原作だとレノだけだったんですけど、ルードもやってくるっていう。Yep, to hit my limit, I need to take a little bit ルード戦は、バレットで射撃。And the rule with Reno here is, above all else, do not let him cast pyramid. Which we might. Okay. 倒さないといけないぞ。あ、倒すの失敗した。ああ、そっか、自爆しますね、これで。自爆して、レノをダウンさせました。あとは、ルードを倒す。ダメージを当たると、ルードに乗ったヘリが落ちてきて、ルードが、ああ、グラさんが落ちてる。無茶しやがって。ルードの形は絶対打つからなってやったら後ろから肩叩かれて、この嬉しそうなレノの顔、ここ好き。さあ、レノとルード、ダブルバトルが始まるんですが、2人になったら、クラウドはクライムハザード、そして、ティフはドルフィンブローをかけて2人同時に撃破して、あ、失敗した。ちょっと失敗した。本当だったら、ドルフィンブローとクライムハザードだけで撃破できるんですが、ちょっと時間かかっちゃいましたね。Because Cloud's a little bit too spongy otherwise. We're going to beat up here. さあ、これで、チャプター12が終了して、チャプター13、崩壊した世界に移ります。クラウドの装備変更、クラウドの武器をミスジルセーバーに変更、防具をチェインバングルに変更、クラウドの属性を、エアリスの、MP 吸収と交換、エアリスの属性と、バレットの回復を交換、バレットの属性と技達人を入れ替え、エアリスの耐性とティファの時間を交換、ティファの炎と風を入れ替え、クラウドのクイックをファイが範囲下を単体にして、ティファのクイックをストップからファイガ、バレットのクイックをカタストロフィーからブリザドの範囲下と、サンダラをブリザラ、エアロガをブリザラの範囲下、サンダーをブリザドに変更しました。多分ね、奏者さんメモある。奏者さん多分これメモ置いてる。With that movement, I'm free to move Cloud around and hopefully trigger the panel drop, which is super nice. This whole section here is, this whole section here, we've also failed at stopping Shinra. まあ、7万ぐらいの人たち、ほぼほぼ、避難成功してるので、大体の人たちみんな無事です。原作だと本当に全滅みたいな話だったんですけども、まあ無事とのことなので、バレットが、それでマリンは大丈夫なのかって言われるんですけど、まだ確証が持てないので、本当はエアリスが多分家に連れてってくれてるんだろうと思ってるんですけども、ちょっと確証持てないので濁すんですけど、バレットはそれで嘘でもいいから無事だって言ってくれよって怒るんですよね。Super Mario RPG, we have an incentive for $500 to watch the credits. Currently, we are at 109, so please get those donations in for that. For Axe Battler, a Legend of Golden Axe, we have a $300 incentive for showing the opening and ending text. We are at $0クラウドとティファはビックスと、ジェシーのことは知ってるんですけど、言えないままでいるんですよね。で、マリンが無事だったのを確認したら、ビックスと、ジェシーも
obviously. 無事かどうか探しに行かないとなって言うんですけど、みんなクラウドとティファはもう知ってるから言い出せなくて。Exactly. So we've got, let's see, Dragon Warrior Randomizer, $250 incentive for shuffling the music in-game. I'm actually pretty interested in that. 5番街まで走っていって、エアリスの家に行きますね。$300 incentive for turning on Big Swamp mode in Dragon Warrior Randomizer. 75% of the world is now swamp, but only if we raise $300. そうですね。さっきのレノとルード戦のところで、7番街プレートはもちろん元と同じ通り、守りきれずに7番街プレートは落ちて、被害がすごいことになってますね。Then let me make it a little harder if you want to see that. 75% of the world map swamp. Go ahead and get those donations in for Big Swamp Flag for finals. How much more time do we have? A little bit more of a walk along. Okay, all right. So also for Dragon Warrior で、Randomizer, マリン we've は got ちゃ a ん big と無 war 事に going ここ on にい for ましたと。 the sprites that will be used. Currently, the で、 winner じゃ of あ、 this どう war す are る the のか Mario ってなっ sprites て、 at まあ、 $5. So right now, とりあえず honestly, 7番街の anybody's game. 7 If you 番 want 街 the に行っ Dragon て、 Warrior 1, 2, 3, or 4 sprites, or the Final Fantasy 1ウェ sprites, ッジたちが or 無事 the かどうか Pac-Man sprites, 見に行っ get てい in ま there す。 now, get those donations in. もしかしたら Let's raise that money. ウェッジがまだ見つかってなくって、 I would get the Final Fantasy sprites in there, but that's 生 because きてるかもしれない。今探しに行ってるところですね。Yep. で、どっから行くかっていうと、エアリスたちが避難してたところがあるっていうことなので、そこを使って、7番街へと向かいます。End of chapter 13, so we're just going to throw out spells with reckless abandon. I did swap out elemental for. Go ahead. Sorry. I did swap out fire elemental for fire MP absorb. It's not super useful here because Cloud's MP is not really important. Some cases it will lead to him being at full MP, so you get that 20% damage buff. But for the most part, it just it doesn't really add up here. It could have been good in the previous chapter because it would let me stay at full MP most of the time. And 2時間ほど really です shines as ね。 chapter 14 because then I don't need to micromanage MP. まだまだでも、The only person I need 難 to 所 worry は about is Tifa. たくさんありま He's す。 got the cures on. But yeah, この normally you would 章、 think switching to Tifa here 13 would be the 章 best は、 because それほどでも you ないか actually are な。 limited with how far 主 you に get バレ away, ット but とティフ because ァ of the dodge オンリ rolling ー and の how キャラク aggressive ター some な of の these で、それ enemies ほど are and 強い damage 敵は出てこ values な and いです。 stuff, it's just easier to do this まあ、陥没とロートを追 yeah, って、 you see that feast right there? That's exactly what you're afraid of. 7番街へと向かってい That ま could す have ね。 easily grabbed Cloud if I had been 特 on にギミッ Tifa, クなどは because な it く、 probably would 敵を have woke 倒すだ before he けで started casting OK the です。 spell and would have got grabbed. No spell, 4 enemies still left. Lots of fun. Nothing but a little bit of anger and sadness at that point. Also, if you have any ただ、 like 7番 photosensitivity, 街が、 like 崩落 extremely した bright, ことによって especially 若 extremely 干、 bright flashing 地 lights, 形が変わっ moving into て the いますね。 underground lab in this portion with Barrett, either I would equip some sunglasses, which is what I'm going to go with the sunglass strat, or just leave for a couple of minutes, or just like not look at the screen. It's pretty intense for whatever reason. They just did not like tune the brightness properly. I'd imagine it's either something to do with particle effects or the HDR for like the high definition range and stuff. So it's just extremely bright, and it's like, oh yeah, everybody's going to play in graphics mode, not performance. ジェシーの実家は確か7番街なので、多分、確証は持てないですけども、落ちてますね。上の人たちは避難できてるのかなっていうのは不明です。Yeah, I used to use the no screen strats. でも神羅のことだからな、多分避難させてないよなっていう。So we're gonna do it the old-fashioned way and sunglass through it. Imagine needing to use sunglasses. あとジョニーの家族も安否がわからないですよね。それまでは父親とかは結構ウォールマーケットとかに行ったりするんですけど、さあここは野生の高木渉さんのなんか住みかみたいになってるのでまた出てきます。
Yeah, yeah. ま Normally, あ、瞬 I've 殺 been ですね。 practicing with the cam for the speedrun events, but they didn't need it for this one. So you guys get to see so much more of the game rather than me big face. So 野 rejoice. 生の You たか get り to を渡 enjoy る the。gameplay な instead ん of か me. ね、そうなんですよ。ベグとなんだったかな、なんか、っていうね、謎のなんか名前があるモブがいるんですけど、その声がね、たかり渡るさんの。I had to think about that for a second to make sure I wasn't being premature. Should be ice. Yeah, let me double check that. Yeah, okay. A little bit of a hesitation. When I get towards the end of the あ、game, I'm usually 陥 pretty 没道 quick 路 with 抜 the けたので、 menus, クラ but ウドの範囲化 if と you バレットの属性を miss 交換。 miss a quick バレッ stuff, トの you 封 get じる punished とク pretty ラウドの hard. 先制攻撃を交 Like 換。 my クラウド skill の ads マ and ジカル side と are バレッ right トの next to 技 each 達 other. 人を交換。 So if I'm バ not レットの careful, 蘇 it 生と gives クラウド Tiger の on マ the ジカ cloud ルを instead 交 of 換。 Skillmaster. バレットの風とエアリスの霊気を My 交 first 換し couple ました fights are ね。 going to be really slow. バレットが、今、 Because, 魔法主体 we're の going to use ice magnified マ because a テ lot リア of 編 enemies 成に here な are ってい weak る。 to it. Barrett doesn't have high enough magic stats to get away with like using wind or lightning, like you would in other places with like Aerith or Cloud. So we're gonna have to use ice. So this is probably like this could showcase why we avoid ice late game. Early on, the dogs are weak to it and won't dodge it. About now, they start まあ、 deciding バレッ ice トの is 特徴として they は、 actually realize バ they're レッ weak ト to it は、 and start dodging it on a 50-50. The only way to HP が like keep 高く them て from dodging MP が it is 低い whether キャラク pressure ターにな them っ and て hit るの them on the で、 ground with it. 変に、 Or, 下手に、魔法を使っちゃうとすぐ魔 cast 法 it が at な them く while な they're っちゃうタイ rushing プな at の you. で、まあ、MP の Yeah, I 管理 believe には注意 the しない guard といけないです dogs ね。 are they don't dodge as much as the bloodhounds, and the bloodhounds are そうなんですね。 not 多 nearly 言 as 語だ good. と高地さんじゃない Yeah, からね。 bloodhounds あ、こ love いつ to 高 dodge 地 pretty さん much やんけって everything. なるん And ですけ there's a ど。lot of there's a し lot of か the も、 environment that 普 is 通に RT やって staircases も、 and 今はもうこの時点で raised, 3回目 ice ですから doesn't ね。 go around that. So if it hits a staircase, it'll put the bomb up on the staircase and not on the enemy. So gotta watch out where you are throwing spells. サブイベントを進めると最高4回で、道中でも何回でも復活してたっけな。 If it hits anything, it'll create the explosion effect or create the ice cube and then the さあ、 explosion. 崩れ落ちた、 But it 7 doesn't 番街に do the damage calculation, it just does nothing. 到着し Kind of ま a した。 shame. And fire has an unfortunate effect that if it hits 逃 a げ遅れ wall, ている it 住 eats 民 all を、 the splash damage. So 探し even つ if つ、 you think OK like と進ん the でいきます。 explosion off the wall would kill the enemy, no, it doesn't. It just hurts the wall a little bit. 原作だ Sometimes っ you'll た see the まあ、 Blizzard like land in the floor and it'll like duplicate 崩落した後の7番 You'll 街 see っ the て dogs 見ること standing は there で and きな they're かっ like, たんで why す are け they ど still も、こんな alive? 感じになってたんですね。 What did I do to deserve this? もっと、 you あれか played な、 Remake, 避難した but 人がい you ないから deserve もっ it. と悲惨なことになったかもしれない Decided で to す。 run this game. Yep. Congratulations. Running this game was one of the best decisions I ever made. 元の方は多分誰も気づかずに I love it, but there's so many 巻き込ま things れ you て have ま to すか like らね。 finagle when you're speedrunning. Yeah, You very yeah, often have to like very much gently caress で the game into doing what you want. 進んでいく As soon as you と、 try to ウェッジ manhandle が it, 飼 the って game いた goes, yeah, 猫ちゃ no, ん I'm が not doing that. いるので、 This is 猫 your ちゃんが kind of ね、 Go ahead. This is your kind of 30 seconds Ah, warning. no. We're about to get into the Yep. really flashy bits, folks. 先に So 進 if ん you で、 need to put sunglasses 誘 on 導してくるん or です we'll ね。 let you で、 know そう when す it's る kind と、 of safe to see the screen again. 地下に Should 空 be 洞ができてい 5, て、 10ここを minutes. 進 10むこと minutes に is なり super ます。 safe. 5 minutes should be about right. 5 minutes is yeah. 5 minutes is where it is. Well, it's me sometimes. まあ、 I 7 make 番 this the 街の地下 hardest は segment ね of、all. Yeah, so this is 神 fun. 羅の This 実 is 験施 actually 設 part of に the なって reason いる。 why I have to switch to EKG で、 cannon. ここ You で、 can't ウ break ェ those ッジを発 barricades 見し with ますが、 physical melee weapons. また崩落が始まっ Shooting ちゃ a って、 helicopter is nice, バ but レッ it's ト not, と you テ don't ィファ have が to have the gun to do that. It こ just の makes that a 地 little 下 bit に easier. 落ちてしまって、バレット単体で The の、 barricades here you have to break with bullets. 戦いになり As ま you す。 won, I break the バレ horn, ッ but ト I は don't 前 actually 転 need to す do るより that. も So 走っ it's た not 方が早い necessary, ん but で the すね、 problem これ is は。 here I need it, and Valk, I need the range あ、 for, 遅いね。 because I have もっ no さ other り way して to る。 build バレットは ATB 走った方が very 早いけ serious. ど、それでも One 遅い of で them すね。 that took a long time to exit. Focus shot has a bigger explosion radius if you dump 2 or more ATB into it. Yeah. Yeah, I'm dead serious. ぶっ I used 放 that し to たけど like, 敵は I 全 ended 滅 up しなか taking っ my た。 migraine 敵全滅 medication さ after せ I did て、 this segment. That's why I ここだけ switched over to あれです sunglasses. ね、視覚ボタンを Yeah, 押 I す also と、 suffer ガトリング from で migraines, so 瓦 yeah, 礫を there's 破壊 very すること much ができます。 if you need any warnings about it, we do want to make sure that
do want to make sure that people are safe and okay. ここのワンコがね、またちょっとめんどく The さい reason I go ん with ですよ Blizzard there is because he usually will dodge the one, but if I follow up with another one right after it dodges, it'll get tagged by the other one.
doesn't do enough damage to kill, but it is consistent in causing a stagger, so I can fix the problem from there. We're gonna go with Blizzard, I think. Yeah, that should kill the bugs too. ね、チカチカしてますか？大丈夫かなみんな。You need to micromanage Barrett's MP a little bit. Alternatively, you could toggle everything off of him at the boss to Tifa. It will result in a higher damaging output strat, and it'll make MP management not a problem at all. But I decided that's why I Blizzard right here. That feast right there. 大体まあティファが来るまではこんな感じ Rarely です do ね。 they show it, but it's enough to scare me. Should be good here. Okay, nope. So a lot of these I'm trying to get away with using Blizzard. Blizzard would be a bit safer because of its much wider explosion radius. ああ、そうそう、バレット、英語でもあれなんだよね。This is what Wind used to do. あれなんですね。敵を全滅させた後、ファンファーレ歌ってくれるんですよね。チャ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 チ
previous. Are you gonna? Of course you're. That was a really bad commit. Yeah, Blizzard usually writes them out 77 MD. Okay, I'm happy with that. I'll just not use any on the sweeper fight. Or cutter fight, excuse me. So Barrett with EKG, Tifa with Metal Knuckle, Cloud with Hard Edge, and Aerith with Mithril. ここでティファを発見しますが、虫が邪魔をしているので、虫の巣を破壊する必要があります。虫の巣は、ここからノルックでクレーン破壊した。破壊して巣を破壊しましたので、これで合流ができる。ここから足の速いティファが加わりましたね。ここ3つあるんですが、真ん中を破壊。横はアイテムがあります。回避できるのはスライディングを得たティファがスライディングして逃げると。ここで出てくるカッターマシンですが、雷弱点なんですが、魔法を当てると魔法カウンターでサイレスガスというのを当ててくるので、サイレスに注意。サイレスにかかってしまうと、こいつを倒すのが非常に面倒になるので、サイレスに注意しながら倒します。0 for 2. Both runs I choked that stair. That blind, I don't know. I usually don't miss it in runs. I guess it's just the marathon nerves or something, I guess. これで終点かな。So this down here is the base of Deep Ground, otherwise known as Reactor Zero. 終点ですね。ここで、またウェッジのいるところに来るんですが、ボス戦のアノニマス戦。雑魚敵のネムレスを撃破しつつ、先へと進みます。ネムレスは攻撃弱点なので、範囲緩和魔法で、バーストさせながら倒して、バレットの、リミットゲージを稼いでいますね。このムービーを、2回ほど繰り返すと、上に上がる、ムービーが流れるので、そこから、ボスのアノニマス戦が始まります。Interaction boss. Oh, that wasn't bad. Oh, there you go. Yeah, actually pretty good. So I'm gonna Omni Strike here. It's a little bit stronger than True Strike, and I can also use Unbridled Strength to get it ahead of time. ネムレスの集団は範囲下のブリザラと、単体で倒す場合は単体のブリザラで撃破するので、それで OK ですね。アノニマス、攻撃弱点です。こいつですね。I leave it on Feathered Gloves because it's a 70% chance, so I think it's pretty reasonable to go for it. We want to Blizzard. I did it wrong again. まず、ティファは爆裂剣とブリザラで、アノニマスにダメージを与えていきます。ブリザラも入れて、これで 90% まで削ると、形態が変化します。第2形態になったら、カタストロフィーを、バレットは打って、オーバードライブ。
まだか。第2形態にこれで移行しました。第2形態は、まずバレットがカタスト、ブリザード打ってる。ブリザード打って、カタストロフィー、オーバードライブ、ドルフィンブローで削りきれてますかね。削りきりましたね。バレットはブリザラも打っておりますね。これでアノニマス撃破です。これで、ウェッジを運んで、ウェッジ君は行ってました。ウェッジ君は行ってたので、運んで、チャプター13が終了。さあ、そろそろ終盤戦。終盤戦といってもまだまだボスはいっぱいいます。中盤というか、まあ、あれだね。新ラビルに突入するところですね。さあ、まず、じゃあ、新ラビルに殴り込みに行こうという、エアリスを助けるためにね、新ラビルに殴り込みに行こうということで、まず、新ラビルに行く方法を考えます。と、ここで装備変更。クラウドの属性とバレットの配下を交換。バレットの先制攻撃とクラウドの封じるを交換。クラウドの技達人とバレットのマジカルを交換。バレットのマジカル2個目とクラウドの蘇生を交換。バレットの霊気とエアリスの風を交換して、エアリスの HP アップをティファの耐性と交換。クラウドのクイックをファイラ。ファイラ単体をファイガの範囲下に、バレットのクイックをブリザードの範囲下、エアロガ、ブリザードの範囲下をエアロガに、ブリザラの単体をバーサクに、ブリザラの範囲下をファイガに、ブリザードの単体をアンガーマックスに変更。ここは、エアリスとティファの好感度によって、キャラが決まるんですが、ティファとエアリスの好感度を上げていないとバレットになります。エアリスかティファかバレットが決まるんですが、大体3章のミッション、それと、エアリスが仲間になったところのミッションを、クリアしたかどうかで、大体決まりますね。全部こなしてたら大体ティファになるかな。さあ、ということで、信頼のことを知ってそうなやつと言ったら、コルネオだよねっていうことで、コルネオに会いに行きます。さあ、ここで出てくるのが、名前なんだっけ、キリエだっけ。この子は、レズリー同様、小説版のキャラですね。stop a little bit quicker because it'll basically avoid having to 小説版というか小説のキャラですね。So it's a really neat trick. Cloud can end up getting bullied pretty hard though, so it's a hit or miss. It really depends on how チョコボヤを使ってウォールマーケットまで。You could go for Fire Magnify. It will take care of the other ones, but you have a smaller explosion radius, so it's very much less likely that you're going to get the kill. コルネオの館へと向かいますね。Abzu 1 or Abzu 2, so well, it does melt Abzu 1 as well. The only problem is timing it so that it melts both phases at the right time. But yeah, Abzu 2 is one of the harder bosses because you're micromanaging a bunch of ads. You would think just kind of like pare them down as you go. ただ、これで大体ボス戦は半分ぐらいかな。You start with like 5 or whatever, and then they go, oh, okay, here, have 6. Oh, you're on the final phase? Here, have 7. So if you kill any, they just get respawned immediately. So it's like, yay, I hate this fight. コルネオの館に入ると、コルネオの館の中はもぬけの殻になっています。Big shocker. Nobody likes Corneo. Oof. で、奥に進むと、レズリーが、コルネオの場所を知ってるのでついてきてくれというので、ついていきます。レズリーはコルネオに恨みを持っている人だったので、復讐は俺の手で果たさせてくれっていうことを言っているんです。So a lot of these areas I'm going to be
melting everything with fire, magnifying. まあでもレズリー With は、 MP absorb, I don't 戦え really ない need to の worry で、お about 前らが rates やってく anymore. れ I って used to have to micromanage my MP pretty heavily here. 言うので、先に敵を倒して進みます。So, hey, Tifa, you can finish this off. If I manage to time that right and Barrett actually rolls, I can stagger the turtle before the fire gets off, and he has a little bit of a damage range, but like I find it very often it kills. But there, Barrett decided to fire that off immediately, so このショーは、まあ大体ボスとかいるけど、サハジンとね、this is probably one of the coolest movement. アプスベビーがめんどくさいんですよね。 Oh lord, yep, that's fun. See that Barrett getting melted over there? Yeah, that's what can make this segment pretty unfun. Would he get stuck in the poison pool, maybe? I don't know what happened, but he lost almost all his HP, so that's funny, I guess. And coming up, we have the shorts. Yeah, all the reasons that we've not been able to hit a ladder or get onto stairs correctly. もう戦闘入ったら速攻ティファに切り替えてひたすらスライディングがそろそろ上等手段化してます。 Greasing all of the ladders, and that's why we just slide off of everything here. So we're like, oh, we caught him greasing up the ladder. And we're like, he's the one that makes this so dang hard. Get him! That's why we're chasing him. 階段登れないので、ここは敵を倒すと。もともとは、鍵を拾ったところかな。最初に潜った時に。で、まあ、ジェシーの落書きにここ救われたんだよな。So you gotta be careful when you're healing here, because there's a lot of like places where it can slow things down. So if you just you just throw out heals, can lag a character behind, which makes a cutscene take a long time. See kind of like how everybody had to be in the right position. Leslie ended up having to turn around. That kind of shows off that some of these can be really obnoxious, but they're super nice. When you know, I thought for a minute there these scissors weren't loaded properly, and I was about to get like really worried. If you don't see the enemy's model, their hitbox isn't there, and you can start fights without the enemy's hitbox loaded, and it's not fun. Very, very not fun. Doesn't happen often, but it does happen sometimes, and you need to be aware of it. Triple slash is really good for that. これで、a little bit of extra damage over コルネオの住みかの、隠れ家まで行ったら、このレズリーが持ってた鍵を、アプスベビーという、まあ、アプスの子供みたいなやつに持ってかれてしまって、それを今追いかけています。Probably, all I need is around 21 MP with Tifa. このアプスベビーがちょっと厄介。But the Intergrade is the PS5 version. HP も若干なんか強い、敵ぐらいにはあって、攻撃力もかなり高めで、めんどくさい敵ですね。ただ、アプスベビーは、炎が弱点なので、範囲下のファイラで焼きます。焼けば、まあ、比較的スムーズに突破できますね。こいつがね、ほんとね、めんどくさくて、最悪全滅するんですよね、ハードだと。I got Barrett rolled into the sleep spine. I was wondering why it was still alive, and that explains it. Respect the blue goose. I did. The game didn't respect me. なんか食らってるなぁ。麻痺かな？麻痺だったっけな？ We have a wild foxy that's in chat. The community's major bug hunter. なんだっけ？何してくるんだっけな、この雑魚。So we'll go over to Tifa here. Uh-oh. I'm not really happy with this. Okay. I was really worried about that. Oh, what? What am I doing? Oh no. あんまりそうですね、地下道にいい思い出がない。リメイクやってると。このカニも硬いし。で、ここね、うまくスライディング決めると、この逃げる泥棒アップスよりもね、早く進めるんですけど、今回、抜けませんでしたね。うまくいくと、あいつよりも先に進めるんですよね。Yeah, speaking of bugs, now that you've reminded me, I'm not going to get to show off the only one we have in the next chapter. It's a good thing you brought it up, because I would have just absent-mindedly did it no matter what, without really thinking about it. Oops, that could have been bad.
で、煽ってきますが、まあ、ゆっくりとね、挟み撃ちにして、捕まえてやろうって感じですね。ただし、まあ、逃げられてしまいます。さあ、ここで、中ボス戦の、泥棒アプス戦。泥棒アプス戦、ダメージを与えると仲間を呼ぶんですが、ファイがオーバードライブ、ドルフィンブロー、クラウドの ATB ブーストして、ファイラで、仲間を呼ぶ前に倒し切ります。これうまいですね。仲間を呼ばれるとちょっと時間かかってしまうんですが、ちゃんと仲間を呼ぶ前に倒し切りました。さあ、これで、近道を通り、先ほど、鍵を奪われたところ。まで戻って、コルネオの、隠れ家まで行きます。MP はしっかり回復して、さあ、ここからボス戦。It's hard to maintain the same route between PS4 and PS5 without just being like, oh, it loads quicker or slower. At the beginning of the chapter, we get to take on again. Yeah, with all his little buddies. Yeah, because what you want with a boss is 100 ads. Yeah, and then them to respawn literally every phase, regardless of whether you take them out or not. 待ってろよってレズリーが言って、先に進むんですが、まあ、待っても戻ってこないので、追いかけたら、レズリーがピンチになっていたので、助けに行って、行ったんですが、コルネオがここで、アプスを呼び出してきて、アプス戦です。今回のアプス戦、アップスベビーを、大量に従えているんですが、まずアプスにバーサクをかけて、ファイガとぶっ放すで 75% まで削ります。今削りましたね。削って第2形態に移行しました。第2形態に移行しましたら、ファイガを連発して、形態移行をする、45% 削ります。ファイが、オーバードライブ失敗した。45% まで削らないといけないんだけど、ATB がちょっと無駄になってしまいましたね。HP 大丈夫かな。あっと、ティファが落ちた。大丈夫か、これ。I threw that Star Shower way too early, so I missed with it. I was hoping going into another Star Shower would get close enough and do enough damage. ティファ復活間に合いましたね。さあ、これで第3形態。ちょっと危なかったですが、無事3人いってますね。さあ、倒しきれるか。第3形態は、開幕、ティファでオーバードライブを使ってからドルフィンブロー。その後、バレットがアンガーマックス、クラウドはファイガーを打って、これでうまくいけばフィニッシュ。OK。か ?OK。ギリギリでしたね。Yeah. Normally, I could set up to get a fire gun in the final phase. I really need to be careful in phase 2 because you're relying on fire gun at multi-hit. これで、次のチャプターに移る前に装備を変えます。Because you need two things. You need both fire synergies from Barrett to fire off, and you also need あれ装備変えない both moves from Tifa to hit when. Just remember, you do want to climb up. チャプター15落日の街。装備を多分変更しなきゃいけない。装備変更すると思います。クラウドの炎、範囲化の方、風に変更。クラウドの炎、MP 吸収の方、敵の技に変更。クラウドの MP 吸収をエアリスのイカズチと交換。エアリスの回復とバレットの封じを交換。バレットの炎、イカズチに変更。バレットのイカズチと風を入れ替え。
風プラス属性防御にしています。ティファの炎をビジョンに変更。ティファのビジョンを風と入れ替え、クラウドのクイックをファイラーからエアロラ、範囲に。ファイガの範囲をサンダラに。ファイガ単発をエアロガに。発砲撃をエアロガの単体に。バレットのクイックをバーサクからエアロラ、ファイラーをアレイズ。ティファのクイックをファイガからエアロラに変更しました。さあ、ここ本当はグリッチを使って楽々クリアすることはできるんですが、グリッツによって、グリッチを使わないでここを突破するという、グリッツが達成してしまったので、グリッチを使わずに、真正面から倒しに行きますね。どうするんでしょうね。ちなみにですね、グリッチなんですけども、2回目のワイヤーを打つ場所で、ティファに押されながらワイヤーを発射すると、位置がずれて、本来降りるべき、足場、本来降りるべきとちょっとずれて、足場が崩れるイベントが発生しなくなりまして、そこから、クラウドは、翼を授けてしばらく空のお散歩へ移行するというグリッチを使って終盤まで行くんですが、これを使わないということなので、真正面から突っ込んでいくクラウドさんをお楽しみください。いやー、ここね、本当はね、見たかったですね。初めて見たとき、ここまで真面目に攻略してきたのに、いきなり壁を抜け始めたので、壁を抜けるというか、空を飛び始めたので、びっくりしました。さあ、レーズリーからもらったワイヤーを使ってね、上へと進んでいっています。そうですね、毎回装備変更が呪文の詠唱になるっていうね。多分しないと思うんですよね、グリッチは。さあ、ここで、ついに出てきた、野生のソルジャーサード。ソルジャーサードは HP が高く厄介なので、魔法を使ってドルフィンブローで、本来クラウドは自爆をしてグリッチに挑むんですが、グリッチしないから、ここは一応セーブするんですね。一回やったりしないかな？しないよね。ここですね。ここで、わざとティファンに背中を押されるように、ワイヤーを打つと、本当は、やった。そう、こんな感じでイベントが進まない状態になるので、このまま進むと空を飛ぶことができます。空を飛んで、ほとんどの戦闘を無視して進むことができるんですが、今回はこれをやらないで、真正面から進みます。And something I would do. So 100%. I think it might have been because you save loaded there and you actually ran at full speed. Yeah. And you still got past the dialogue trigger for Barrett. So like I guess there you go. Save load abuse. Yeah. It's a little bit quicker, but you lose the. So we'll do this. Let me see here. No, I don't want to be on Barrett yet. やばい。ちなみに僕は、カンペは、このグリッチを使ったルートを使っているので、実は、ここから先知りません。ただ、ルート的にはここで、足場が崩れて敵を全滅させる必要があります。ここね、落ちるルートだとソルジャーサードがめんどくさいんですよね。That's not what I wanted to do there, but okay.
So we got a Shinra Company iron-on patch provided by Wolf and Wings. That is a $5 minimum donation. We have a final everything. Okay. とにかくここの敵が厄介です。そしてですね、ここのボスも難所の一つとされていますね。というか僕もここのハードは一番多分全滅したところですね。Provided by Crystal Faye, $5 minimum donation. Oh, great. いやー、ここグリッチなしで進んでいくルートとか見られるとは思わなかったですね。Yeah, so this section. Give me a second here. I gotta itch my ear. Having a bud in here forever. 何分ぐらい変わるかな。Hard. So give me 1 second to plug my headphones back in. We do have an incentive for watching the credits of Super Mario RPG. That is a $500 goal. We are currently sitting at $109. So please get those donations in for that if you'd like to see the credits for そうですね。 Super Mario 空飛ばなくなったとは言っても、やることは敵を全滅させながら道を進んでいくだけなので、この雑魚敵がね、ちょっと厄介なんですよね。バーストすると通常攻撃が届きにくくなるっていう、すごく面倒な敵だったり。そうですね。特にあと空飛んでる空中兵とかもすごいなんかめんどくさいし、ソルジャーサードもめんどくさいし、出てくるなんか中ボスっぽいロボも強いし、あとなんだっけな、空飛んでる雑魚もね、かなり厄介な敵が多くて。ハードで突破するの結構きつめの章ですね、ここは。I lied. We're using arrow in this case. Sure, we're using wind. Wind will work though. ここまで今のところまでを確かスキップできるんだったかな。でね、このグリッチスキップって何がいいのかっていうと、そこまでの敵が湧かなくなるんですよね。グリッチスキップはここまでがグリッチスキップできるんですけど、ここからは通常ルート。だから何分ぐらいかな。5分、10分ぐらいで済むのかな。ただ、本当にここに湧いてるモンスターとかも湧かなくなっちゃうんで、ただ走るだけになるので、戦闘の分も、この後スキップされていくので、まだ削れるんかな。Really? Dude, why is this so locked out? グリッチすると、ここのイベントまでは全部戦闘がカットできて、ここから先は、同じです。ただ、ここ撃たれるとめっちゃ痛いですね。うまくいかないとこんな感じでもうひたすら撃たれ続けるっていう。ちなみに撃ってるのはヘリガンナー。原作でも出てきました。神羅脱出するときにエレベーター乗ってると出てくる、ハンドレッドガンナーと一緒に出てくるやつですね。
So these blastoids are actually, not the easiest enemies in the world because they cast this kind of AoE effect around themselves that pushes you back out of the battle. And it can make it quite difficult to get close. Because we know this, we've got strats where, as you saw, we took them on at 10分から range. 15分ぐらいは And 多 we 分 were 変わると using 思うな。 attacks that we knew would get through, but it's very easy on your casual run through to struggle with those guys. Yeah, and this is part of the game, especially chapter 15 is really chapter 14 to an extent, but chapter 15 is really when the enemies start getting a lot tougher. These guys here, the elite helitroopers, they like to dodge a lot of the attacks of fire, so we use wind on them because it'll stick to them. And then upcoming here is going to be Valkyrie. That's not what I wanted to do. Pretty tough boss. 空中兵はあれですね、風弱点なんですけども、下手にエアロを当てて倒そうとすると、エアロって当たってからエアロが発動するまでラグがあるので、空飛んでる相手になかなか当たらないっていう弱点があって、非常に扱いづらいんですよね。エアロやエアロガだとなんか結構当てやすいみたいですけど。さあ、ここを登りきるとボス戦、ヘリガンナー戦です。まずは逃げていますね。ちなみに、弱点は、ノーマルだと風と雷が弱点なんですが、なんとハードでは、雷弱点が消えて風弱点のみとなっております。風魔法を打ちながら、ティファはビジョンを打って、ATB ゲージを3本にしています。これで、次の、第2形態へと移ります。こいつがね、強敵なんですよ。第2形態、同じようにエアロガで削っていきます。60% まで削っていきます。60% までダメージを与えると、第3形態へと移行します。ダウンした、ヘリガンナーが、家電粒子砲を撃つ、ドローンを上に打ち上げて、こいつ自体は対魔法モードという魔法が効かなくなるモードを展開しますが、家電粒子砲を、こいつヘリガンナー自体に当てることによって、バーストをさせます。で、バーストをさせたら、聖剣付きで倍率を上げながら、エアロガとドルフィンブローを当てて、削り切ります、ね。OK。おー、難所超えましたね。さあ、第16章、新ラビル潜入。さあ、ここでもビットが、ありますね。達成したやつは。装備変更が、クラウドのクイックが、装備変更ないや。クイックのエロガをね、単体から範囲化、範囲にしています。で、ここからは入り口を突破までは、いつも通り。そうですね。ヘリガンナー戦は特に家電粒子砲をヘリガンナーに当てるっていうのが難しくって、あれが多分スムーズにできれば、だいぶRTA としては楽になると思います。ハードの僕の通常プレイは、それができなくってめっちゃくちゃ苦戦しました。時間がかかるとね、状態異常がめちゃくちゃ厄介なので、睡眠ガスっていうか、眠りとか、状態異常を付与してきて、眠ってる相手に家電粒子をぶち込んでくるっていうとんでもないやつなので、時間かければ本当に、時間かかると本当に苦戦するボス、あいつは。でサンダーでご了承、サンダーは当てやすくてよかったんですけど、エアロに風になるとエアロがね、めちゃくちゃ当てづらくって。全然こいつ強くない？Risky. It's not as bad as it looks on paper. Wouldn't be unfair to say that this section here can look a bit like spam everything, but it is actually planned and coordinated.
Yeah, you have to really specify your targets because a lot of the times you'll さあ、ソルジャーサードはいます that's が gonna be taken out 魔 by 法 whatever で magic you throw at it 倒してます anyway. ね。 So you gotta really choose your targets correctly, even though it does look like a whole. ちなみにまあ、ここもなぜかね、シンダービルの本社なのに、なんでか知らないけど、ソルジャーがサード、ファースト、セカンド、サードって配置され、一番下のサードしか配置されていないっていうのは、ゲーム的な、メタメタ抜いてもなんでファーストとセカンドいないんだっていう謎の場所ですね。さあ、入り口まで来たら、装備を変更します。あと、ついでに回復してるか。さあ、イベントやってから行く。はい。で、ここで装備変更ですね。クラウドの武器をアイアンブレードに変更。クラウドの防具をティファのフォースブレスと交換。クラウドの空いているところに範囲化を入れまして、クラウドの範囲化とバレットの属性を交換。バレットの回復とイカズチを入れ替えて、回復プラス範囲化にします。で、クラウドのクイックをエアローラー範囲からディスオーダーに。サンダラを破攻撃に、エアロガを自爆に、エアロラ単体をラフィッドチェーンに、バレットのクイックをエアロガからカタストロフィーにして、エアロラをサンダー、ティファのクイックをエアロラからバーサクに変更しました。さて、ここから、鍵を、カードキーを手に入れなきゃいけないっていう状態になったんですが、さっきのホールにカードキーがあったぞっていうことなので、じゃあ、ティファが取ってくるよっていうので、サスケが始まります。Yeah, I'm gonna have to break in. I see the comment in the chat of Sweet Peep saying that Tifa is the best girl. I'm gonna have to hard disagree on that, and Aerith is definitely the best girl. Stairs, yeah, stairs. Can I just say, I love them both equally. I did buy some fan art, and all I bought was Aerith and Tifa. Because I love them both equally. Fair enough. 1回目はここを行こうとするんですが、失敗。It's kind of strange in your casual playthrough. The game's not very good at indicating where to go, so you can see 落ちてしまった。ということで、ここから、車の上を伝って、謎のサスケが始まります。And then we have another nice little monkey bar section here. I like to call it Tifa time, just because I like alliteration. I think it's fun. BGM もね、なんかすごいなんかノリノリな BGM が流れてて、なんかテンション上がるんですよね。We don't get so much with Aerith. I'm hoping we get more of that in future, but no, you do get quite a bit of time with Barrett and Tifa as the primary character, and it's kind of cool to control them. I'd also like to point out here that the remix of this tune in this entire section is absolutely fantastic. Yeah, there's several parts in the game where the music is definitely. ここをね、普通に運転で渡っていくのはさすがのあれですね、筋肉担当ですね。Yep, a little bit of a relaxing hike up to the heavens and the suffering of a run. Luckily, I haven't thrown anything so hard that I'd say this run's awful, other than the commentary to some extent. It's like nice 6 to 7 minute break, and it's quite humorous dialogue. So not sure how it sounds in French. I wish I could hear the game audio, but yeah, sorry that it kind of works out like that. I wish I could figure out why. Discord is like the capture card. Yeah, no. OBS. この先ビットが達成するということは、僕はちょっと暇な時間ができるのか。For me, it's actually like I don't even think about it because I actually practice without my headphones on. Surprisingly, more often than not, I'm just like, this run, I've been able to count my audio cues at different points without even having it. ということで今回は成功。Yeah. A lot of people tell me they have audio cues. I have very little audio cues, if any at all. At best, it's そうですね。なんかここのティファ眺めるのめちゃくちゃ楽しいんでね。my brain is really telling me to take the elevator, and I'm having to fight with every fiber of my being. めちゃくちゃなんかやっぱモデリングできるなって。My brain's just like, let's get out of here, dude.
で、カードキー回収したので、エレベーターか、非常階段を使って、上に行くんですが、どっちの方が早いんですかっていう、まあ、思うんですが、原作だと、階段を使った方が早い。早いというか、まあ、アイテムも手に入るし、いいよねって感じで、まあ、リメイクの方はエレベーターの方が早いです。で、エレベーターの方を普段は使うんですが、別で、階段を登るっていうね、ビットがね、達成されたので、ここから8分ぐらい階段登ります。ここから階段8分ぐらいかかるんで、僕ちょっとお茶飲んできますね。It's like trying to grab a fish out of a stream. It's not gonna happen. It is actually possible to lag her out, but I don't think it's possible to prevent her from finishing first. Yeah. So, folks, between Cloud and Barrett, I want the answers in chat. Who's going to come second? Cloud, Barrett. Let us see what you've got. And then, in the meantime, I guess if we have anything going on Sweet Peep's side, have some time. Yep. We do have a $50 donation from, nice. I don't know if I'm saying this correctly, Javinator. And there is no comment. Thank you so much. But I like to imagine they're saying Barrett's going to come in second. That was a really silly oversight. I forgot we were taking stairs, which means I could have stayed on Mithril Saber. Mithril Saber is just not strong enough to deal with the troopers in the elevator. Wind just ends up flinging them around. Since they're all elite troopers, they just kind of scoff at your stuff. So I basically need to switch over to Iron Blade to get Triple Slash and Star Shower to push through. But with this setup, I could have kept Mithril Blade, which means I could have just ATB boost, thundered the sweepers. Now I'm going to have to like YOLO and SD because I already got the Iron Blade on. So I guess it's my own fault for letting my brain not activate, maybe? Never again. 2 runs in 15 hours. My muscles, my fingers, they're all working. The brain, my eyes, not so much. It's quite easy swap. Yeah. Easy swap at the end of the day. So right now we're at floor 34, so just about halfway there. Well, we've got an hour to go, because I know I'm kind of sitting shaking in my chair now, just trying to stay awake. Hey Tifa, bye Tifa. Yeah, so Tifa will like slow down and talk a little bit there, but just run past you. Yeah, the one nice thing about this in OG is like you didn't get slowed down 戻りまし when they た。 really turned it into a long でね、まあ cutscene. 階段 Barrett's 8 分 getting ぐらい登るん Seer ですけ 'cause ど he's ね。 decided なん to でそんな YOLO, かかるんだっ and て I いう keep と、 bonking だ on んだん every クラウド flight が of 疲れ stairs, て so くるん he's ですよ gonna be ね。 catching up pretty soon. I can usually hold him off for a あ、ちな while, みにですね、 but 階段の小ネタなん it's ですけ getting ど、 pretty tight. Too tight, actually. Luckily, I think だいたい何回ごとだったかな。I mean, he's very 5回だか10回ごとに、 Barrett's a big boy, so 階段をね、5回分ぐらい降りると、別のセリフが見れたりして面白いらしいですよ。こっから降りんのみたいな多分こと言われる。They overdid it to the point where like I went from being completely indifferent to him. I kind of talked about this earlier, but now like ほら、 I も feel う like だ he's ん the だんね、 best 疲れてきて、最初走ってたの character. に He has the 歩 best き始めま character したから building。 in this entire game. Aerith is kind of interesting. Tifa's kind of interesting. Cloud's kind of interesting, but like we already saw that level of character building in the OG version. In this one, they amped Barrett up to like the absolute nines, and you know I was barely 僕もね、 indifferent to him 昔 after 大 like the 学 oral 通ってた storyline. 時 Like に wow, ね that's kind of sad. ちょっとなんか but 10回ぐらい上まで I 非常 don't 階段 really have 登 it. っ I'm て not really 使って like 登ってい invested こ in うぜ this, って and now I'm ね like やって really 10回 interested 分 to see だ what けで they も think すごい they'll 疲 make れ of ま the したから。 story. And He's a pretty amped up character in the OG anyway, but it's hard to translate that through like text. So like to actually hear him in like a game setting is I think it makes it a lot more easier to connect with him. まあこれで60回まで登ります。 Sid doing his best here to hold Barrett off. He Nope, refuses get to out of let here, him buddy. go. I'm going 途 first. 中からね、 Get バレッ out ト of が here. 抜くんですよ、これ。 Get out of here. Come on, I'm Barrett. number バレットには抜かれたくない。 I don't バレッ care. トには抜かれたく I'm ない。 the one in charge here, じゃあバレッ buddy. トが押してくれるか、こっちの方が早いのか。 I guess the Iron Blade weighs more than Oh, that actually Mithril came up does. earlier. It's Oh, in my no. chat. It's kind of a yeah, it's kind of a funny thing. I think なるほど illustrates ね。 consistent バレットに trackers 押された方が早いわ、 popped in, 確 and か he's に。 like, you know, I stuck the swords into Blender,
And the Buster Sword with the あ、抜か redesign れちゃ is っ like た。 about 100 pounds. あ The あ。 rest of them are like 200 to 300. Surprisingly, the Mithril Saber is the chonkiest one of them all, nearly 300 pounds because of how thick it is. Because it's just way too thick. If you look at the Buster Sword, they redesigned it so it's much more thin and to a point on the back edge. The original one was around 300 pounds, but this one エレベーターだ is と a ね、 lot lighter because of that せ redesign. 死んだ兵との戦闘が2回ぐらいあって、あとはムービースキップするだけで終わりなんですけど。Oh. It's just one of those silly little details that's so good. まあそれで普通の平社員がなんか普通になんか敵だと思ったらなんか電話してるもうヘトヘト普通になんか電話してエレベーター降りるだけで帰ってったりとかしてて Like I said, body willing, brain not so much. Luckily, I've built the muscle memory to the point where the only thing I have to do is try and not be a こ big の dumb この dumb 会社普 with 通 what I に say. 働いてる社員さんもいるんだなってなんかちょっとティファがナイーブになっちゃったりとかするイベントがあったりとかでバレットもなんか疲れて叫び始めましたねでもうクラウドもめちゃくちゃ足遅くなってるしどうですかねこれ初見で非常階段で行った方が楽だろうって思って非常階段で行ってこれになった人いるんじゃないですか僕ねこれ騙された人ですきっとこっちの方いいアイテムあるんだろうなって思って上まで登ったんですけど何もなくってただ疲れるだけで終わるっていうOh yeah, he gave us a bunch of RNG boosts there. So RNG is completely manipulated now, and we are good to go to finish this run. We're just gonna get a perfect boss fight in that. For those who in chat thought that Sid would have to throw it to allow Barrett to beat him, he doesn't actually have to. It's entirely possible that Barrett will beat you up. みんなもう喋れなくなってる。Whether or not you can hold Barrett back long enough to stay ahead. The other weird thing about this is where you spawn is very like disorienting. いやだってアイテムあると思うじゃんか。原作やってた人ほど引っかかりやすい罠ですねこれは。Cutscene not many people might have noticed if they didn't go that way. I don't think I というわけで、60回まで来たので先に進みますが、なんか知らないけど潜入に成功したはずなのになんか知んないけど誰も警戒してないんですよね。原作はね、なんだっけな、なんかアイテム1個だけ落ちてるんですよ。いいアイテムが。エリクサーだっけ？ラストエリクサーだっけ？なんか落ちてたよね。Yes, we're in the last two restroom breaks, so we're gonna take it while we have it. This is a big lore point of the game where they explain. ここはまあ展示ルームですね。今見学者になっているので、今シンラビルの見学ブースで特に聞きたくもないプレジデントシンラ社長のプレジデントシンラの偉業を聞いています。Basically what Shinra is planning, they're basically planning to abandon Midgar and build a new Midgar over what they call the Promised Land. It's supposed to be a land full of Mako energy. そのもうなんか、ムービーが終わるまでは進まないので、ただひたすら待ってます。No, not at all. What do you mean? There's no influence at all. Okay, just checking. なんであんなになんか兵士に見つかってたのに、上層部には全くバレていないのかっていうのはこの先でわかります。Fan thoughts that maybe the worlds of Final Fantasy and Final Fantasy X and Final Fantasy VII are linked somehow. So just to kind of play on that, there's a picture of the founders of Shinra やっとムービーが終わって進めるようになったみたいですね。で、ここは他の上層部の人たちの見学ブース。
総括のハイレッカーとか、スカーレットとか、パルマーとか、リーブさんとかがなんかいろいろ教えてくれるんですけども、キャハハとガハハは多分インタビューさせてもらえなかったんだろうなってことで調整中になってますね。あと、北条さんもいるね。北条さんのインタビュー。北条さんですらインタビューしてくれたんですよ。北条さんですらやってくれたのに、ガハーとギャハハはね、やってくれなかったみたいです、ね。多分、やりに行こうとしたら殴られたんじゃないですか。We have to go through a Shinra battle simulation in order to get a key card to get up to the upper floors. So that's our next stop, our next battle. And luckily, since there's no hard mode version of that fight, they can just pick easy. And hopefully that fight. ちなみに一番真面目に話してるのはリーブさんで、北条さんもかなり、北条とパルマンさんもね、結構ね、普通に話しかけたりします、ね。さあ、これで見学が終わって、もう一つ、ムービーエリアかな。ムービーエリアに行きます。神羅の最新鋭の技術を堪能してください。神羅の最新鋭の技術を、ムービーがあって、あるんですが、途中でなんか知らないけど、思い出の中でじっとしていてほしい人が、ふっと入れて、邪魔してくるんですよ。まあそういうムービーがありまして、外に出たら、羊っぽい人が案内してくるので、案内されてついていくと、まあ原作でもいましたね。幽閉されてる、なぜかビルの中にね、監禁されてる、このミッドガルの市長さんがね、実は、アバランチと手を組んでて、アバランチっていうのは、バレットがいるアバランチとは別に、分派で、本家って言われてるめちゃくちゃでかいアバランチって組織があって、そっちの、本家の方と、市長が繋がってて、市長が全部向けしてくれてた。で、まあ、上に上がるには、上層部の社員さんのカードキーが必要だということなので、まあ、市長さんが、合言葉を言ったら、通じてくれる人が、つながってる人だから、そいつにカードキーもらってくれっていうことで、まあ、合言葉は、原作でもあった市長爆発ではなくて、市長最高ですね。市長最高言ったら、こいつがそうです。で、まあ、カードキーもらうのはいいけど、まず力を見せてもらわないとなってことで、ここ、闘技場と同じようなシステムになってる、VR 戦闘かなっていうのがあって、まあ、戦闘になるので、このカッターマシン ×2 っていうのを倒します。ATV ブーストして、自爆して、2体まとめて倒せなかったな。けど、まあ、あとはリミットワードとか使って倒しましたね。いいですよね。なんかビルのオフィスって感じがちゃんとなんか出てて。これで OK って言われて、まあ、カードキーをもらえます。You gotta be careful mashing or you punish yourself pretty hard. Yeah, I do that a lot. The only thing that takes longer than で、まあなんか、この後ね、クラウドの同僚さんとかが、あれ、クラウドでは何やってんのとかって言ってくるんですけども、バレるとまずいんで、そのままね、帰っちゃう。I do that so much that I switch to circle mashing for dialogue. So I don't risk. Yeah, クラウドがまあ、知ってる人たちなので、ここでバレるとね、これまでのクラウドさん壊れちゃうんだけど。さあ、上に上がったら、会議室があるエリアですね。We've also just skipped a cutscene there that's also got a nice extended lore connection from going back to Crisis Core for those of you who played it. まあ、会議室があって、これから会議が始まるので、盗み聞きをしようという感じです。
recognizes Cloud as we're walking around. So if you play Crisis Core, you'll recognize the names, but it's just 忍び込む場所はトイレの中で、トイレの、エアダクトを伝って、会議室に行くことができるよって言われたので、そこから入り込みます。でまあ、ティファは外で待ってるって言ってたんですけど、中にいた方がバレんでっていうことで、ティファとクラウド一緒に会議室のところに行っていますね。さあ、ここを進んでいくんですが、ですね、ここね、会議室の中身とかを他のところも見ることはできるんですけども、そこを、やってしまうとたまに、フリーズっていうかソフトロックがかかってしまうことがあるので、もし走る場合は、冗談であってもここを覗くのはやめた方がいいかもしれないですね。Get it right at the right frame in order yeah, for him it's better to than him completely stopping though. So yeah, exactly. It could be far worse. So specimen. And the OG game here as well. Those two grates that were walking over those vents. 3つのソフトロックをかけるっていうのはもしかしたらここ使うのかなと僕は予想してるんですが、さあどこでやるのか。If you had a long uptime or if your console been on a while, and when you're binging a brand new game that's just come out, you tend to do such a thing. You could look in those grates and completely soft lock your game. トイレの原作もそうですけど、トイレのエアダクトが会議室とつながってるって嫌ですよね。Yeah, somehow you can't back out of the look down the grate animation, and you just sort of stay there. So that's what we're talking about. You have to fight this pretty hard here. Yeah. That turn especially is where the movement becomes just a little bit weird. Just you gotta kind of really wiggle the stick in a really specific direction in order to keep smooth movement. Doesn't lose. さあ、一番奥まで行くと、会議が始まります。大体まあ会議の内容は何だったかな。北条がエアリスをなんか実験するみたいなことを言ったので、北条についていくことになりますね。この会議中になんかバルマーさんがね、なんかラード、やっぱコーヒーにはラードがうんぬんとかって言ってる途中になんか思い出の中でじっとしていてほしい人たちが出てきて、出たよって訴えかけるんですけど、訴えかけるんですけど、話聞いてくれないっていうのはね、これがまあ後にあだになってくるんでしょうね。さあ、これで北条の研究スペースに行きました。Yeah, and even if you see the spell coming, you don't know who they're targeting, so it's complete dice roll on everything. これで北条を追い詰めるんですが、まんまと引っかかってしまって、ボス戦、サンプル H0512 戦に移ります。破攻撃した後に自爆してリミットゲージを稼ぎ、HP を 80% まで削ります。80% まで削ると、こういうふうにマップを吸って第2形態に移行します。クラウドは、溜まったリミットゲージを使ってクライムハザードを使い、ティファはオーバードライブをして、半分ぐらいまで削ると、バーサクも入れてますね、もう。オーバードライブとクライムハザードを入れていって、バレットのぶっ放すなどを使って 40% まで削ります。はい、削ったので 40% 形態が、第3形態まで移行しました。第3形態になったら、ティファはドルフィンブロー。バレットは、その間にチャージをしながら、アンガーマックスを打って、これで、うまくいったら削り切れていますが、それでも足りなかったらぶっ放すでいけるかな。削り切れてない。微妙に削り切れてないが、まあ、削り切りましたね。はい、これで、チャプター16が終了と思いきやもう1戦闘ありますね。なので、回復してから、難所の準備の装備変更をします。バレットのアクセサリーを神々の黄昏に変更し、クラウドの防具をチェーンバングルに変更、クラウドの霊気をイカズチに変更、バレットの風とイカズチを入れ替えて、クラウドのクイックをディスオーダーからサンダラに変更します。
はい、兵士戦ですが、開幕バレットカタストロフィー打って、全滅。はい、次の戦闘は、クラウドが ATB ブーストして呪縛。その後、バレットが、カタストロフィーを打っておしまいと。Am I seeing that we hit 9K donations? That went perfect. Awesome. ここまでたどり着くと、レッド13が、そっか、エアリスとレッド13救出したんですね、これで。で、頭がクラクラして、奥へ進むと、チャプター16が終了。さあ、こっからが難しい。こっからが難しい。難所っていうかもう、RTA で多分一番大変なところ。普通にやると、通常プレイでも MP が足りなくなること間違いなしの場所ですね。ちなみに、ストーリーあと2章。We have reached over $9,000. さあ、ここはですね、ボスが4体いるんですね。このボス4体を、MP を管理しながら突破しなきゃいけないという。You guys are so generous. It's fantastic to be able to be part of this event and help contribute to this for sure. And let's be honest here, this is all small like mostly small donations. So, you know, this is everyday people doing it. So that's what makes it even more special. ここと最終章がまあ、鬼門かな、一番。I'm so glad that we can get all these extra money to help Nami out, especially in the time of need that we're all in with COVID being trapped inside for so long. ちなみにエアリスはできるだけMP はマックスに近い状態で、マックスの状態で、維持できるように立ち回る方がダメージが出ます。ネムレス戦はまあ、そんなに強くないので、いつも通り、雑魚散らしですね。このショーのね、面倒なところは、ボスだけじゃなくって、雑魚敵が厄介な敵が多いです。Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Cannot express that. 多分原作の、雑魚でいろいろ出てきてたやつらがまあ、このゲームになったらめんどくさいことになってんなみたいな感じですね。ここに行くと、まあセフィロスがいて、下に落とされてしまうんですけども。ここからクラウド1人でことになります。まあ、レバーを下げて、こう足場を作って進んでいくというリメイクですね。Same for me with my brother too. Didn't manage to see the remake, but once I got a hold of it, I was like, I need to do a lot with this. Because that's the first RPG I got to play on my own. Go ahead. For me, unfortunately, it was my cousin about 4 years ago now. 雑魚戦は回避できるのは回避してます。ここに来るとレッド13と合流します。ちなみにレッド13は仲間ではあるんですが、NPC ですね。操作はできません。ただ、支援してくれるだけですね。ちなみにレッド13の声優は山口勝平さんです。最初聞いたとき全然わからなかった。で、まあ、レッド13は、何をしてくれるかっていうと、奥の方にはレバーを下ろしてくれます。このね、レバーをね、下ろそうとするレッド13可愛いんですよね。Don't shield yourself off like a lot of us tended to, you know? Just take advantage of what's there.
there are gonna be bad things and bad people in the world, but I believe there's more good than bad. Even if bad gets more of a spotlight, there is always more good than bad. Except these Monomark 2s, they're just plain evil. Yeah, we're in the more annoying part of the game. さあ、ここが、まあ、雑魚の中でもめんどくさい敵がいて、この後に出てくるね、ネムレスの後に出てくるモススラッシャーっていう、まあ、なんか丸い鉄球の上に乗ってるロボみたいなのがいて、こいつがめんどくさくって、まあ、サンダーを2回当てた後に自爆。自爆だっけ？そうですね。サンダー当てた後自爆したりして倒すんですけど、今回自爆してないな。ATB が足りなかったんだ。ATB 足りてたら、あそこで自爆して、倒すっていう感じだったんですけど、今回失敗しちゃったみたいですね。Casually on hard mode, I would recommend putting elemental lightning on your armor and just throwing lightnings at him because on hard mode he loves to throw his さあ、ここも、レッド13にレバーを下ろしてもらって、先に進もうとするんですが、ネムレスがやってきますが、上から、ティファとエアリスがやってきて、やっつけてくれる。やっつけてくれますね。さあ、このチャプター、めんどくさいところその1です。ここからは、クラウドとバレットのコンビとエアリスとティファのコンビを、交互に、操作して攻略していくことになります。それが意味をすること、それが意味するのはどういうことかというと、地獄の装備変更ラッシュですね。This is kind of like where the most dynamic routing comes up. Because there's 4 segments, split of 1 to each, 1 barrack and cloud segment. Quick segment here that doesn't involve any combat, a blast ray real quick, and then we switch back to Tifa and Aerith, and we'll start kicking off the hard portion of this. さあ、3番の扉、ここを開けたいので、真ん中のところに、1番から4番までの端末があるので、その、端末を、そのレバーを、クラウドとバレットに動かしてもらいます。そう、装備セットの記憶欲しい。ここまでやるんだったら。ないんすよ、これ。Stagger, but once you start getting mid-game, you have some flexibility. And because the bosses can usually be taken down a couple of different ways within a similar time period, there's really no like master strat that's like, oh, this is unbeatable. There's no other way to deal with the boss. That's actually why I love it. That is not what I wanted to do. No, that's gonna stink. ここでまあ厄介なロボットさんが出てくるんですけども、自爆とかカタストロフィーでゴリゴリと倒していってますね。自爆とカタストロフィーやっても死なないんだよな、こいつ。The animation isn't quite, good enough. His items and stuff aren't that great. And Square actually just decided not to include him because it would have been too difficult in such a short period of time to give you a chance to explore his mechanics and what he's capable of. So I fully supported the idea that they delay him to 3番のレバーを押して、パーティーを変更しますね。あ、これPHS って書いてありますけど、PHS の略は多分これパーティー変更システムですね。はい。で、ここ切り替えたら装備を変更します。ティファのアクセサリーを神々の黄昏に変更。ティファの風とエアリスの霊気を交換。エアリスの耐性と、ティファの先制攻撃を交換。ティファの耐性と HP アップを入れ替え。ティファのビジョンを HP アップに変更。ティファの封じを MP アップに変更。ティファの MP アップとエアリスの時間を交換。エアリスの MP 吸収を HP アップに変更。
エアリスの HP アップとバレットの範囲化を交換。エアリスの封じると範囲化を入れ替えて風プラス範囲化にします。で、クラウドのマジカルとエアリスの消滅を交換。エアリスの封じるとクラウドのマジカル2個目を交換。ティファのリミットをサマーソルトに変更して、ティファのクイックをバーサックからサマーソルトに。エアリスのクイックをブリーザラからサンダラに。エアリスを範囲化。聖なる魔法陣をエアロガに変更しました。Or actually, the first fight's going to be some easy experiments, failed ここまで変更しないといけないのは、この先の敵がめんどくさいからです。はい。Also pretty easy to take care of since we have sticky wind. Or sometimes nope, people I use lightning. completely messed it up. Nope, you still got it. No, that my materia I messed up is what I'm talking about. 大丈夫かい？ Should have been. マテリア入れ替えミスか。Assist? Wait. Something's wrong here. Uh-oh. Well. マジカル入ってて、先制攻撃。なんか間違ってるかな？ HP アップが別に間違ったのか。はい、ここ、なんかワンコがいっぱいいるエリアです。喉は大丈夫。喉大丈夫。栄唱は慣れてるんで。僕、もう何年も司会者やってるんで、喉は大丈夫。ここがね、難所の一つ。大量の犬戦。逃げた。押し込みたかった。一箇所にまとめてエアロガで撃破します。エアロラだ。一箇所にまとめてエアロラで一掃したかったんですが、分散してしまいましたね。今のが難所の一つ、犬地帯。あそこね、下手するとね、死ぬんですよ。で、この後、ゼネネという、弱点のない敵かな、いるんですが、サマーソルトで倒します。サマーソルトで各1。Yeah, we'll call it marathon safety. It's when the thing is I'm trying to micromanage the MP count, so I probably could do without this because I'm pretty close to max, but if I have to use Erga in this next fight, I'm gonna really need that extra couple MP. It's very tight in terms of MP 高速で MP absorb on the table. 2対1対です Even ね。 when I factor in Soul Drain on Genova, Eret's MP can go very, very wrong. 大体神々の黄昏に変更って言ったら、リミット使うんだなって思っていただければ。She needs at least like 100 MP or something like that. And what I would prefer is to start with max MP.さあ、ゼネネ ×2 なんですが、ゼネネ、後ろのゼネネにサマーソルトをしながら、エアリスで2体とも誘導して、ゼネネをまとめて2体倒せればよかったんですが、ちょっと失敗して HP 残っちゃいましたね。うまくいくと、2体まとめてサマーソルトで撃退できます。I should have input the somersault, but I guess I must have dropped out of the menu too early. The thing is I do a lot of, you want to open the shortcuts and then let go of them because, さあ、これで、最初の、めんどくさいポイントが、終わりました。雑魚敵は、サマーソルトとサンダーで。First hit him up in the air, and you missed the last hit. Oh, I meant the initial one. Like I tried to go for a somersault. さて、意味深な、なんか、装置がありますね。これはね、後々ね、あるんですよね。めんどくさいポイントがね、あるんですよね。さあ、やることやったので、パーティーを切り替えます。The Bloodhounds especially, yeah, they love to dodge. So they're basically like the shock troopers of the dogs. クラウド側が、移動できるようになったので。ということで、パーティーが切り替わったところで装備を変更します。はい、バレットのアクセサリーを神々の黄昏に変更して、クラウドの消滅とエアリスのマジカルを交換して、エアリスのマジカル2個目を、クラウドの封じると交換。以上。They're a little bit less aggressive, so as long as you're not misinputting right off the bat, マジカル交換ラッシュですね。
usually get some stuff off. I'm gonna want to start with 今度はクラウドの、クラウドとバレットで、2番の、施設に入ります。さあ、ここですが、難所2つ目、雑魚連戦。雑魚といっても強いです。まず最初にゼネネ ×2 体。こちらは、まず、近くまで寄っておいて、ラピッドチェインから ATB ブーストして自爆。ドーン。OK。多分これで HP 吸収全回復してるんじゃないかな。And then the reason I switched to Barrett is because he needs to be in the center of the room to trigger these cutscenes. So these これのね、釣りがね、めんどくさい。And then the third room is the sword or the sledge worm. So I'm just gonna fire off. ここはセリフが終わるまで、クラウドのドアップを見られます。I'm going to have to spam a bunch of Thundera and hope that does its job instead. ここの確か新ラボックスは、ね、確定で MP がもらえるっぽいですね。さあ次、モススラッシャー。モススラッシャーは、先ほどと同様に ATB ゲージを稼いで3ダラを当てて最後に自爆。OK、撃破しましたね。で、あと残ったやつをお掃除しておしまい。最初のモススラッシャー戦はこれがやりたかった。またクラウドの顔のドアップです。やっぱイケメンですね、クラウド。これの次ですね。下手すると全滅するやつ。はい、デジョンハンマ戦。デジョンハンマ ×3。まず1体をカタストロフィーで撃退。あとは3ダラ打ちまくる。失敗するとこのように、引っ込まれて、これはやり直した方がいい。引っ込んだ瞬間からこいつ無敵時間が発生するんですね。それが非常に厄介。こいつしかもボスでも何でもないんですよね。で、北条のもとに行ったレッド13を救って先へ進みます。次、またね、めんどくさいボスがね、いるんですね。ボス扱い、なんか、ウィキとか見てもボス扱いになってないですけど、まあ中ボスですね。ブレインポッド戦。まず ATB ブースト開幕、やってラピッドチェインを2回当てます。すると第2形態に移行して、ブレインポッドが大量に分裂します。こいつをお掃除するのが、非常に面倒というか、まあ厄介というかなんですけれども、こいつらの対処は割と簡単です。分裂したらバレットでカタストロフィーして守ってるだけで終わります。あ、残ってる。残ってるけど、1体ぐらいなら大丈夫。うまくいったらカタストロフィーで全部倒せます。さあ、装備変更ですね。ティファニー神々の黄昏を装備させて、クラウドのイカズチを蘇生に、クラウドの蘇生とティファの霊気を交換、ティファの蘇生と回復を入れ替え、エアリスの技達人とクラウドのマジカルを交換、クラウドのマジカル2つ目と、エアリスの消滅を交換です。
So that'll be coming up now. Yep. So now I'm taking the magic ups off Cloud for a little while. Normally it would be permanently, but there's a lot of nonsense we can get up to in Whispers that's going to abuse self-destruct to push the phases a little bit quicker and output a lot of damage really quickly. It's very, very dangerous, but it's high risk, high reward. これでレッド13にレバーを動かしてもらったら、レッド13が、下に落とされてしまって、敵と交戦状態になってしまいまして、レッド13を、ティファーたちのグループに救ってもらう必要があります。But there is a bit of a minute gap of just running between them. But once we get to Genova, the game is very intense. Boss after boss after boss after boss. Yeah, so Swordipede is sort of the false flag of oh, this is the start of the boss rush because この後、ティファとエアリスに切り替わって、レッド13を救いに行くんですが、道中にあった遠心のあれが、デジョンハンマーが出てきますね。デジョンハンマーは、サマーソルトとサンダラで撃破します。うまく、素早く倒しますね。さあ、これで、あとは敵を倒して、レッド13をここまで来ました。You can't just practice with a full save of everybody having everything. So if you change your strategies at all leading up to the boss rush, you've got to plan and route all that in and then realize you may not be able to cast certain moves later. So it's very much a balancing act in Chapter 17. The hard mode guys have done amazing at routing various ways to make this work. Alright, that actually went swimmingly and that was 100% not planned. さあ、終わって、レッド13救出が成功しました。次は、04のレバーを動かしに行くためにレッド13を使って、真ん中の端末に行きます。The thing is, that fight can be pretty volatile because for whatever reason, Magnify Arrow will just not hit all three of those ones that start. Magnify is pretty strong and been buffed, but there's still some times where you got to keep an eye out because it'll fail to hit all three targets because it feels like it. Oh yeah, Strife talking about the Rufus strat. If you thought that fight was boring, I got some really exciting white knuckle stuff in there. Normally you would want to sleep in Braver Rufus for an instant stagger, but I have a more 移動用のエレベーターを発見しました。Forge, DIQ, chest. I don't even know how to. It's really silly. It looks super risky, and it probably is. But it's a good backup if you're. あと30分もないか。ようやく終わりが見えてきましたね。Sleep whiffing in terms of like getting knocked out of it. さあ、4番を、レバー切り替えたら装備を変更します。ティファの属性とエアリスの配下を交換。エアリスの風を霊気に変更。エアリスのイカズチと霊気を入れ替え。エアリスの属性と先制攻撃を入れ替え。ティファのクイックを、聖剣好きからバックフリップに。ドルフィンブローを聖剣好きにします。リミットはドルフィンブロー。クイックのサマーソルトドルフィンブローに変更しました。これは次のボス戦に備えてですね。4対いるボス戦の、1体目、ソードダンス戦が、この後始まります。ソードダンスって何ぞやっていうのは、原作でも見ましたね。シンラビルの雑魚敵でいた、ロボットの魚みたいなやつですね。And act like I'm actually know what I'm doing when I'm just basically gaming it so that I always get that. But sometimes Tifa can do some weird stuff and get taken out in a really bad spot. So I have the revivals to recover. It's just not. ここのレバーを動かしたら戦闘開始です。
ソードダンス戦、まず攻撃して、波攻撃、ATB ブーストをして自爆して、HP を 60% まで削ります。これで第2形態へ。第2形態はティファとエアリスで戦います。ドルフィンブロー、開幕打って、エアリスはテンペスト、アスピルで魔法を捨てたらそのうち死にます。おしまい。Thank you so much. But I don't think you're talking to me. I think you're talking to the runners Very and the much commentators. appreciated. This is a rough run for sure. Always need tech for these events. They're kind of the unsung heroes. これで、I 100% クラウドと、バレットたちと合流します。expected being in front of the camera because my sailor mouth is very hard to control さあ、 sometimes. ここからだ。 I really wish we were in an IRL event because it'd be a little bit easier for my brain to fully この engage. 次がね、ハードで一番 Foot out of my mouth. きついボスですね。Out of your mouth, sweet peas, back to you. Well, we've got $5 from JB. No comment. Thank you so much, 多分 JB. こいつが一番きつい。装備変更します。武器をハードブレイク、クラウドの武器をハードブレイカーにして、クラウドのアイテル穴に属性を入れます。クラウドの先制攻撃とティファの HP アップを交換。クラウドの消滅と蘇生に変更。クラウドのクイックをサンダラからバーストスラッシュ。波攻撃をインフィニットエンド。自爆をブレイバーに変えます。エアリスのクイックをサンダラからバーサク、エアロラから、サンダガ、エアロガから、ブリザラに変更してエアリスをリーダーにします。なんか、ここにあったなんかやつがいなくなってて、血が血痕が残っているのでこの血を、追いかけます。まあ、一つのなんか RTA の山場って感じのボスですね。ハードの通常プレイでも多分こいつが一番きついと思います。まあ、FF7 といえばね、ヒロインが、セフィロスに刺されるシーンで有名ですね。そうだね。So we're going into the last boss rush. I could barely do this well as it is, so I'm gonna explain a little bit here and there. 最上階に着きました。最上階に着くと、結婚の先に行くと、シンラの社長の、プレジデントシンラがいまして、助けてくれと、助けを求めてきて、助けると、バレットに銃を向けられるんですが、そこにいつもの、思い出の中でじっとしていてほしい人たちがついに動き出して、プレジデントシンラを突き刺し、その後に、バレットが、セフィロスに刺されるという。じゃあ、FF7 リメイクのヒロインってバレットだったのっていう感じのムービーが、この間に入ります。まあムービースキップされるのはこのまま、その、セフィロスが変化した、ジェノバビート戦となっております。このボスがめちゃくちゃ強くて、開幕ティファでオーバードライブからドルフィンブローで、エアジスはテンペストからバーサクで 80% まで HP 削ると、第2形態に移行します。ヒートするとリフレクが来るので、触手を、破壊しながらティファでバックフリップで、バーストゲージを稼ぐ。クラウドでバーストスラッシュして、ヒートを稼ぎまして、ヒートが、切れたら、オーバードライブ。オーバードライブを入れて、ブリザラを、しながらバーストスラッシュやバックフリップでバーストまで持ちていきます。バーストまで持っていけない。バーストまで持っていかないといけない。バーストしない。めっちゃ硬い。はい、バーストしました。バーストしたら、エアリスはアスピル、クラウドはブレイバー、ティファは強打で HP を 45% まで削ります。第3形態になると、生命維持機能というので、本体は無敵になります。で、触手を全部倒さないと攻撃が与えられなくなるので、
リジェネの範囲化を打ってリジェネ状態にして、どこだ、ラピッドスラッシュや通常攻撃で、クラウドが、触手を破壊していきます。触手をすべて破壊すると、ヒート状態になるので、バーストスラッシュ、ヒート状態になるのでバーストしますね。バーストまでひたすら触手を切る作業。さあ、あとはこれでバーストまで持っていけない。バーストしたら、ブレイバーやアスピルで削ります。このバーストが切れると、最終形態の第4形態。HP がね、10何万とかあったかな。かなり高めの HP してますね。で、この、黒い雨。ノーマルだと HP が、スリップで削れていくんですが、なんとハードだと MP を削ってきます。MP カツカツなのに、ここで MP 削られたらひとたまりもねえぞっていう感じなんですけど、第4形態、ブレイバーで片方の腕の触手を破壊しに行きます。スローかかっちゃった。大丈夫かな。ラピッドチェイン、触手を破壊しないと話が進まない。ブレイバーで触手を切ったあとはオーバードライブからのドルフィンブローとブレイバーで、最後の HP を削り切って終了したいんですが、うまくいくかな。行きましたね。さあ、難所突破しました。装備変更します。バレットの武器を、アトミックシザーに変更。バレットのアクセサリーを神々の黄昏に変更。クラウドの蘇生を HP アップに変更。クラウドの HP アップとティファの先制攻撃を交換。エアリスの封じると、バレットの技達人を交換。バレットの封じるをガード強化に変更。バレットのクイックをカタストロフィーからゼロレンジシュートに。エアリスのクイックをバーサックからサンダラに変更します。そうですね。さっきのやつ MP だけ削ってきます。ここで MP 削られると、この後のボス戦がちょっと大変です。こっからボス2連戦です。とは言っても、ジェノバほどではないのですが、ジェノバほどではないんですけども、一種の癒しですね。上まで登るとイベント。みんなの元に行くと、社長死んだ瞬間、急に新社長就任したルーファース死んだとの戦いになります。まず、ルファス戦はダークネーションを倒す必要があるので、まずバースト寸前まで、持っていきます。HP60% まで行くと、第2形態に移行します。はい、第2形態に行きました。第2形態にで、ムービーが終わった瞬間、バーストさせます。ルーハースさんはもうショットガンで移動したりなんかもうめちゃくちゃな人ですね。片手ショットガンを使う男ですね。はい、ここでバーストさせたら、強撃で、倒し切ります。はい、ダークネーション撃破。この後、ルーハース戦ですね。ルーハースは、まあ、リミックさえ知ってればそんなに強くないボスです。このね、ショットガンの謎起動。まずルーファースに攻撃をさせて、リロードに持ち込んだらブレイバーで、確定バーストしますので、その後に、殴っておしまいです。ルーファース戦が一番生っちょろいかもしれない。その後、ハンドレッドガンナー、バレットとヤリスでハンドレッドガンナー戦。まずバリアビットにはカタストロフィーを当てて、エアリスとアスピルで MP を、まずマックスにします。
あとは通常攻撃やサンダガ、テンペスト、アスピルと、MP マックスを維持しながら、バリアビットを破壊していきます。Probably the best outcome just because it takes a while for him to move so we can kill those barrier drones. Oh, this dude's okay. Got it off before the homing laser. Oh, that ATB はい、 actually これで第2形態ですね。I don't know where the other part come from, but I'm happy. Must have been. 車輪と本体に、ブリザラを打ちまして、テンペストと、サンダーのバレットはサンダーの追撃で車輪の V 破壊をします。1個破壊、もう2個目いった。これでバーストですね。バーストしたらバレットは突進をして、HP を 60% まで削ります。はい、第3形態。次、サンダガと、ブリザラで車輪を破壊しに行きます。はい、2つ破壊したのでバースト。バーストしたら、同じように突進と、エアリスの通常攻撃で残りの HP15% まで、削ります。15% まで削ったら、最終形態に移行。最終形態は、拡散波動砲を、2回撃たれたらゲームオーバーです。拡散波動砲1発目は柱に隠れていればガードできますが、ガード撃つ前にサンダラを2回撃ってば、死にます。おっと、はい。これで、チャプター17、怒涛のボスラッシュが終了しました。さあ、最終、チャプター18。まあね、原作で戦った相手といえばね、モーターボールっていうまあ強敵がいるんですけどね、バイクレースはスキップします。バイクレースをスキップするとモーターボール戦いつの間にか死んでるので、モーターボール戦カットです。はい、最後、装備変更、クラウドの武器をアイアンブレードに変更、バレットの武器をアサルトガンに変更、アサルトガンは支援をしやすい魔法武器です。ティファのアクセサリーも、神々に黄昏に変更。クラウドの技達人とエアリスのマジカルを交換。エアリスのマジカル2個目を、クラウドの HP アップと、交換。エアリスの技達人とバレットの風を交換。バレットの HP アップとイカズチを入れ替え。バレットのイカズチとティファの範囲化を交換。ティファの時間をガード強化に変更。ティファの耐性をビジョンに変更。クラウドのクイックをバーストスラッシュから波攻撃。インフィニットエンドをクライムハザード。ブライバーを自爆。ラフィッドチェーンをブレイバー。バレットのクイックをサンダーから、キャルガの範囲に。ティファのキミットをサマーソルトに変更して、ティファのクイックをドルフィンブローからサマーソルトに、エアリスのクイックをサンダラからエアロガと、ブリザラからブリザガに変更しました。はい、ここからラスボスの、ボスラッシュ。今までふよふよしてた、幽霊みたいなやつは、フィーラーっていうね、原作中って言われてる原作の FF7 の流れに、ならなかったらこいつらが修正しようとしてくるっていうね、厄介なやつで、クラウドはね、運命を変えるために、このフィーラーと戦うことを決めます。さあ、ラスボスの最初、フィーラープラエコ戦。この辺はね、原作やってるとね、おーってなるんです。Normally, if I have like 13 or 1400, I'll ATB boost right off the bat. But since I'm like 18, I'll just build a little bit on the red and then SD. まず、クラウドとティファとバレットで、3人で、フィーラーが出した分身のフィーラーロスト、フィーラーベルデ、フィーラージャッロとの戦いになります。ここでの注意点なんですが、バレットで、こいつらをとどめを刺してはいけません。バレットが、倒してしまうと、この後の戦闘めちゃくちゃ響くので、バレットは、支援特化にしています。赤いのが、フィーラーロスト。緑色のがフィーラーベルデ。黄色いのがフィーラージャッロですね。まず開幕、フィーラーロストに、自爆をします。その後、ティファでオーバードライブを入れて、その後、全員に回復。すると、ここで、フィーラー本体が、
運命の本流と技、運命の本流という技を出して、次の、場所へと移動することになります。We also want to try to stagger the enemies with Cloud and the girls in order to get that party. Yeah. これが何を影響するのかは、この次のボスで説明しますね。So if I get like really weird RNG and Cloud dies in a bad position, or I miss an input with a specific character, hopefully the commentators can help me keep track of points because I want Tifa first and then Aerith. Oh, you want Tifa first? Okay. Yeah, Aerith can be quite difficult because she gets double points. あと多分10何分ぐらいで終わります。はい、次、またロスト、ベルデ、ジャッロの2回目ですね。まずロストに自爆をして、その後、ティファでオーバードライブ。それをやったら、あとは、回復をします。すると、大いなる断罪という技を使ってくるので、また次の場所に移動します。So it's just something to be aware of. It's easy on casual run to go, why does this fight keep going on forever? And that's what's causing it. You're taking on too many. 実はね、こいつ、ラスボスじゃないんですね。ここ攻撃してるのは ATB ゲージを稼いでいます。ダメージは与えられないんですが、ATB ゲージは稼げるので、これがまあ、いいんですね。さあ、フィーラー、ロスト単体の戦いです。波攻撃を打って、サマーソルト、オーバードライブで、HP を削る。HP 削りれなかったか。自爆しなかったかな。HP が0になったら、バースト状態になるので、クラウドで撃破します。これは、このボスは、このフィーラーのロスト、ベルデ、ジャッロを、1体倒すたびに、固定ダメージが入って、削れ、合計6分の1削れて6回当てると倒せるっていうボスですね。ここでエアリスと合流。So I just go with somersault right off the bat, but because Tifa's ATB was so low, since I managed to ここで出てくる思い出は、多分これは、原作のエンディングのシーンかな。100年後だかで、レッド13と子供が走ってるシーンだった気がする。これが、まあ、本来、フィーラーが、やろうとしていた未来。Stun lock the yellow one because in phase 2 we want to arise Cloud. Yellow one's trying to hit Barret. Even when you're on Tifa or whatever, yellow one just always targets Barret. So we're using Tifa to lock him. So ここで分散されて、バレットとクラウドの2人で、ベルデとジャッロとの、対決になります、ね。Yellow stays out of the ascension, but there's no guarantee that'll happen. まず、クラウドはクライムハザードをします。その後、クラウド自爆して2体まとめて HP を削ります。これで、まずベルデを撃破します。どっちでもいいや。どっちか撃破します。ブレイバーが、波攻撃で両方やるか。で、もう一体も、あれ、HP 回復しちゃった本当は、この後、続けざまにもう一体倒すんですけど、これはちょっと面倒ですね。あちゃー。本当、これで連続して、もう一体も倒して、次の形態が映るんだったんですけど、ちょっと失敗しちゃいましたね。どうするかな。波攻撃当てて、波攻撃当てて、
あ、これで大丈夫ですね。大丈夫か？バレットで倒しちゃわないか？あ、倒さない。大丈夫、大丈夫。セーフ、セーフ。はい、これで半分まで削りました。Yeah, the moves that they have are slightly named after the weapons the guys had in Advent Children. So, if it's not true, by goodness, did Square heavily hint it. Yeah, they were very heavy-handed, leaning towards. バレット君はね、倒してもらうと困るんですよ。はい、これメテオを発動したシーンですね。未来に。セフィロスが、メテオを召喚して、地球にぶつけるという未来ですね。さあ、エアリスとティファと合流。ここからは、クラウドとティファとエアリス3人で、戦いつつ、バレットと、レッド13が、カバーに回ります。ここでね、フィーラーがネタバレして訴えかけてくる。さあ、ここで、フィーラーのロスト、ベルデ、ジャルロ3体との戦いになりますが、ちょっと戦っていると、この3体が合体するので、それまで待っています。はい、ここで合体。何が始まるんです？合体して出てくるのは、フィーラー・バハムートです。ここでクライムハザードを仕込んでおき、クライムハザード、エアリスがテンペスト、ティファがオーバードライブで、連打して、ダメージを削りきれれば、それで終わりのはずなんですが、大丈夫かな？削りきれるか？削りきれない。OK、倒しましたね。こうなると、また3体との戦いになります。直線上にまず並べて波攻撃を当てて、一気にダメージを与えていきます。HP を削ったら、ブレイバーでとどめを刺します。ATB が足りないのか。ATB 稼いで、まずロストを倒しましたね。これで、あと2体。あとは、オーバードライブ。これは、なんかセフィロスと、クラウドが戦う一騎打ちのシーンですね。一番最後の。さあ、残り2体。ティファのオーバードライブで削って、サンダガも当ててますね。さあ、ATB ブーストして自爆。はい、これで、2体目を撃破。次はなんだ？ティファ、エアリスが死んで、白マテリアを落とすシーン。おいおいおい、エアリスが死ぬなんて未来見せるんじゃないよ。ネタバレやめてください。さあ、残り1体です。残り1体は弱っているので、そのまま撃破しましたね。多分ティファかな？ティファで、サマーソルトで、貢献値を稼いでいます。ティファも倒すのもね、ちょっと重要だったり。あとは、最後の、もう一個あるね。エアリスを、水の中に入れるシーンですね。さあ、最後は、とどめの一撃は切ないということで、最後の一撃をエアリスのサンダーで、エアリスじゃねえ、ティファだっけ？エアリスで、刺して、セフィロスの無線が始まるんですが、ラスボスの、メニューを、開いて最後の装備変更をします。クラウドの武器をハードウェイブレイカーに変更。クラウドのマジカルとエアリスの HP アップを交換。エアリスの技達人とクラウドのマジカル2個目を交換。クラウドのATB ブーストとティファの ATB 連携を交換。
クラウドのクイックを破攻撃からディスオーダー、クライムハザードからバーストスラッシュ、自爆からブレイバーからブリザラに変更、ティファのリミットドルフィンブロー、ティファのクイックをサマーソルトからドルフィンブローに変更しました。はい、セフィロス戦です。セフィロスの栄唱中にディスオーダーからブリザラすると、で、距離を離して進展が来たら、カウンターしてブリザラ。バーストしたらブレイバーを当てています。これを2回ほど、繰り返します。それで、残り HP85%、うまくいっていると、ここで、ティファが助けに来ます。これはその前の戦闘でね、1番目に、フィーラープライコの、ロストなどを倒したり、なんかアビリティをやったので、ポイントが、溜まってて、そのポイントが高い順番に助けに来るのかな。で、まあ、2番目に来るのはティファで。ティファが来ましたら、サムの構え中は正面の攻撃無効なんですが、後ろからの攻撃が通るので、そこに、ティファのドルフィンブローを当てます。で、ひるんだらブリザラを当てて、カウンター取れる技を待ちます。カウンター取れる技、進展かなんか来たらカウンターを当ててバーストを狙います。はい。失敗。あとは、来た。オッケー。バースト。バーストしたら、攻撃して 62% まで削ると、次の第3形態に移行します。これでうまくいってれば、バレットではなくてエアリスが来るはずです。バレットに攻撃をさせなかったのは、ここでエアリスを壊させるためですね。バレットが来るとどうするんだ？はい、まあ第3形態の特徴としては、セフィロス属性強化をしていきます。今回は風属性強化。風属性強化の場合は対応する、魔法はサンダーですね。なのでサンダーガをエアリスに打ってもらいます。で、あとはクラウドはブリザラを打って、バーストまで持っていきます。バーストしたら、クライムハザードを当てて、15% まで削ります。あれ削りきれなかった。最後、とどめ別にしたな、これ。とどめクライムハザードにしたな。はい、残り 15% になったら、エアリスはサンダが。クラウドがやられた。ティファはオーバードライブ。クラウドはディスオーダーしながら、あとは気合で削る。心ない天使が出た。心ない天使だっけ？違う、これで 15% だ。サンダがティファはオーバードライブで、クラウドはゲージ溜まってるからどうするんだろう。やるのかな？しないか。ちなみにこのカウントダウン0になると、リレイズ貫通の即死が入りますが、最後これは最後クライムハザード入れるためにわざとやらなかったな。とどめはクライムハザードで。はい、タイマーストップです。グッドゲーム。これでね、原作中って言われて、フィーラーをね、倒してしまったので、未来が変わって、これから、何が起こるのかわからない未来へと突き進んでいく。次回へ続くという感じになっていきます。ここの後にね、流れるムービーでね、クライシスコアとかやってる人は、おおってなるようなシーンが実はあったりとかするんですが、まあ、そこは君たちの目で確かめてくれということで。
without stairs added in, and the stairs is roughly 7 minutes. And then は not い。doing the skip is about あ 2. とはまあ、 So なんか we, you 伝 could えること safely か。 say, like, あとはね、ファイナルファンタジーの RTA、このイベント中に、FF6 のね、ハックロムのランダマイザーと、その後にピクセルリマスターの FF2 があるので、ね、ぜひ、FF シリーズ好きな人は、そこも、興味があったら見ていただけると。あと、この、ファイナルファンタジー7リメイクインターグレードのユフィ編ですね。ユフィ編が、気になる方は、この、年明けて、AGDQ でね、ユフィ編走られるみたいなので、そちらを楽しみにしていただければなと思っています。さあ、最後ですが、ソフトロックをさせて終わらせるみたいですね。さあ、どこでソフトロックさせるのかな？ I guess start the timer in 3, 2, 1, let's go. ソフトロックRTA ですか？ Normally I would have just reset at the beginning, but 何するのかな？僕が思ったところじゃなさそうだから気になります。どこまで行くのかな？ So the way this soft lock happens is around every combat area where you're fighting, there's kind of an invisible box to show where the combat area is. ちなみにソフトロックにするやつはビットですね。はい、ビット達成したのでやるみたいです。ここまでは同じ。That allows us to get under the lift and cause some jankiness. Trop facile. Yeah, so here we go. As long as I don't get a weird back input this time, it should be okay. Yep, there it is. All right. So you saw he got there before the elevator went down. いやー、5時間の、解説でしたが、拙ない解説だったと思いますけども、ありがとう。エレベーターに挟まれた。エレベーターが上に行っちゃったので、これは登れませんね。ソフトロックですね。So we got a save load from this. It's a neat little thing that you usually won't see. 積みです。Bye Avalanche, have fun blowing up the reactor. Yeah, but that'll totally happen if you're not paying attention while practicing. It's because when you get down this alleyway, it actually triggers them to spawn on the upper platform instead of on the elevator.So we can get in there quick enough to soft lock. いやー、5時間解説しました。皆さん見ていただいてありがとうございました。救済手段はもうチャプター入り直すしかないでしょうね。I like to say that it's put together by the finest duct tape that we can find. So it's very much like OG, where it's the finest duct tape, along with some complementary zip ties. I'd like to point out. So. 少しでもなんか解説になってたらいいなって感じです。At this winded level. GG's man, you did a good job. Hopefully you guys enjoyed the commentary and 皆さん5時間お疲れ様でした。Really good job explaining stuff. Yeah, if you're interested in this run, please, folks, we would love you to come and join us on the Discord. We've got plenty of people in different categories that would, love to help and teach. The community will share what we know. We don't get people at working out strats and then keeping it to themselves. We always want to improve everybody. There's a great, camaraderie to try and advance everything. So yeah, please come and join us. We'd love to have you. Thanks everybody. Yeah, thank you, RPG Limit Break, for having us. We really appreciate it. Indeed, always enjoying it. 無事、奏者さんも完走できてよかったです。奏者さんのね、配信がなかなか解説しながらの走りをしてくれていたので、ね、まとめるときもすごくわかりやすくてよかったです。いやー。ただ原作中ってフィーラーの言う通りにしてても若干ずれてたんですよね。特にウェッジが死ななかったりとか。なので結局やっててもね、多分何かしらでずれて何かおかしなことが起こってるので、このリメイクの世界線は結局なんかおかしなことになってたんじゃないかな。まあ、これで運命を変える、フ
フィーラーがいなくなったので、この先の未来、もしかしたら、本来、ストーリー上で死ぬかもしれない人が、生き残るかもしれないっていう未来が見えたので、希望が持たれるエンディングになるっていう、原作勢も、にっこりの展開になるかもしれないという、気になる、続きを楽しみにして、僕は、これを待ちにしています。Because why wouldn't you? Waluigi deserves the world. Go ahead. まあ実際ね、バレット刺されたんでね、普通に生き残ったはずの。バレット刺されたけど、フィーラーのおかげで生き返ったっていうのもあったね。フィーラーいなくなったら、あのままバレット死んでますからね。You can use the hashtag Q4GH&H2 and hashtag together for MH, and that is the number 4. Stick around. はい、これで終わりですね。それでは、司会兼、解説の大場が担当させていただきました。ありがとうございました。それでは、これで司会も、変わりますので、引き続き、Questing for Glory, Hope and Healing 2お楽しみください。あと、この後、配信の再起動するので、オフラインになっても少々お待ちください。それでは失礼いたします。